占い師さん起きて。やる気あんの？仕事運を占ってよ。私ノルマを達成できそう？君は眉間の色が黒い、眉毛は細すぎ、口先女並みの大口だから運気がダダ漏れ。私は美人だしお金持ちで完璧な女よ。完璧な女がノルマなんか気にするもんか。仕事運どころか金運にも見放されてる人相だね。縁にでもないこと言うな。二度と私の前に現れないで。ち何様のつもりだよ。僕だって昔は羽振り良かったっつうの。あの程度で切れるなよな。ようくん、ちょっと占ってよ。恋愛運が知りたいんだけど。お断りだよ。どうせ本当のこと言っても嘘言っても信じないだろ。そんなこと言わないで。ちゃんと信じるからさ。早く手相見てってば。いい車にいい男。彼と縁があるかどうか占ってちょうだい。更年期だからって舞い上がりすぎでしょ。いつものキャラはどこ行ったんだ。あんた喧嘩売ってんの？ふざけたことばっか言ってると許さないわよ。占えって言うならお金がいるの。早く払ってよ。あんたの実力でよくお金とか言えるわね。奴はきっとどこかこの周辺にいるはずだ。僕は楊慶華。幼い頃に両親を亡くしずっと貧乏暮らしだ。先祖は腕利きですごく有名な女養師だったらしい。皇帝から可視された偏学は代々受け継がれ楊家の誇りだった。なのに僕の代で単なる占い師に落ちるなんて。悔しいったらありゃしない。いや、ヤオ先生、帰りを待ってたよ。今日は休みだよ。占わないぞ。そうじゃないって。ノートパソコンが壊れたから見てほしくてさ。占いだけじゃ食べていけない。だから副業でパソコン修理を請け負ってる。でも時々部品を買うお金がなくてこっそり近所のゴミ処理場で調達してるんだ。これじゃないな。使いやしない。なんだこれ。こんな遅くに誰かいるのか。どうなってるの？こんなところに陽明師が現れるなんて。お前の運が悪かったのさ。安心して消え去れ。誰だ？ごめんなさい。その興奮してつい叫んじゃった。もしかして映画の撮影？CG もリアルすぎ。あの女が見えるとは少しは能力があるようだな。一体何者だ？僕は楊慶華だ。あんたは孫純義だろ。韓国の俳優も大変だな。何カ国語も喋って。やかましいやつだね。今のは一体なんて妖術なんだ。あれは悪霊の術だ。普通の人間が食らえば魂は砕け散る。さっさとこの場所から離れろ。楊慶華と言ったな。名前は覚えておこう。あんた一体誰なんだ？私は丹木木、陽明師だ。怨霊に汚されたこの世を浄化する除霊師ってことだ。逃げられたか。なるほどね。魔導士ってわけか。どう思おうと構わないが、用がないのならさっさと帰れ。仕事の邪魔だ。偉そうなこと言って。妖怪退治と一緒じゃないか。僕の先祖なんて皇族御用達の女優師だ。これでも一応名門の手なんだぞ。僕だって昔はかっこよかった。両親があんな早く死ななければ。消えるなら挨拶しろよな。僕だってもういい年なのに奥さんも車も家もない。ったく何やってるんだ。今のご時世大事なのは金と家柄、そしてコネときてる。もっと違う人間だったらこんな惨めな思いしなくて済んだのに。もし生まれ変われるなら今度は絶対に今と違う新しい人生を生きる。あれ、やたらイケメンなんですけど肌が白くてツヤツヤの美少年だ。本当に生まれ変わったぞ。タイムスリップしたとでもよく聞けよ、慶華。お前は死んだ。今は霊体として存在する。あんたあの韓流スターもどきの魔導士だろう。冗談はやめてくれよ。僕はさっきまで道を歩いてたんだ。次の瞬間お前はトラックにひかれ二次元化してしまった。
元の体は足りないところもあるが原型はとどめている。確認してみるか。クソ運転手め僕を引き殺しやがって。一体どこに目つけてたんだよ。この恨み絶対に晴らしてやるからな。今日未明またもトラックによる人身事故が発生しました。市内では今年に入り同様の事故が相次ぎ、すでに47件目です。運送会社は積載量の超過で利益を上げ、仮にふざけんな。お前みたいな卑劣な連中のせいで僕の人生は終わったんだぞ。お前なんか人間失格だ。僕の命を返せ。呪ってやる。お前の人間は死ぬといくつかの段階を経る。第一段階は自分が死んだことすらわからない。第二段階は自分が死んだことを受け入れられない。僕がテレビに出てるぞ。生まれて初めてテレビに映ってる。僕ってテレビ映りがいいんだな。第3段階、極度の興奮状態に陥る。やけに早いな。最高の気分だ。でもテレビに映るのも最初で最後なんだな。あ、そうだ。賠償金は死亡事故だからもらえるだろ。お前には身寄りがないんだ。賠償金はおそらく交通事故救済基金に全額寄付されるな。交通事故救済基金ってなんだよ。死んだのは僕なのに他人を助ける。僕の金だってのにそんなの納得できない。物心ついてから今まで大金なんか見たことも触ったこともないのに。でも今までろくなことしてこなかったから大金を寄付するのはいいことだ。生きてる時は人助けしないのに死んだら救世主。一番恐ろしいのは第4段階だ。無限の錯乱状態となる。どうだ、気が済んだか。まだ全然理解できてない。人って死ぬと不気味で恐ろしい顔になるんじゃないの？なんで僕は美肌モードの写真みたいに綺麗な顔なんだ？死んだ後人の霊は人生の中で一番良かった頃の自分や最も印象深い時の自分になる。心の奥で一番大切にしている時代の自分になれるんだ。あ、思い出したぞ。これは中学生の頃の僕だ。一番輝いていた頃、一番楽しかった時の。K か。 K か。父さん、母さん。霊体になっても妄想してるのか。ほっといてくれ。だいたいなんであんたは僕につきまとってんだよ。実はお前に私の英霊になってほしい。英霊だって。普通の人間が死ねばこの世から完全に消え去るが、中には例外もいる。彼らは鏡や水面に自分の陰影を残していて、肉体をなくしても陽の世界と何らかのつながりを持つんだ。しかも生まれつき強い霊力を身につけてる。生前のお前にも陰影が見えたようにな。つまり僕は陰と陽の世界の狭間にいるってことか。そう。だが人は死後7日間しかこの世にとどまれない。このまま消えたくなければ私の英霊となればいい。そして私と契約を結びサポートするんだ。断る。あんたの下でバイトしろってことだろ。僕はずっと人の顔色を伺ってた。死んでからも他人にこき使われる？冗談じゃないよ。僕は死んじまったんだ。もう誰も怖くない。なんだ、助けてくれ。こんなとこから落ちたら死んじゃう。死んじゃうだと？とっくに死んでる。浮いてるぞ。災い転じて福となすって。すごい。僕について飛んできておいで。いいぞ、このまま行くんだ。空の彼方で陽経過と過ごした時間はまだわずかだが、丹木木は自分の世界観が一変する感覚を覚えた。今回の賭けは無謀すぎるのではないかと思うほどに。いつまでそうやって壁に向かってるつもりだ。落ち込んでてもどうにもならないだろ。落ち込んでるんじゃない。チャンスを待ってるのさ。チャンス？生まれ変わるんだよ。復活する方法を思いついたんだ。この私でさえ復活させられるかわからないのにどうする気だ？簡単なことさ。生き物には帰巣本能ってのがあるじゃないか。僕だって元いた世界に戻れるかもしれない。そのうち妊婦さんが子供を産めば生まれ変わる絶好のチャンスってこと。おいよせ、話せってば。僕は生まれ変わるんだから邪魔すんな。
いいか、話をよく聞け。お前はこの状態でずっといられるわけじゃないんだ。7日でこの世から消える。そのリミットを過ぎてなおとどまろうとする霊は悪霊となる。そうなったら成敗するぞ。聞こえない。何にも聞こえない。もっと大きな声で言ってくれよな。ふん、こんないい子の僕が悪霊になるだって。ビビらせてバイトさせようって魂胆だな。そうはいくか。こいつは驚いた。霊が霊を怖がるとはな。陽明師、この前は随分いじめてくれたじゃないの。あれ、キュートな女の子じゃん。びっくりしちゃったよ。お兄さんがキャンディーあげるね。それともバナナの方がいいかな。ドリアンもあるよ。ほらほら、さあお口を開けて。あーん。えなんて威力だ。あまりの声のでかさに吹き飛ばされたぞ。あの子ってこの前ゴミ処理場にいた子だよな。あの時より力が増してるぞ。あの韓流スターもどきで大丈夫なのか。陽明師、お前の霊力をおとなしく私によこせ。瀕死の重病人の気を吸うお前にこの私を倒せるとでも。へえ、そいつはどうかな。しつこいやつだ。消えろ。まず先に可愛いお仲間の心配でもしたらどうだ。なんだこれ、どっか行け、離せったら。もしや悪霊にするつもりか。まずいな、攻撃に集中できない。おい魔導士、見ろよ、取りつかれちまうぞ。早く本気を出せってば。陽明師ともあろうものが霊ごときで手も足も出ないとはどう転がるか見ものだな。話してくれ、僕を一体どこへ連れてくんだ。やはり攻撃できないようだな。お前が本気を出したら私たちに勝ち目はない。だがあの男はもはや私の意のまま。返して欲しければお前の霊力をよこせ。明日になればあの男は悪霊になる。そしてお前が自らの手で葬ることになるのだ。では心が決まったら裏山に来い。いってて、一体どうなってんだこれ。あの男が陽明師の選んだ英霊か。見た目は大したことなさそうだぞ。皆さんどうもこんばんは。夕食がまだなら僕がご馳走しますよ。よさないか。こいつは私たちの大事な客人だよ。陽明師の霊力を得るために奴をおびき出す大切な餌だ。君たちが言う陽明師って一体何のことだい。あいつは韓流スターもどきの魔導士だろ。魔導士だって除霊師には昔から山ほど流派がある。全ての流派のトップにあたる陽明師の称号を持つ者は他でもない丹木家の者だけ。そしてあの男はね、丹木家の家元丹木木。奴の体には無限の霊力が秘められていて、その力を手に入れればこの世で無敵となり生まれ変われるかもしれないのだ。マジでそれってまるで不老不死の薬じゃないか。僕もあやかりたいな。貴重な情報ありがとう。同じ例として僕も微力ながら君たちに協力するよ。あいつはまだ僕のことを警戒してないから僕がここに連れてくる。攻撃の準備をよろしく。あいつの霊力をいただいて生まれ変わるぞ。行ってきます。あのままあいつを行かせていいのか。まあ黙って見てなって。我ながら完璧な演技だったぞ。うまく騙せた。おいお前、どうやって逃げ出した。僕ちゃんって頭がいいし逃げ足が速いからね。簡単に騙される奴らじゃない。それにこうしてる間にもお前は悪霊へと変化してる。今お前を救えるのはこの指輪だけ。指輪か。サレーリングだ。これをはめて私と契約を結べば私の英霊となる。どうやってもバイトさせる気だな。お見通しだ。そうか。
だったらお前がこのまま悪霊になるのを見届けてこの世から抹殺してやるとしよう。バカめ、丹木家の家元もこの程度か。やすやすと情にほだされて利用されるとは。陽明士は霊力を英霊に渡すことができるらしいな。しかも一度契約を結んだら取り消すことはできない。取り消せば双方が消えてしまう。つまりこのサレーリングをはめれば陽明士の家元の力は私のものになる。もうちょっとだったのに。そんな芝居で騙せると思ったが、あいつの性格からしてそう簡単に私と契約を結ぶわけがない。指輪をはめた時のリスクを聞くはずだ。どうやら無駄な力を使ったようだ。やはり力ずくで奪うか。お前たちごときに私も甘く見られたものだ。お前の霊力を手に入れたくて、この山の悪霊たちはみんなにうずうずしてるんだよ。それにこっちにはね、人質だっているんだ。僕は悪霊になったって構わない。お前らに利用されるくらいなら死んだ方がマシだ。みんな何してるの？やっておしまい。やっぱり強い。所詮相手は一人。でもは陽明士といえども、今日はこの山から逃がしはしない。受け取れ。これって指輪か。あんたと結婚しろってのは。指にはめろ。私の英霊になれ。まだ契約書だって見てないんだぞ。一生英霊としてこき使われたら損するだけじゃないか。確かにその通りだな。ひとたび英霊として契約を交わせば一生取り消せない。だがこの世に残れる唯一の方法だぞ。いつの間にこれほどの悪霊が。お前の鼻向けにしてやったのだ。タモ君、風に吹き飛ばされそうなほど貧弱な霊に心配されるとはな。それほど契約したくないなら好きにするがいい。この山にはびこる悪霊どももお前もまとめて成敗するまでだ。放棄にしないでよ。待って、指輪をはめてみる。この子に及んで笑わせるな。これが陽明士の持つ本物の霊力なのか。私が悪いんじゃない。みんなあいつらのせいだ。今さら許しを請うても遅い。堕落の道を選んだお前はもう戻れない。私は悪くない。間違ってないわ。全部この社会が悪いの。世の中のせいよ。まだ私この世にいたい。わあ、元気100倍になった気分だぞ。これが伝説の霊力ってやつかな。お前の満たされぬ願望は私が受け止めよう。お前の代わりに世の中を見届けてやる。安心して消され。これが陽明士の浄化作業？まるで処刑みたいだな。とっくに死んでるさ。無理にとどまれば陰と陽のバランスが崩れる。でもまだ子供だぞ。やり直すチャンスをあげたっていいのに。こっちへ来い。真の姿を見せてやる。今のは何だ。まさか彼女が殺しを。生前の彼女は殺人鬼だ。お前がさっき見たのは一番純粋だった頃の姿だ。殺人鬼になった原因を探る気はない。どんな事情があろうと殺人行為は許されない。聞いているのか。今後仕事をする上で重要なポイントだぞ。考えてたんだ。あんたはさっき僕が契約を結ぶように仕向けただろ。もしもし。あ、わかった。おい、ちょっと電話でごまかすな。出かけるぞ。お前と組む最初の仕事だ。は、どんな？空港に行く。
すみませんが帽子とメガネを取ってください。あら、ごめんなさい。これでいいかしら。韓流スターよ。なんでわかるの？前髪の長さよ、間違いないわ。待ってよ韓流スターさん、かっこつけだけかと思ったら歩くのも早いんだな。そんな急いで誰の出迎え？有名人の出待ちか？私でも手に負えないやつの出迎えだ。有名人の手に負えないなんてどんだけ獰猛なんだよ。はーい。久しぶり、丹木さん。おお、嘘だろ。蝶がつくほどの美人じゃないか。全然獰猛じゃない。飛行機が遅れたの。ごめんなさい。こんな夜遅くにお迎えをお願いして。勘違いするな。次のフライトのチケットを取ってある。出迎えじゃなく見送りだ。ジョークだとしても寒すぎないか？完全に空気が固まってる。これじゃまるでお通夜だ。行くぞ。車を回してやる。ジョークだってこと分かってたわ。嘘つけ、さっき泣きそうな顔してたくせに。丹木さん、待って。てかこの女は誰なんだ？私のフィアンセだ。いやいや、そのジョークも寒いだろう。こいつは表情一つ変えずに話をするから冗談か本気か全くわからない。わざわざ夜遅くに迎えに来たってことは大切な人ってことだよな。あ、こんばんは。はじめまして。私はシンシオよ。僕のことが見えるの？空港で会った時から見えてたわ。丹木さんはあなたを英霊にしたのね。いや、したんじゃなくてこいつが頼むって泣きついてきたんだ。仕方なく引き受けた。僕は陽慶華だ。嬉しいわ。あなたは彼の英霊、私はフィアンセだから、これからは兄弟も同然ってこと。仲良くしてね。嘘だろ、マジでフィアンセなのか？明るくて感じもいいし、おまけにナイスバディ。どっからどう見ても完全に僕の理想のタイプだ。なんでこんないい女が石像みたいに不愛想な男に惚れるんだ。もったいなさすぎる。気をつけて。シートベルトをしろ。おい、わざとだろ。例にシートベルトなんて無駄じゃないか。お前は交通ルールを知らないから事故に遭ったんだ。二人とも仲がいいのね。冗談じゃない。仲がいいのは君たちの方だろ。丹木さん、今夜もいつものホテルに泊まるわ。ホテルに？婚約してるってのに家には泊まらないの？なんで変な空気になるの？着いたぞ。わざわざありがとう。部屋まで送ってくれないの？ごめんなさい。調子に乗りすぎたわね。お前ってやつは何考えてんだよ。他に女がいるのか？フィアンセに冷たいぞ。ケイカ君、会えて嬉しかったわ。おやすみなさい。バイバイ。韓流スターさん、何が不満だ？彼女を送ってやれよ。もしもし。今送った。そうか、分かった。後で知らせる。用があるから切るぞ。伝えてこい。明日は丹木家で食事だ。はあ？彼女の関係会だ。やだね。なんで僕が伝えるの？あんたが自分で行けばいいだろ。さっさと行け。契約していきなりパシリはないだろ。僕はあんたのサポート役だ。雑用係じゃないぞ。夜中に茂みに行くなんてエッチっぽいな。言ってもしょうがないけどムカつく。こっちは霊だし女性にも触れない。このまま堂々と部屋に入ってもいいけど、あんな姿やこんな姿を見ちゃったらどうしよう。霊になっても理性は必要か。女神さん、陽慶華です。入りますよ。女神さん、あれ、いないのか。なんだ、ここにいたのか。女神さん、丹木木が明日食事に来いってさ。なんだって？女神じゃないぞ。陽慶か。てめえは私を遅らせた。
お前誰だ。優しくて清楚なリミはどこに行ったの。この姿を見られたからには生かしておけないわ。え？うわー、やばいやばいやばい。チーム戦だったのに3連ともやられちゃったわ。やだ、大事なとこだったのに。サポートのくせにどこに目つけてんだ。席を離れるなんて呪い殺してやる。これ君へのコメントだ。ざけんな。私いつもはソロよ。あんたたちが強引にサポートをやらせたんでしょ。呪文だって揃ってないのに、このアホンダラ。ムカつく。今のとこ2勝2敗だからここが山場なのに。あれ、君もソロなの。僕もだよ。あなたレベルは？アイオニアの最強王者だ。は？服部かましすぎでしょ。そうそう、その調子。タワーの下でスキルを使って旋回するんだ。3年かかってやっとプラチナに昇格よ。なんともしつこい悪霊だな。まずい。おびき出されたってことか。どうぞ。ありがとう。でもなんで丹木と一緒にいるときは別人みたいにおとなしいの？当然でしょ。こんな姿をもし彼に見られたら嫌われるじゃない。でも君はフィアンセなんだし、いつかは一緒に暮らすんだろ。紙切れの契約に意味ある？彼は一向にサインしないし、私への態度だって見たでしょ。まあ彼がずっとあの調子でも私は満足。マジか。ずっと片思いなんて切なすぎる。そんな哀れみの目で見ないでよ。もっと悲惨なのは丹木木の方だわ。人生も結婚も名門に生まれたものの定め、選択肢はないの。でも私は名門の家に生まれてラッキーね。でなきゃ彼のフィアンセにはなれなかった。ずいぶんぞっこんだな。あいつのどこがいいんだよ。顔面偏差値の高さよ。顔だけで選んだのか。何よ、文句ある？いいことよ、ケイカ。顔面偏差値は最大の生産力なのよ。あの有名なジョブズも早くからこのことを提唱してた。彼はお互いに顔の見える通話アプリを発表したわ。つまり今は顔の時代っていうことね。男が顔を売りにする新たな風潮が生まれ、何百年も続く男尊女卑という封建的な概念が破られた。私が彼に惹かれたのは時代の流れに乗った必然。白馬の王子様を仰ぎ生命の繁殖を促すの。私の使命は彼のために服を脱ぎ、こいつ単に奴の痛いファンなのか。なんか少し丹木木に登場してきたぞ。顔面偏差値は将来の GDP を引き上げるの。消費を促し経済を発展させるってわけね。イケメンに貢ぐことは自分の愛を捧げることと同じよ。つまりそう、かっこいいから愛するってこと。そこまでプライドを捨てる？プライドなんてのは本気で誰かを愛したら消えてなくなるものよ。わかった僕ちゃん。そうだ、それともう一つ、あなた女も知らないでしょ。恋愛経験もないんじゃない？ごめんごめん。じゃあさっきの話は理解できないわよね。やだ、今のお説教でちびったの？ちびってなんかないぞ。女だ。これってまずい、悪霊だ。すぐ逃げろ。要警か、ここを開けろ。助かった。丹木が来た。やめて、開けちゃダメ。すっぴんなんだから。要警か、声は聞こえてるぞ。早く開けるんだ。話せ。そんなことで死んでもいいのか。こんな姿を見られるくらいなら死んだ方が絶対マシよ。でしょ？誰もいない。どこへ行った？誰だ？なぜついてくる？なんでもありません。単なる偶然です。私の名前は。お坊ちゃま、上着を着てください。風邪をひいてしまったら私たちの責任になってしまうんです。
いつだってあなたは私にとって手の届かない存在だったわ。私たちの運命は最初から決まってた。いつも主役は彼。そして私は名もなき観客の一人に過ぎない。あの子が丹目貴様だ。おい来たぞ。あの子か選ばれたってのは。なあ婚約者があんな子で大丈夫かね。はじめまして。私はシンシオ。あなたのフィアンセです。結婚できるなんて運あの子両名詞を延命させる特殊な体質の持ち主だから丹目家に入れるんですって。そうか。どうして後ろ姿しか見せてくれないの。丹目貴様。丹目、おい丹目、おい紳士よ、ぼーっとしてんじゃねえ。どうなってんだよ。ここは資料の結界。資料の空間に閉じ込められた。なんだって。じゃあ丹目はさっきまで外にいただろ。助けてくれ丹目。おい丹目。近くにいるはず。おい白豚野郎、一体なんで僕をこんな目に遭わすんだよ。よくも騙してくれたな。何が陽明詞だよ、何が契約だ。畜生。ちょっとあなたも除霊の術を持ってるんでしょ。早く解決して。解決しろ。僕は探偵じゃない。解決なんかできるか。お札は頼まれて書いてるだけだ。僕の書いたお札ぐらいで追い払えるわけないだろ。単なるイカサマしね。こんな人と契約したなんて。騙されたのはこっちだ。何が英霊だよ。まともな武器もない。もらったのはくたびれた指輪だけ。ちょっとどいて。資料に取りつかれたらおしまいよ。殺せ。この英霊を殺すんだ。そんなことしたらあの人に怒られる。見ろこいつらの仲の良さを。お前はこんな風にあの男と話したことがあるか。やめて。私は彼のフィアンセよ。だが丹目貴にとって大事なのは誰か。お前にも分かってるはず。いや、そんなことない。私はずっと頑張ってきたわ。丹目家にふさわしい女性になるために、彼のために必死で努力してきたの。絶対に振り向いてくれるはず。あいつがお前の努力を見たことがあるか。あの丹目が陽経過を迎えたのはな、お前より大事な存在だからだ。どけよ消え去れ悪霊退散。あれ、悪霊どもがこの指輪に怯えてるぞ。こいつも役に立つんだな。おい紳士よ、指輪の使い方わかるか。出られるかもしれないぞ。彼は私のもの。なぜ私から彼を奪ったの。おい、取りつかれたのか。やめろ。返して。彼を返してよ。返して。ごめんね、陽経過。あなたが彼の英霊でいる限り、私はずっと日陰の彼の後ろ姿を見てるしかないの。どうしてもう死んでるのになんでまだ息苦しいんだ。ここは水の中か。息ができない。体が沈んでく。このまま消えちまうのか。ここどこ。夢か。紳士よ。あんな小娘、陽明師と釣り合うはずがない。真の一族でなきゃ選ばれるもんか。こっちまで恥をかいちまうな。紳士よ、ずっと苦しんでたんだな。遅かったか。彼女は悪霊に支配された。やい
いケタムの目、お前はどれだけ紳士王を傷つけたんだ。僕が彼女を助ける。おい落ち着け。サレーリングと私の霊力で悪霊はお前に手出しできない。だから人間の手を借りるしかないんだ。お前は悪霊の手に落ちかけていた。そして秦使用は悪霊に支配されてる。心の闇を引き出されたんだ。余計か死ぬがいい。うわっ英霊を殺して力を飲み込む。お前と会ってから災難ばっかりだ。陽明師だろ、技を使えよ。それができれば英霊など不要だ。生きてる人間に陽明師が力を使うことはできない。なんだよ、今日が初仕事なんだぞ。まだ何もわからないのに。お前得意な武器は？あ、ネットゲームじゃ名剣士だ。女性向けのナイフが似合うな。女剣士、剣豪、魔界ロドース、剣なら何でも。よし、手を出せ。ハグすんの？右手だけだ。紳士の様子がさらに。悪霊にどんどん飲み込まれて残りの意識も消されそうだ。暴走し始めた。時間がない。剣をイメージしろ。ああ、今この状況で集中しろってのか。お前の本能を使ってサレーリングがふさわしい剣を作り出す。この指輪が。これは何もないところから剣が出てきたぞ。やはりお前は宝剣があればお前らなんかちょろいぜ。油断するな。この部屋には彼女と悪霊、飛線が2つある。間違ったら彼女の堕落が加速するぞ。ガキの頃からゲームセンターで鍛えたベテランプレイヤーだぞ。こんなレベル速攻でクリアだぜ。上、下、そこで左、次は右。畜生、違う、本物は後ろだぞ。どう切ればいいんだよ。ベテランだろ、真面目にやれ。覚えてるんだぞ。なんだよ、いちいちうざいんだよ。やれるならやってよ。うるさいな。早い。全部完璧にブロックしてる。なんで震えてるんだ。こいつの圧倒的な力の前に英霊になった僕も恐怖に飲み込まれてるっていうのか。くそ、僕をなめんなよ。大丈夫か、紳士よ。なぜ簡単に悪霊に飲み込まれた？心の闇が多い者は単目家には入れないぞ。それは僕が風呂を覗いたからだな。壁をすり抜けられるんだから裸ぐらい見とかなきゃ損だろ。悪霊にその動揺を利用されたんだ。僕も女に罵倒される快感を味わえたから損はしてない。クズ野郎、恥を知れ。なんだよ、今頃気づいたのか。じゃあクビにしろ。僕を英霊にするな。無駄話はいい。ほら行くぞ。紳士よ、自分のプライドを捨てても愛を貫きたいんだな。その気持ちはよくわかる。あの時の僕が味わった息苦しさは溢れてた君の感情なんだろう。よう経過、何してる？女神と朝を迎える気か？ああ、今行く。紳士よ、君も来るんだ。外にいては危ないからな。あなたの家に行っていいの？もちろんだよ。早く準備して。先に下で待ってる。じゃあお言葉に甘えてお邪魔するわね。なんとか日記ってアプリみたい。着替え早っ。あのさ、一つ聞きたいんだけど、あんたの能力なら僕らが結界に閉じ込められてるってもっと早く分かったはずだろ。あの悪霊はうまく気配を消してた。お、隣の部屋空き巣か？
誰だよ、勝手にドアを外しやがってまったく。直す身にもなれ。陰鉄様、あの男が英霊を連れて戻りました。陽明師の英霊か。そいつは早く会いたいものだな。なんだ丹木、方向音痴だな。2時間で着くはずが1日車の中だ。完全に迷ったじゃんか。おい、一体どこに連れてくつもりだ？都会に家が買えないからってこんなところに住んでんだろ、偽金持ちめ。口を閉じろ。これ以上喋ると張り倒す。例になって脳みそも薄くなったんじゃないの？この辺りはもう檀木家の敷地だからね。この山は全部彼の家の私有地なの。嘘だろ。これって世界遺産レベルじゃないか。ご当主様のお帰りだぞ。キー様と一緒にいるのは霊体じゃない？本当？それじゃあ英霊と契約したってこと？ねえ聞いた？キー様がさっき彼氏連れで戻ったんですって。ほらほら行きましょう。お迎えしないと。同業者なのに僕の暮らしとは雲泥の差だ。まるで5つ星ホテルじゃないか。こんなとこにいたら一年中浮かれちゃいそうだ。お帰りなさいませ、お坊ちゃま。長旅でお疲れでしょう。お菓子をご用意しています。少しお休みください。準備は整っています。おかえりなさい。くそ、しかも可愛い子ちゃんだらけのハーレム状態。ずいぶん痩せましたね。ずっとお待ちしてました。どうぞお菓子をお召し上がりください。まずはお茶ですよ。いえ、お菓子を。なるほど、家中大騒ぎしてるわけだ。ご主人様のお戻りってことか。お、誰だ？ちょっと様子を見に来ただけさ。外で事故にあったり苦労とかしてないか心配でね。考えすぎだ。リツ、なんて格好だ。裸で家元と話すとはけしからん。悪かったな。慌ててたんだよ。ご当主様が初めて契約した英霊を早く見たくてさ。とぼけんな。どうせみんなも本当は見に来たんだろ。つまり陽明師様の動きを誰もが気にしてる。万が一また悲劇でも起こったら大変だからな。やめないか。一筋止めなくていいわ。彼の思いを全て吐き出してもらいましょう。ぜひ聞いてみたいわ。檀木家がどんな騒動を起こしたらこれほど深い恨みを買ってしまうかをね。ジュン様、檀木木のいとこよ。表向きは妹だけどその間柄は微妙。二人の立場は近くて遠い複雑な関係なの。なぜ黙ってるの？ここは今俺にとって完全アウェイだからな。神様は何もかも見てる。今までの貸しはいつか返してもらうさ。俺は風呂にご当主様帰宅の宴が盛大に開かれるんだろ。もういいわ。これじゃせっかくの歓迎ムードが台無し。檀木寺雲よ。それと長男の檀木寺明。家元の英霊とは初対面ね。当主が見込んだならきっと有能なはず。文句があるならはっきりと言え。この家の主に対して別に文句なんかないわ。寺明様、慈雲様、大奥様がお呼びです。では皆さんあちらへ参りましょう。しよう、お父様はお元気？おかげさまで元気です。おばあ様のこととても心配してました。私は元気よ。安心してと伝えて。そういえば木の英霊は人見知りのようなのできっと。おばあ様、お連れてきました。あ、え？ちょっと待って、ふざけんな。僕そっちのけで自分だけ先に食ってんじゃねえよ。おばあ様、彼はまだ幼稚なのを多めに見てください。いやおばあ様、僕はその陽慶かと言います。こりゃなんだか気まずいぞ。よかったわ。この日を待ちわびたのよ。なんで泣いてんだ？
丹木家の宗主にようやく英霊がでやだ、おき坊様た。どうされたんです？なんでもないわ。とっても嬉しくて、あの子はね、早くに両親を亡くしたからいつも一人ぼっちだったの。待ってね、おかしな展開になってるぞ。孫のことをお願いするわね。これであの子の両親も安心だわ。遠慮しないで、ここを自分の家だと思って。この腹立たしい。勘違いしてません。フィアンセは後ろの彼女ですよ。間違えてないわよ。あれこれ日取りを選ぶよりすぐに二人の式を挙げてしまいましょう。寝室用に離れを立てるなんてどんだけ贅沢。いちいち驚かないで。いくら世間知らずだからってこれぐらいで。クソ、なんであいつの人生ばっかり恵まれてんだ。当然でしょ。丹木家の家元は普通とは違う。ほらよく見て、この精霊山は四方から霊気が集まるの。ここに祭壇を設けて気を調和して陰と陽の均衡を保つ。そして私の夫丹木木がこの祭壇の頂点に立つの。神に最も近い人間よ。霊を成敗するだけだろ。所有地が広いくらいで今これ以上失礼なこと言うとあんたを悪霊の餌にしてやるわよ。あまり脅すな。私のそばにいるんだ。わかったわ。私のこと守ってね。あの変わり身の速さは天下一だな。やってられないよ。よう経過、私の部屋に来い。は？添い寝でもさせるつもりかな。はあ、ベッドには入れてもらえないのか。いやいや、何考えてる。でもなんで僕が床なんだ。おい丹木、僕にも布団くれよ。死んだ人間は寝る必要ない。おお、そりゃ一理あるな。でもあんたが寝てる間何すればいい？退屈だろ。一晩中寝顔を見てろってのか。そりゃないよ。用があるときは呼びつけて、用が済んだらお払い箱か。ちょっとは僕の身にもなり。出て行け。60メートル以内ならどこに行ってもいい。陽明師の英霊。ざけんな。距離なんか制限するなよ。60メートル以内ってことはこの屋敷から出られないじゃないか。暇すぎるよ。暇すぎるって。でも不思議だよな。この2日でいろんなことが起きたのに全然実感が湧かない。いきなり英霊になって陽明師や丹木家のこともわからないと来てる。これからどうすりゃいい？本当に英霊として生きるのか。これが僕のこの世にいる意味なのか。なんだ、陽明師の英霊ってどんなにすごいかと思ったのに案外期待外れね。くそ、誰だ偉そうなこと言いやがって。なるほど、距離の制限か。丹木木はお前を随分と気にかけてるな。道理でこれだけ近づかないと感じ取れないほど霊力が弱いわけだ。こいつやばいやつだ。逃げても無駄だぞ。お前は抜け出せない。お前のご主人様がまるで飼い犬のように自分のそばに置くわけだな。あんた誰だ？それはどうでもいい。もうお前への興味は消え失せた。おいカウ。はい、陰鉄様。始末しろ。ちょっと、あんた陽明師の英霊だろ。いくら弱いとはいえもう少し根性ないの？さっさと消えたら。見た目で判断するなよな。無駄死にして仲間を危険にさらすタイプじゃない。クソ丹木め、術を使って僕を閉じ込めるなんてどういうことだ。ふん、腰抜けめ。どうせあんた女も知らないんでしょ。本当の男はどういうものか教えてあげる。近づくな。僕にもポリシーがある。小さい子供に手をあげないってね。例のくせにポリシーなんて笑わせるわね。そうだ、例の本当の姿は見た目と違うんだった。幼く見えても実はおばちゃんなんだろう。子育てパンチ養育権。
年の子を甘く見るんじゃないよ。わかった？丹木木が見つけてきたのはお笑い芸人だったか。汚い手を使いやがって。女を知らずに霊になった僕の大事なとこをダメにする気か。負け犬の遠吠え、見てるだけでこっちまで痛くなってくる。この痛みが女のお前に分かるもんか。一体何者だ。なんで僕を狙った。陰鉄様はあんたに興味ないそうだから、妖魔の王って教えなくていいわね。もういいか。言っても無駄だ。こいつは飼い主に閉じ込められた犬だ。何の信頼も得ていない。この哀れな犬をさっさと始末しろ。妖魔の王だってそりゃよかった。自分の本業が妖怪退治だってことを忘れてたよ。妖家に代々受け継がれてきた奥義を見るがいい。あんたのチャチな術なんてどうせ野良猫退治くらいしかできないでしょ。イカズチは大地の火を囲み、塔はあやかしを鎮めよう。今日運は我に味方する。ネズミは猫と鉢合わせ、盗っ人はその場で捕まる。我が妖一族はお前らの天敵なんだ。ようやく本気を出したようだな。丹木木よ、君が選んだ英霊がどれだけ強いか見せてもらうぞ。天よ、我に力を与え我を助けよ。ふん、ずいぶん諦めが悪いわね。我に力を与え我を助けよ。悪霊退散。はあ、助けて。霊霊が危ない。妖怪が忍び込んできてるぞ。誰か助けて。早く誰か。おーい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 。陰鉄様、こいつの技は一体。あいつは多分助けを呼んでるだけだ。なあ、ご当主様の英霊を見たか。いや、そういえばまだ見てない。おい、上を見ろ。僕はここだ。叫んだって無駄だ。これだけ大きな丹木家を自由に出入りするためには妖術でも使わないと結界をくぐり抜けることすらできない。明日理由をつけてちょっとお部屋に行ってみようか。きっと才能のある美少年なんだろうな。おい、あそこなんだ、猿か。裏山の猿が庭に紛れ込んだようだ。ほら行くぞ、うるさい猿だ。誰が猿だよ。僕が英霊だ。おい、戻ってこい。ちょっと。陰鉄様、あいつ本物の間抜けですね。いくら焚きつけても意味がありません。丹木木が見込んだ霊だぞ。あまり気を抜かない方がいい。陰鉄様は丹木木を意識しすぎです。その辺の適当な霊と契約して体裁を整えたんでしょう。誰が適当な霊だ。消え失せろ。いつの間に。やはり一筋縄ではいかないようだ。さっきのふざけた態度も私たちの目を欺くためだったのか。おのれ、こんな小僧にはめられるとは。もう容赦しないんだからね。この霊気剣でお前をズタズタにしてやる。武器を出せ。いざ勝負だ。ハララパワー変身。なんだ、一瞬で美少女になったぞ。年を重ねた姿になるほど使える容器が増えるの。さっきは小学生モード、ここからは本気モードでぶつかるからね。こっちの武器はこれ。真剣勝負よ。当主様、どうしました。誰だ。なあ、夜分すみません。やっと目が覚めましたか。何の用です。大したことはありませんが、使用人の話だと庭に裏山の猿が入ったようです。お休みの邪魔をするかもしれないので報告に。猿が入った。裏山はエカシが集う地。いつから猿がそこに。明日裏山を調査させましょう。ご安心を。分かった。地面さんも気をつけて。気遣いありがとう。では。
まだ戦闘に慣れてないよね。剣さばきも掃除してるみたい。陽明師様が見込んだなんて。もうやめとけ。お前が丹木期の英霊になりたがってたのは知ってる。この男に先を越されたのが尺に触るんだろ。どうしてこんなに圧迫感が強いんだ。まるで見下ろされてるようだ。しかも人間の霊気と残虐な妖気が混じって。おいお前、私の名は千年陽子。古くからいる霊なら全員知ってる。私はかつて陽明師の英霊だった。今の私はこの裏山の主だ。かっこつけてんじゃねえ。おいや、ちっとも怖がらないとはやはり根性があるな。お前がちょっと気に入ったよ。なんならこのままお前をいただくとするか。まだまだ弱いが陽明師から授かった霊力があるようだ。我慢してかぶりつくかな。やめろ。ようやく現れたようだな、丹木期。キーちゃん。夜中に人の家の屋根で騒ぐとは安眠を妨げるな。陽明師様のお休みを邪魔してすみません。新入りの英霊に挨拶しようとしただけです。そして身代わりとなる新たな霊をご主人様が見つけたお祝いを。その呼び方はよせ。今からお前が自ら消えるか、それとも私がお前を消そう。キーちゃん、陰鉄様に手を出すならまず私を倒してからよ。どけ。さっさと裏山へ失せるがいい。どうして体の震えが止まらない。へへへ、僕をやっつけるって言ったのは誰だ。来いよ、ビビってんのか。僕を殴れよ。ほらほら。陽慶か、お前もだ。ちょっとどういうこと。ウッキー、下がれと言ったんだ。急げ。あの二人は戦ったりしないよな。もし戦ったとしてもあいつならきっと大丈夫だ。猿を2匹入れたから何らかの動きはあるはず。全部地面兄さんのおかげね。この家のため当然のことかと。あとはあの2人が問題を起こすのを見てるだけでいい。久しぶりだな。こんな気まずい再会になるとは思わなかったよ。あの男に手を出すんじゃない。はいはい、分かったよ。君と喧嘩しに来たわけじゃない。丹木家の人間に騒がれたら厄介だ。それよりな、夜は冷えるぞ。こんな薄着で寒くないか。人間の体なんてのは脆いもんだからな。君は誰よりも分かってるはずだなあ、キーちゃん。おいおい、そんなにムキになるなよ。英霊と一緒になったらつまらん男になったな。私たちのことに関わるな。彼に手を出すなと手下に伝えろ。君たちの関係は面白いな。本来英霊は陽明師を守る存在。それなのに今は君が彼を守ってるようだ。あんな足手まといの英霊、君が司祭になるとき困るだろう。私のように強い方がいいんじゃないか。英霊の力など必要ない。陽慶家のことも君は知らなくていい。さっさと失せろ。二度と来るな。丹木期、もし君にふさわしい力を持つ英霊を探す気になったらいつでも私のもとへ来い。おい陽明師、忘れちゃいないか。この山と丹木家は全て、君も含めて全部私のものだ。これが君たち陽明師の運命だ。逃れることはできない。まだ戻ってこない。前任者の英霊かなり強いんだろうな。それなのに僕は帰ってきた。おい、勝ったのかよ。聞いてどうする。私が負けたら代わりに戦うのか。この一晩であんたの親戚や千年陽子にも会った。あんたの周りはなんだか複雑だな。彼らの目にどう映っていようと
彼らは私に頼ってる。私がいないとこの家は終わる。弱い者は強い者がいないと生きられない。それが世の常だ。おい丹木、うぬぼれるなよ。あんたがいなくてもこの世界は変わらない。一体何なんだよその態度は。丹木、確かにあんたは強いけど言ってただろ、霊に力を狙われてるって。僕ならあんたの霊力を全て奪う。そしたらあんたは忘れるな、僕だってあいつらの一員なんだ。塩 8g、 砂糖6さじ、お酢1カップにごま油、ガーリックパウダーをたっぷりかけてできた。完璧じゃない。愛情たっぷりの朝食よ。これなら塩様が作ってたのは毒？爆弾？あれじゃキー様も冷たくするわよね。迷惑すぎる。はあ、親の決めた結婚って残酷ね。丹木木、あんたの霊力をいただく。そうすれば僕はライフが回復して蘇生できるはずだ。賠償金を取り戻し株で稼ぎまくる。そして愛する人と一生幸せに暮らすんだ。その前に私を倒すんだな。そんな風に舐めてると痛い目に遭うぞ。だったら私の手から逃れてみろ。逃れられたら私の霊力を全てやる。上等だな、後悔するなよ。くそ、ちっとも力が入らないじゃないか。逆に力を奪われてくようだ。思い出したぞ、こいつの手には除霊パワーがあったんだ。くそ、やめろ、汚いぞ。完璧なあんたでも弱点はあるはずだ。教えたところで何ができる？教える度胸もないくせに、ずっと温室育ちのあんたが自分を危険にさらすはずがないじゃないか。なあ、そうだろお坊ちゃまさん。レベルの低い挑発は幼稚さを露呈するだけだ。だが本当に知りたいなら一つだけ教えてやる。英霊の契約を結んだ時を覚えてるか？二人の魂がリンクして互いの秘密を共有した。生年月日もだ。陽明師は生まれた日と時間を極秘にしてる。もし知られたらそれを使って苦しめられるだろう。僕を信頼して？いや違う、信じてないからこそ教えたんだ。我々は魂がリンクしている。私が死ねばお前も一緒に消える。おい丹木、お前卑怯だぞ。僕をからかってるつもりなのか？忘れるな、お前が誰かに生年月日を漏らせば私たちは終わりだ。お前、おはよう。愛情たっぷりの朝食よ。違うんだ、誤解しないでくれ。落ち着けて、優しくて清楚なレディーだろ。フィアンセが襲われてんのに猫かぶってられるか。殺してやる。落ち着けってね。僕はもう死んでんだ。無駄なことはやめろ。あの日僕らは巨人たちに支配される恐怖を味わったんだ。ようケイカ、この恥知らず消え失せよ。あれはなんだ？スーパーマンか？紳士よ、おめえ覚えとけよ。丹木さん、危なかったわね。私が来なければ何されてたことか。それは考えすぎだ。あいつに何ができる？もういい、少し眠りたい。出て行ってくれ。もし疲れてるなら私が何か。
必要ない。一人にしてくれないか。わかった。おや、よう経過様、大丈夫ですか？大丈夫。空を飛んでみたんだ。見て、この体勢すごいだろ。まるでハリウッド映画のアクロバットみたいじゃない？そうだったのですね。家元の部屋が賑やかでしたので、何者かが押しかけたのかと。僕がついてるんだよ。誰か来たって大丈夫さ。あれ、ねえ、手に何を持ってるの？これは丹木家に伝わる宝剣です。普段は厳重に保管しておりますが、ちぎりの儀では家元がお使いになるので前日に取り出すのです。今から祭壇に運ぶところでした。へえ、代々伝わる宝剣。確かにそれっぽい。数百年前、ある匠が丹木家に献上したものです。初代陽明師丹木落月様のお名前を取り、落月剣と名付けられました。陽明師は代々この剣で悪霊を退治し、世の中の秩序を守っています。古より陽明師一人の力でこの世の吉凶を背負ってきたのですが、今の陽明師は疫病神なんだ。何しに来た？休養とかで大奥様がお呼びだぞ。剣は俺が代わりに持っていく。陽様、息子の使徒律です。礼儀知らずなやつでして、失礼がありましたらご容赦ください。お願いします。やれやれ、相変わらずうるさい親父だ。いいから早く行ってこいよ。実の父親になんて口の利き方だ。確か陽経過と言ったな。そうだけど何か？忠告するぞ。すぐ屋敷を離れろ。丹木木と一緒にいてもろくなことはない。お前は知らないだろうが、あいつは極悪人だ。まったくその通りだ。あいつと出会ってからろくなことがない。トラックにひかれて命を落とすし、悪霊にも襲われた。給料も休みも福利厚生もなくて毎日ビクビクしながら生きてる。しかもあいつはベジタリアン。おかげで僕も肉が食べられない。80歳の面構えだけど実際は18歳の未成年だろ。偉そうにしやがって。ったく俺の境遇に比べればお前なんて屁みたいなもんだ。あいつは足が長くて俺は短足。あいつは足長兄さんと呼ばれ俺はカエル。自尊心はズタズタさ。あいつは顔も小さいから小顔と呼ばれてるが、俺は顔でか。いつも俺だけそんな。それがなんだ。あんたは生きてるだろ。僕なんか何度も死んでる。また死んだら VIP 会員になれそうだ。生きることに何の意味があるってんだ。死んだ方がマシってこともあるんだぞ。檀木碑倒せ。檀木碑倒せ。今のやつは強だ。檀木碑呪え。かっこつけてんじゃねえ。あいつの生まれた日と時間を教えろ。いいよ。じゃねえよ。それがあいつを倒す一番の方法じゃないか。やっぱりそれはさすがにやめとく。なんでだよ。あいつが憎いんだろ。叩きのめしたくはないのか。悪口言うだけならいいけど、本当に殺したり傷つけるのは怖いよ。そうか。お前に調子を合わせてやれば手間も省けると思ったが、なんかダメみたいだな。きちんとしつけをする必要がありそうだ。何か考え事？いえ、うっかりしてただけです。ジユン、お前はあれこれ考えすぎなのよ。昔からそう。考えても仕方ないこともあるわ。違いますよ。そんなに思い悩んだりしてませんから。なんだよ、どういうつもり？生年月日と時間を教えるか。でなければ死ぬまでだ。あんなクズ野郎のために秘密を守るのか。あいつのためじゃなくて、あいつが死ねば僕も死ぬんだ。だいたい凄腕だって言うなら直接あいつのところへ行って決着つけろ。うるさい。あいつには勝てねえよ。あっさり負けを認めるやつも珍しいな。ツッコミはもういらねえ。誤算だったようだ。お前もあいつと同じクズだったとはな。
教える覚悟はできたか？ 2月30日朝4時26分。おう、サンキュー。2月30。ふざけんな！ 2月に30日はないだろ！あんたって意外と間抜けなんだな。じゃあねどいつもこいつも俺をコケにしやがって。そんな悪霊を操るなんて。聞いてないのか？俺たち使徒家は今世の一族、全ての霊魂を支配できる。お前もな。知らないだろう。この世では霊魂へのダメージは肉体が受けるダメージよりも、おい、やめろ。とてつもなく苦しいんだぜ。陽明師がいなきゃお前は役立たずの浮遊霊だ。その程度じゃ俺にもてあそばれて消え去るだけだな。なんでお前が丹木木のお気に入りかさっぱりわかんねえ。おい、どうする？ご主人様に助けを求めないのか？丹木木様、早く助けに来てよ。でなきゃ僕殺されちゃう。あいつは関係ない。その口調の変化は多重人格か？まだ突っ込んでる。それならもっと深く刺してやるよ。丹木木の生まれた日時を吐くまで殺してやる。絶対に教えるもんか。丹木木の命を左右できるのはこの僕だけだ。護身グッズをもらってたとはな。だがその程度の腕前で何ができるんだ？そんな攻撃、根子から見ればなんてことはない。あいつを倒すために俺がどれだけ修行に励んできたか知らないだろう。そんなのあんたの勝手だろ。僕を巻き込まないでくれよな。言ったろ、あいつが死んだら僕も終わるんだ。面倒なやつだな。本気でかからないといつまでも口を割らないってことか。何をする気だ？勇気がないって言うならこのナイフでお前の心臓を刺すまでだ。分かった、言うって。ほう、考え直したのか。あんた犬の糞でも食ったのか？口が臭くて窒息死しそうだ。てめえ、本気で殺されたいか？何度も言っただろ、僕はもう死んでるって。愚か者。魂が分散したらどうなると思う？死んでも霊魂はまだこの世に漂ってる。だが魂の持つ肉体面と精神面が分散すると輪廻ができず、霊魂は完全に消失してしまうんだよ。これは丹木木へのちょっとしたリベンジさ。僕の魂が分散していく。丹木木。誰だ？丹木木は近くにいる。テレパシーで呼べばいい。ほら呼べよ。こんなに忠実な犬がいなくなったらもったいない。ほら吠えろ。ワンワン。助けを呼ぶ？いや、僕は絶対に負けを認めない。笑われたくない。弱虫じゃないぞ。いつもあいつに守られてばっかりなんて嫌だ。畜生は。力が欲しい。強くなりたい。あの剣が欲しい。なんだと？
英霊のくせに落月剣を扱えるなんて、お前は一体。力がもっと力が欲しい。おい、やめるんだ。あっ、強くなるために切る。今のは何だ。とっとと消えろ。見たぞ、全てを見た。お前は危険だ。先々の災いにならぬよう今のうちに消し去る。タモフキ。使徒律、いい度胸だな。丹木機、俺のせいじゃない。あんたが突っ込んできたんだ。ちぎりの儀でのお披露目はまだだが、契約を結んだからには私の英霊だ。誰も手を出してはならない。あんたって人は本当にすごい男だよな。どんな時だっていつもカッコつけてやがる。そこが気に入らねえんだよ。けおっくそ。バカだな。反抗するのもほどほどにしておけ。もっと親孝行しろ。あのどうしようもない親父の話はやめろ。使徒家の人間はなんで他人に使えなきゃならないんだよ。あ、キー様。大変よ、慣れた。キー様がお怪我を。かわいそうに、ひどい怪我じゃない。家元の手のひらに穴を開けるなんて。使徒律ってば何考えてんのよ。養命士にこんな怪我を負わせて。申し訳ございません。私の責任です。息子は家に閉じ込め、携帯電話も没収して徹底的に反省させます。そのくらい当たり前よ。使徒家が丹木家の外籍だからっていい気にならないでよね。やめなさい。あなたは口を出せる立場にないわ。悪いのは使徒律だけじゃない。そこの英霊が丹木家の宝剣に触れた上、使徒律にひどい怪我をさせた。それで気が動転したから使徒律はあんなことをしたのよ。だからこの件は楊経過にも責任があるってこと。ちょっとどういうことよ。使徒律が養命士に手を出して怪我をさせたのに、なんで楊経過のせいなの。楊経過の素性がわからないから誰もが不満に思ってる。今回の騒ぎでもおばあ様の前でも彼をかばうことはできないわ。使徒律が何よ。なんでかばうの。使徒家は今氏の一族、権力がある。それに付き合いも古いわ。両家の関係は英霊よりもずっと大切なのよ。ちょっともういい。使徒律が英霊を襲い、養命士にも怪我をさせた。手口が卑劣で事態は深刻だ。許されることではない。執事の監督不行き届きだろう。どうかお許しください。親子揃ってこの家から出ていけ。でももう決めた。何も言うな。待てよ、こいつの能力なら使徒律の攻撃ぐらいかわせたはずだ。手のひらを刺されるようなことは。まさかこいつ僕が責められないようにと。あのさ、確かに僕にも責任がある。あの剣を握ったら急に自分が変わったみたいでさ、見せたかったらすごかったんだから。こうやって振ったら剣の霊気であいつのことを。今度あの剣に触れたらお前の手を切るぞ。左手で触れたら左手、右手で触れたら右手だ。それじゃあ両手で触ったら。ふざける話じゃないんだ。分かったよ。そんな怒んなって。仕方なかったんだよ。魂が分散しそうになって。なんだって。魂が分散だと。いや、もう大丈夫。なんだよ、そんなに僕の体を触らないでくれ。相手が男でもドキドキする。おい、どうせ勝てないんだ。逃げればよかったろ。どこに逃げればいいんだよ。制限をかけておいてこの僕に逃げろだって。何を勝手なことばっか言ってんだよ。私のところに逃げてくればいいんだ。間に合わないって。それなら呼べばいいだろう。心霊テレパシーよ。
教えておいたはずだ。読んだってば。あんなに叫んだのに聞いちゃいない。どうせグーグー寝てたんだろ。そうか、読んでたのか。ああ、次は絶対聞き漏らさない。どうでもいいよ。制限を解除してくれたら自分で何とかする。強がるな。次にこんなことがあったら即座に呼ぶんだ。いいか分かったな。これは命令だ。二度と言わせるんじゃないぞ。丹木木の気持ちが僕には初めて理解できなかった。丹木家の小僧、陽明士になってわずかなのに調子に乗ってるわね。頼みがある。私と律の後ろ盾になってくれ。いいわ兄さん。律は私の子も同然。今度のことは私に任せて。おい、起きろ。今日は妻子が。うるさいな。例になってもゆっくり眠れないのか。出てってくれ。寝不足はお肌に悪い。いいから起きろ。おい、何するんだよ。ちゃんと金を払えよ。どうしてだ。勝手に裸を見た。今日は祭祀が行われる。さっさと支度しろ。なんで僕も行くんだよ。ヨウ様、お待ちしていました。ご当主様が2階でお待ちです。おう、今日は随分賑やかだな。入り口もやけにキラキラしてたぞ。あ、ここには初めて来た。さすが金持ちだよな。着替え用に一軒家を建ててる。まるで迷路だな。すいません、丹木木は。今はまだ髪をセットなさっています。ぼーっとしてないで早く来い。今日の祭祀って随分大掛かりなんだな。座れ。祭祀は天地の霊気を浄化する儀式。陽明士の最も大事な職務だ。だが陽明士にとっては常にその祭祀が最後になるかもしれない。だから3つ約束してくれ。1つ、この紐を絶対に切らないこと。私の髪で編んだもので私たちの魂をリンクさせる。2つ、サレーリングを外さないこと。どうせ外したくても外せないじゃないか。それで3つ目は何だ。自分の名前を覚えているか。当然だろ。陽慶華だ。なんで。それが最後の1つだ。決して自分が誰かを忘れるな。いいな。指切りをして誓うんだ。この3つを忘れないと。今日はなんだか変だな。約束するよ。指切り剣満、嘘ついたら針千本伸ばす。当主様、準備が整いました。参りましょう。分かった。それから今日の祭祀で世界中に知らしめる。陽慶華が丹木木の英霊だと。陽様、シオ様、お席はこちらです。こんな特等席生まれて初めてだ。丹木さんにひいきされてるからって私のポジションを狙っても無駄だからね。慶華、シオ、ずいぶん賑やかね。私もあなたたちと一緒に座ってもいいかしら。もちろんです。ちょうど今話してたんですよ。世界で一番おしゃれなおばあ様だって。紳士よ、あんたの先祖は百面相の役者か。慶華、あの子との暮らしにはもう慣れた？あの子は見た目と違って心根は優しいの。だから多めに見てあげてね。寝てる間に布団を蹴飛ばしてはいない？風呂をかけるわね。なんであんたばっか可愛がられてんのよ。長く連れそうと似てくるって言うけど、ますます木に似てきたわね。それはご勘弁を。始まったかしら。口では嫌だと言ってるけど、
確かにこれからはずっとあいつの経験する全てが僕にリンクされる。あいつの過去も未来も。お待ちください。どちら様でしょう？私だよ、執事の使徒だ。申し訳ありませんが、この家から追放されたと聞いています。お通しすることはできません。そんなに私を追いやりたいか？あなたいい度胸ね。じゃあ私が誰かわかる？すみません。私が誰かという方は名簿にございません。ちょっといいかしら。あなたの目は節穴なの？こちらは使徒家の総元締めよ。口を慎みなさい。ジウン様、職務を全うしただけです。もういいわ、下がりなさい。はい。お二人はこちらへどうぞ。丹木家にも話がわかる人がいるのね。まあそういうことです。何を言ってるかはわからないけど、その力はあいつの声とともにはっきり伝わってくる。温かく包み込むように慰めてくれる力だ。丹木木を中心に絶え間なく広がっていく。心が温まって浄化されたみたいだ。こんな人に僕が叶うわけがない。妻子もそろそろ終わりね。一つ確かめておきたいことがあるの。妻子を司る者は誠実でなければならない。当主は本当にやましいことは一つもない？何のことだ？忘れっぽいのね。うちの律のことよ。まさか記憶にないとでも？執事だった兄はあなたのせいで追放され職を失った。言いがかりよ。使徒律が養命士を刺した。丹木家は情けをかけて命を助けたのに。あなた誰？私は。ああ、まだ丹木家に嫁入りしてない小娘ね。あなたに口出しする権利はない。おいおばさん、うるさいぞ。あいつが怪我したのは僕が原因だ。仇を討ちたいなら僕が相手になる。塩は関係ない。ほらほら見てちょうだい。こんな人を英霊にするなんて。養命士の名も随分と地に落ちたものね。おやめ。今の話、私は何も報告を受けてませんよ。おばあ様、私がお知らせしなかったのです。先日当主の英霊が落月剣で使徒律を傷つけ。あなたは出しゃばらないで。丹木家の当主本人の口から説明してもらうわ。よう経過、上がってこい。こりゃ何のドラマだ。宮廷での権力争いか？黙って見てればタダで見られるんだし、なんだっていいじゃないの。もう座れ。当主も大胆なことをするわね。大勢が見る前で英霊の魂を消そうとするなんて。僕はこのまま丹木木との関係を断たれるのか？当主様がこれほど冷酷だったとは。今主の一族である使徒家の権力は大きく、丹木家とも付き合いは長い。要経過も大事だろうけど、両家の関係は壊したくないはず。この剣の名は落月。古より伝わる神器だ。神も魔物も切ることができ、四方の邪気を治められる。これからはお前の武器となる。丹木家第13代家元、丹木木の命だ。誰であろうと反対はさせない。いいか、私から目を離すな。ひとたび霊たらば一生影なり。霊気共に生き、名魂を同じくす陰と陽を和合し、万物を安らかにする。私の英霊になってほしい。お兄ちゃん、当主は何と言ってる
世界に宣言したんだ。二人は一心同体で英霊の過ちは自分の過ちだって。これはしてやったりだな。何なの？英霊とのちぎりの儀どころか先祖から受け継いだ落月剣を渡すとは。丹木鬼め、亀を怪我してまで他人をかばうだなんて当主の自覚はあるの？おばあ様、なんとか言ってください。あの子も大人になったのね。とても感動したわ。他人だって？楊慶華はあの子と契約を結んだ英霊よ。何事もあの子のために行動するはず。剣は丹木家が与えたの。あの英霊を疑うということは丹木家を疑うことと同じよ。この私のことも含めてね。誤解だったようですね。今回はうちの律にも責任があります。おばあ様に謝ってちょうだい。まさか当主がここまでするとは思わなかったわ。あの英霊の素性を早急に調べて。余計な説明は一切せずにみんなを黙らせた。丹木木、あんたに近づくほど推し量れないほどの力を感じる。僕はこの男に釣り合うだけの英霊なのか。私が力になる。私は丹木地名、丹木家の事務職だ。仕事は当主の身の回りの世話をすること。高貴でちょっと複雑な丹木家の一員として名家の役に立てるのはとても光栄なこと。この家は私が守る。私の生涯をかけて。当主様、入ります。当主様、起きてください。起きてお召し上がりを。当主様。当主様。そんな、まさか。幽霊を呼んでるのか。刺客が現れた。楊さんでしたか。なあ、あんたあんな起こし方じゃ丹木木どころか犬や猫だって起きてこないぞ。あんたの声は感動的に優しいけどそれじゃダメだ。特別に教えてあげよう。とびきり甘い起こし方をな。甘い起こし方。起きろー。早起きは3秒の得。朝の日差しが寝顔に当たるとシミが増えるぞ。さっさと起きろ。健康な生活には朝が肝心だ。いい加減にしろ。朝っぱらから何してるんだ。見たか。起きただろ。命がけで当主を起こした方は楊慶華。当主が契約を交わしたばかりの英霊だ。本日の予定です。目を通してください。午前7時40分朝食。すっげえ。朝からなんて贅沢なの。これがお金持ちの生活。裕福自慢も朝からなんだな。食べたい食べたい。スプーンをください。はい。口を開けろ。この英霊、常識外れの変人。うまいよ、うまい、おいしい。これがお金持ちの味。肉も魚介類も使ってないのにこんなにおいしいだなんてテンション上がる。当主がこんなに優しく微笑むのは久しぶり。それはこの英霊のおかげだ。あれも食べさせろ。それからこっちも早く。いい加減にしろ。お前を養ってるわけじゃない。そんなこと言うなよ。僕が物を触れないのはあんたのせいだろ。責任取れ、責任取れ。一生責任取れ。来世は豚になるがいい。ただこの英霊のせいでご当主は優雅さや雅さを失ってしまう。
使徒家の要求を飲むわけにはいかない。西の領地を分けるだって。しかも6割よこせとは、なんて強欲なんだ。ひどい要求だとは思うが、近頃は使徒家も力をつけてきた。確かに我々も孫子の術を頼ってるし。家元っていうのも辛いものね。帳簿を持ってきてくれる？私が確認するから。はい。毎朝8時から家族の定例会。やっと終わったか。そうだ、ちょっと寝るから邪魔をするなよ。なんだってまた寝るのか。会議中もずっと目を閉じてたじゃないか。午前10時会議終了。11時30分昼食。12時昼食終了。午後7時夕食。8時夕食終了。一日中食べてる時以外全部寝てんのになんで太らないんだよ。女性たちに恨まれるぞ。タモク様素敵。なんであいつ今日は学校に来てんだよ。おとなしく家に引っ込んでりゃいいのにな。あんたって意外と人気者なんだな。ふん、くだらん。みんな倒れちゃった。瞬殺じゃんか。私は当主が登校する際常に付き添っている。当主の安全を守り他人の安全を守るためだ。もしもし、女子学生たちの救護を頼む。なんだまたかよ。短目木、金持ちは授業を聞く必要がないとでも。まったくいい度胸してんな。おい短目木、いいか今すぐ前に出てこの問題を解いてみろ。先生だって気に食わないよな。ざまあみろ、性格悪すぎだって。先生も必殺技を繰り出してきたぞ。超難問で短目木に恥をかかせる気だね。解けたぞ。なんだって超早いじゃん。なんだよこの完璧なキャラ。短目様、お弁当を作ってきたんで食べてください。私は家のものしか口にしない。美女と美食が目の前にあるっていうのに、しかもこれは肉だぞ、肉。お前は落ちてるものも食べたがる野良犬か。まあまあ、ヨウさん気にしないでください。当主様の食事は全部家で調理して持ってくるんです。美味しそうだけど僕は肉やエビも食べたいんだよ。たくさん食べたくせに文句があるなら今後は食べるな。例なんだから食事は不要だろ。そう言ったじゃあ、あんたが食料だ。この二人のやりとりを見ていると夫婦喧嘩をしてるんじゃないかと錯覚してしまう。また寝るだと。食べてすぐ寝るなんて太っちまうって心配はしないのか。こいつ猫じゃあるまいし、あんな生活してて本当に問題ないのか。というと、短目木の今の生活パターンはまるで隠居した年寄りの暮らしだ。毎日食べてる時以外はずっと寝てて全く仕事をしてない。睡眠の神様と言ってもいいくらいだ。もっとムカつくのはなんで仕事をしないのかって聞いたらこう答えやがったことだ。金に困っていないのになぜ働く必要がある。はあ、でも僕は何かしたいんだ。ただ養われてるだけっていう感じがマジで嫌になってくる。言い分はわかりますが勘違いしないでください。勘違いってなんだよ。当主は普通の司祭とは違い、1年のうちあらかじめ決まった日にしか祭祀を行いません。そういえばさ、陽明師の役目って何なの？この前の儀式で見たでしょう。浄化。大掛かりな浄化です。陰と陽のバランスや地脈が乱れた時、そして霊魂の大規模な混乱が起きた時だけ当主が閉廷します。日常的な除霊行為や悪霊払いなどは当主の仕事ではありません。厄介な場合のみ短目家の人間が呼ばれます。短目家は家元一人ではありません。この家の評判がいいのはいろいろな人材がいるからです。だから毎日やることがないのか。
なんで金持ちほどのんびりできるんだ？あいつ食っちゃねの生活だから、年を取ったら高血圧高コレステロールのメタボ中年になるぞ。なかなか面白いことを言いますね。私もそんな日が来るのが楽しみですよ。なんだよ、あんたも丹木木の太鼓腹が見たいのか？こんなに意地悪な人だとは思わなかったよ。まだ言ってませんでしたね。陽明師は年を取りません。丹木家の当主になれるのは才知と徳を持つ者だけ。丹木木は本家筋ではないが、霊力と知恵にかけては歴代の陽明師に引けを取らない。この子に陽明師の重責を担ってもらうことは理にもかなっている。自由、自明、早く木に挨拶しなさい。ご即位おめでとうございます。地面兄さん、今私のそばにいてくれるのは兄さんだけ。安心しろ。兄さんはずっとそばにいるから。シーセイ早く来いよ。楽月様、雪が降って冷えますのでお体に触ります。興ざめするようなことを言うな、怒るぞ。また同じような夢を見てた。ちぎりの儀が終わってから、あの二人の姿が何度も夢に出てくるようになった。ここは僕が住んでた町だ。なんでここに？陽慶か、お前が死んで今日で7日だ。7日？死んだ人の霊が家に戻る日だ。そっか、僕がこの世を去ってそんなに経ったのか。陽慶華23歳、1週間前交通事故で死亡。14歳の時両親が不慮の事故で死亡して身寄りをなくし、国から援助を受けることになる。高校卒業後はこの地に流れ着き、占い師として細々と活動しつつ、パソコン修理で主な生計を立てる。紙3枚にも満たないけど、これで全部？他の情報も急いで集めているところです。あの丹木木が得体の知れないものを英霊にするわけがない。一つ気になることが、陽慶華が死んだ日、当主様は現場近くのゴミ処理場で除霊を行い、その帰りに事故を目撃したようです。警察と救急車を呼んだのも当主様でした。この事故には何だか裏がありそうね。陽慶華、あなたはなぜ死んだの？トラックにひかれて死ぬなんてダサすぎる。何が不満だ？どうせなら高級車の方が良かった。その方が少しは格好がつくし、運転手は金持ちだから葬式だって出してくれたはずだ。ぐだぐだ言う前に何か持って帰りたいものはないのか？確かにここに住んでたけど、今の僕にはもう関係のない場所だ。今さら未練なんてない。そんなものないさ。どれもガラクタだ。オンボロの賃貸アパートに金目のものがあるわけないだろ。この僕は生まれた時から手ぶらだ。裸で生まれ、そのまま裸で帰っていくのさ。よくん、あの若さで命を落とすとはな。やれやれ、気の毒だな。両親を亡くして苦労してたから、まあ未練もないだろう。ただ残った小銭だけはもったいないけどな。あの世には持っていけないし、生きてる間に使えばよかったのに。今の聞いた？僕は慕われてたんだぞ。よくん、君をいじめたり利用したことはないんだ。以前貸してくれた数百元を返す代わりに妻と上銭を焚いてやる。だから幽霊になって取り立てに来るなよ。金返せったら返せ。でもあいつがいないとこの町も面白くないよな。なんたって子供から飴をくすねてたセコ太郎だ。
前にご利益のあるお札だから500元で売るって言われたけど、よく見たらハンバーガーショップの割引券だった。少しは僕の顔を立てていいことを言ってくれよ。ああ、そういえば昔俺が失業した時、あいつだけが金を貸してくれた。私もお客にクレームをつけられた時、真っ先に間に入ってくれた。紙銭をたくさん炊いてあげるから、あの世でお金持ちになるのよ。って燃やす金があるならみかじめ料払え。俺たちを舐めてると痛い目に遭うぜ。今日はヨウくんの法要の日なの。そんな日に騒ぎを起こすのはやめて。ふざけるな。今すぐ耳を揃えて払え。でないと腰抜けのようのもとへ送ってやる。誰が腰抜けだ。これでも食らえ。おい、殺したら僕の金も取り返せないだろ。おい、何すんだよ。助けなくちゃ。話してくれ。無駄だ。お前が触れるのは霊力のあるものだけ。奴らには触れないんだ。妖怪か。何すんだ。どうかしちまったのか。奴らを殴るんだろ。あれ、受け取れた。さっきお前に命の息を吹き込んだ。命の息。この世のものに触れられる力だ。ヒーロー気取りやがって。ふざけんな。やめろ。おい、なんで俺を殴る。殴ってないぞ。お前も。おめえやってくれんじゃねえか。俺は何もしてない。このお前の仕業がどうした俺じゃないか。こんなカンなんか投げたら知るかよ。どこからか飛んできたんだ。そんなわけ。誰が投げたんだ。誰もいないぞ。母ちゃん、怖いよ。腹の虫も収まったぜ。ざまみろ。だけどなんだか変な感じだな。実際には触れていないからだ。お前の心にある強い思いがこの世に影響を与えた。お前の霊力は強力だ。強く願えば大抵のことはできる。ヨウくん。なんで見えるの。ガラスに僕の姿が映ってる。ヨウくん、あんたなの。ねえヨウくん、私にはわかるわ。近くにいるのよね。本当に情けないわ。あんたに心配かけて。でも約束する。元気にやっていくって。あんたはそっちで元気にしてる。お友達はできた。いじめられてない。お姉さん、心配しないで。僕は元気だよ。食事や睡眠も取れてる。住んでる部屋もすごく広い。ボスは毎日寝てばっかだ。仕事は暇だし、福利厚生も最高さ。お姉さん、僕元気だから安心して。本当に。ヨウくん。お姉さん。わざと陽気に振る舞って何も気にしてないふりをしてた。でも今になってやっと気持ちを吐き出せた。僕本当に死んだんだな。どんなに文句を言ってもこれは変わらない事実なんだ。だけど本当に悔しいよ。これからは以前の生活との関わりはなくなる。親しかった人たちや親友、彼らの未来に僕が存在することはもうない。静かにしてってる。ヨウくんは最近ろくに食べてないみたいだし、助けてあげましょう。だからあんたも騙されたふりするのよ。死後7日経つとこの世に霊の状態のままとどまることはできなくなる。これからずっと僕陽慶花は英霊として存在していくんだ。この町に来た頃、深夜は警備員をしてた。家賃も払えないほど貧乏でさ、見かねたお姉さんが旦那さんと一緒に面倒を見てくれた。そんなある日、バイト先で事故があって大怪我をした。お姉さんは泣きながら無理はするなと言ってくれた。生まれながらに恵まれてるお坊ちゃまにはわからないだろうな。
私はもともとあの家のものではない。そこにいろ。ちょっと出かける。おい、話を途中でやめるな。蛇の生殺しかよ。丹木家のものじゃないって。もう9年になるのね。あの子が丹木の本家に来て、昔から物分かりが良くて才能もあった。父親よりもずっとしっかりしていたわ。おじさまが亡くなり何年も経ちます。あまり悲しむとお体に障ります。罪作りな男だったね。残念だったわ。早くに亡くなってしまいましたし、おばさまも。ふん、あの女の話はやめて。ジン、疲れたわ。はい。調査の結果、重要なことが分かりました。要経過はそれは部屋で聞くわ。いつまで待たせる気だ。話の続きが気になる。まただ。楽月様、まだ飽きないのですね。ああ、出会いは別れの始まりだ。もしその日が訪れたら、お前だけがこの世の人々を救える。心を生み出すこの夢は一体何なんだ。誰だよ、幽霊って言ったのは。ノルマが達成できなかったらボスに叩きのめされるぞ。さっさとみかじめ料回収しようぜ。兄貴が幽霊って叫んだから。うっせえ、あれは進撃の雄たけびだ。俺の勇気を侮辱する気か。おい、止まれ。市内で空中に浮かぶ傘など心霊現象の目撃情報がありました。未確認情報に惑わされデマを拡散しないよう市民の皆さんのご協力をお願いします。大家さん、忙しそうね。ああ、この部屋を片付けないとな。あ、そうだ。陽君の家賃の滞納分だけど、私が払いますね。お、家賃ならもうもらったから。どういうこと？滞納分だけでなく多めに払ってくれてね。四十九日の供養までこのままにしてほしいと。どんな人なの？そこまで考えてくれるなんて。背の高い若くてハンサムな男性だ。きちんとした身なりで礼儀も正しかったな。こいつなんて言ったんだ？お前聞こえたか？俺たちに向かって「おい止まれ」だってさ。道端で客引きしてるくせになんだよ偉そうに。陽君にそんな知り合いがいたなんて。ほらやっちまえ。いきなり大金を出すなんて怪しいと思ったんだがな。供養のことでわざわざお辞儀をして礼まで言ってくれたんだよ。陽君との関係を尋ねたんだがあまり語らなかった。なんて言ったんです？私は陽経過のなめやがって。俺が本気を出したらどうなるか思い知らせてやる。いいか、覚悟しろ。くそ。はい、ボスですか。目を離すなよ。すいません、今クソガキを片付けてるところでして。何の用です？丹木家のお方に手を出すとは何考えてんだ。お前俺まで巻き込む気か。ボス、それってあの丹木家ってことですか？見ろ、フライングドラゴンだ。俺は南山養老院をぶっ潰した。こっちはアタックタイガーだ。俺は北海幼稚園に蹴りをつけてやった。どうだ、ビビったか？分かったらさっさと命乞いして金を出せ。バカ、やめろ。丹木様、うちのボスが一言話したいそうです。丹木様、そのクズたちには後でよく言って聞かせますんで、どうか今日のところは多めに見てやっていただけませんかね。いいだろう。今後陽経過の知り合いには絶対手を出すな。はい、もちろん。ところで、陽経過とはどういうご関係なんです？そんなに目をかけるなんて。
いて、なんだよもう。あ、この額って、これを取りに行ってたのか。価値があるのはそれだけだった。僕の両親のたった一つの形見だ。先祖から伝わってきたらしいけど、なんで残してたかよくわからない。天下一の術か。それも僕の代で終わるんだな。私が生まれてすぐ父が亡くなった。それで母と外で暮らしてた。9歳の時に母が亡くなり、私は本家に呼ばれたんだ。その頃の私は今のお前と同じ。親がいなかった。だからお前の気持ちはよくわかる。まあさっきはそんな深刻じゃなかったけど、懐かしい人の顔を見てつい感傷的になっちゃってさ。それに親より先に死ななくてよかったよ。子供が先に死んじゃったら親は悲しむだろ。残された人の方が死んだ人より辛いんだろうな。だから僕は心置きなくあんたの英霊になれる。仲間になってやるってことさ。タンモクキ、お前今なんて言おうとしたんだ。これから私がお前の家族になる。家族？そう言ったのね。ヨウ君は天涯孤独の身だと思ってたけど、そばにいてくれる人がいたのね。よかった。今のは僕の空耳か？もう一度言ってみて。うるさい。おとなしく座ってろ。なんで？運転の邪魔だ。タンモクキ、ありがとう。いきなり何の礼だ？別に分からなくてもいいさ。家族か。楽月様のおかげで今年も豊作です。雪は実りの兆しですから、来年もきっと豊作です。この酒は一昨年の冬、梅の木の下に埋めたもの。噛んで飲めば体も温まりますよ。シセ、これが私の根性で最後の雪になるだろう。楽月様、何を言うんですか？シセ、その呼び方はやめろと言ったはずだ。私のことを理解しているのはお前一人だけ。家族のような存在だ。家族をそんな風に呼ぶんじゃない。来年も再来年も私は一生楽月様の隣で雪見酒をお供します。楽月様のためならどんなことでもします。この命を懸けて。人生は酒のごとしだ。誰にも強要することはできない。お前の真心さえあればそれで十分だ。うまい料理だな。さすがは市政だ。この料理なら二人で食堂を開けるぞ。私は表に出ずに金を数えて暮らす。楽月様。市政、酒が冷めてしまうぞ。楽月様。千載歳月は夢のごとく、三河に突き落ち根性は終わる。楽月様と呼ぶのはよせ。シセ、楽月、一体誰だ？剣が熱くなってる。これは一体。私はずっとここで待っていたのだ。私を地獄に落としたいか。ならば私の行く先々を全て地獄にしてやる。全てをな。みんな死んでしまえ。楽月様、なぜこんなことを。シーセイ、やっと来たか。言ったはずだ。
楽月様と呼ぶなと。楽月様！どうした？さっきのは提案だ。無理しなくていい。何かあったらすぐ言え。その方がお互い楽だ。何ですって？あの楊経過が？間違いありません。楊経過はあの楊姉の子孫です。石腕の霊術師楊姉、丹木家の初代陽明師を殺した男。ご当主様が危険です。大奥様に報告してすぐに助けを。落ち着いて。丹木家がわざと隠していたのなら、どんな災いを招くかはよく分かってるはず。それでも隠す気なら私たちも手を貸しましょう。おばあ様には内緒よ。ジウン、君は。ね。ジメイ兄さん、もうこんなキャンディーは買ってこないで。次期陽明師がこんな子供っぽいものが好きだって知れたら笑われてしまうわ。これから私がお前の家族になる。出血が止まりません。君たちはこっちだ。体を起こせ。気をつけろ。包帯を持ってこい。はい、すぐに。ガーゼも頼む。ああ、すぐに持ってこい。急げ。わかりました。早く救命室に連絡をしろ。準備がいいか。気をつけろ。はい、大丈夫です。ゆっくり。応急処置はしましたが、ご当主様はまだ非常に危険な状態です。わかった。すぐ家に連れて帰ろう。念用の儀の準備を。大変です。事故の知らせを聞いて大奥様がお倒れに。なんだって。紳士よ、丹木家はこのまま。楊経過、あなたは丹木家の疫病神ね。どれほど罪深いことをしたか分かっているの？分かってる、分かってるよ。でも今はあいつをどうやって救うかを考えないと。ちょっと口答えする気？あなたごときが私にかなうと思ってるの？今すぐ試して。おやめください。我々に罰する権限はありません。当主の言葉を忘れたのですか？今後楊経過が何をしようと私以外の者はあいつに制裁を加えてはならない。正気なの？英霊の制御がどれほど難しいか知ってるでしょ？彼があなたを傷つけてもしたら。それでも罰してはならない。あいつは私の英霊。たとえ私が死んでもその事実は変わらない。今回は多めに見てあげる。でも死刑は免れてもこのままじゃ済まないから、ジメイ兄さん、彼を封じ込めて当主の意識が戻るまで絶対に出さないでちょうだい。わかりました。では楊さん、少しの間ご辛抱ください。あんたたち何をするつもりだ？なんだよ、どうする気だ？そんなに傷が深いのになんで病院へ連れて行かないんだ？当主の体は輸血を受けられないの。あなたは英霊でしょ？当主がどんな体質かも知らないの？何のことだ？常に純粋無垢な体を保つ必要があり、外部から体内に入ってくる不純なものは一切受け付けず、食事にも十分な注意を払わなければならない。ましてや他人の血液なんて毒も同然だから、怪我なんてできないのよ。もし大怪我をしたら婚約者が念用の儀を行うしかない。陽明師の婚約者に必要な条件はね、
単に容姿や家柄とか品性などではないの。念用の儀を行える体よ。気を送り自らの生命力を当主に与えるの。ジウンさん、彼と二人で話をさせて。どうぞおば様のところへ。はい。紳士を聞いてくれ。本当にわざとじゃないんだ。自分でもよくわからないけど、気づいたら彼に剣が。まだ責任逃れ。陽明師も人間よ、超人じゃない。英霊の仕事は彼を守ることでしょ。それなのになんてことを。本当にわざとじゃないんだ。あいつの力なら剣を避けられるだろう。彼はね、あなたを警戒したりしなかった。その意味を理解できるかどうか。でももうどうでもいい。どうせ手遅れだもの。どういうこと？まだ気づかない。使用人たちをみんなジウンさんが入れ替えてる。大奥様はご高齢です。処置が遅れていれば取り返しのつかないことになっていた。薬を飲ませ安静にするよう。ありがとう、ご苦労様。では全員をここに集めました。分かったわ。檀木家の歴史は古く、親族の関係も複雑に絡み合ってる。何かあればすぐに崩壊するわ。檀木さんは本家筋の人じゃない。それをおばあ様が反対を押し切り当主の座に据えたのは、彼が優秀なだけではないの。しがらみもなく完全に独立してるから公正でいられると踏んだのね。だけどそれは諸刃の剣だった。おばあ様以外あの人には味方がいない。私はただの婚約者。檀木家のことに口を挟める立場にないの。つまり檀木家に何かあったら。これで分かったでしょ。当主は大怪我で意識不明。大奥様も体調が優れない。檀木家は当主を不在にはできないから、今から私檀木ジウンが当主の代行をする。おばあ様、私は未熟でキー兄さんのように優秀ではないけど、当主に代わり精一杯この家の安泰を守ります。どうかご安心ください。地面兄さん、これから檀木家は私たち二人で支えていくのよ。そうですね、全力で支えます。まずいぞ、檀木家が危ない。あいつはどこにいるんだ。助けに行かないと。あんたが彼を助ける。離れてるのに何ができるの。それはねえ、知ってる？妻子の後彼は衰弱して3日も寝込んだ。それなのにまだ回復しないうちから出かけようとしたの。そして私が止めたら彼は何て言ったと思う？あいつは家が恋しいはずだ。陽明師がみんな若くて才能があるイメージを持たれるのは、誰も年老いた姿を見たことがないからよ。実際檀木家の歴代の家元で30過ぎまで生きた人は一人もいない。陽明師というのはこの世と冥界の狭間に立つ人間。何億という人々と魂の願いを受け、霊を慰めながら平和と安泰を祈っている。自らの命を代償にしてね。陽明師にとっては常にその妻子が最後になるかもしれない。あの時の言葉はそういう意味だったのか。ご当主様から陽様に渡すようにと申し付かっていたものです。祭祀が始まる前にお預かりしました。ご覧ください。霊力が込められ、ある程度の攻撃から身を守れます。死と律様のような事態は避けられるとおっしゃっていました。英霊の主として陽様の身を守るのだとも。彼のことを理解してるつもりでいたけれど、あんたのためにこんなものを用意していたなんて。それなのにあんたは皮肉だと思わない？僕はバカだよ。行き当たりばったりで現状に甘えて深く考えようとしなかった。分かってる。今僕が何を言っても信じてもらえないと。僕を殴ってくれ。剣で刺されても構わない。僕の代わりに様子を見に行って檀木家が無事だって教えてくれれば満足だ。なんで泣くの？
このお札で結界を解くことができる。本当にここから出してくれるの？そんなわけないでしょ。この剣は鋭いわよね。あなたはこれで彼を刺した。今からあなたが丹木さんにしたように自分の胸を刺せばこの結界を解いてあげてもいいわ。安心して。あなたの忠誠が本物なら剣はあなたを傷つけない。だけどもし偽りがあれば魂が分散し激痛に苦しむ。でも彼の痛みに比べたら大したことないわ。どうしたの？怖い？自分を刺したら信じてくれるのか？そうよ。僕は痛みや死の恐怖からずっと逃げ続けてきた。でも今回は絶対に逃げない。どうして？これだけは言っておくわ。この結界を越えたらあなたも丹木家の争いに巻き込まれるのよ。今彼はあなたのことを守れない。だからここに残ってもいいわ。何も知らないふりをしてね。紳士よ、ありがとう。バカね。私の方こそ何もできないって言うのに。なあ丹木木、あんたは傲慢で分かりづらい人だと思ってた。けどあんたを理解するほど自分が恥ずかしくなる。僕が英霊になる資格はないのかも。でもあんたは僕を選んだ。だからわがままを聞いてくれ。ずっとそばにいさせてほしい。たとえ手遅れだとしても僕はあんたについていく。あんたの選択は正しいと証明してやるんだ。陽明師様の選択は間違ってたな。あとは私の言いなりになるしかない。まあそれも自業自得ってことさ。一体何をする気だ？決まってるだろ。私のものを連れて帰るんだ。丹木木、あの陰鉄が昔陽明師の英霊だったって。父の英霊だった。妖魔を英霊にしたのは父が初めてだ。陰鉄は想像以上に危ないやつだ。次にやったら本気でぶつかるんじゃないぞ。自分を守れ。逃げられるなら逃げる。なんであんたが丹木家の結界の中にいる？丹木家の結界は確かに強い。だが私には妖術があるんでね。丹木家の結界の中でも自由自在に動けるのさ。丹木家は別にあんたのものじゃないぞ。それじゃお前のものだとでも言うのか。落月剣をそんな風に使うな。お前を傷つけないとは約束したが、他の者にもそうさせないとは言ってなかったろ。なんだ？何か用か？ジミー様。ジウンさんに用かい？私が話を聞こう。実は紳士王様がご当主様の英霊を逃がしました。そうか。それじゃあ私から伝えておこう。でももう下がっていい。はい。来い陽慶か。お前の醜い姿を晒すがいい。よう目が覚めたか？陽慶かを解放しろ。そんなに弱ってるのにまだ指図する気か？言ったはずだぞ。私の英霊は誰にも傷つけさせないと。その結果がこれか。せっかく目が覚めたんだ。余興を見せてやろう。老玉。お呼びですか？この前私が言った通りにやるんだ。はい。なんだと？一体何をするつもりだ？あの英霊にここまで犠牲を払う価値があるかどうか見せてやろう。
ここは一体どこなんだ？ここは陰鉄様の陽子結界よ。陰鉄様に言われたの、あんたのことを調教してこいってね。やっと出してもらったのにまた結界の中か。何がどうなってんだよ。丹木木に指一本でも触れてみろ。ただじゃ置かないからな。陽明師を傷つけたのはあんたでしょ。老玉、無駄口は現金よ。全くずうずうしいんだから。キーちゃんを守ってるのは陰鉄様なのよ。そんなこともわかんないなんてほんと間抜けね。うるさーいダメでしょ、英霊君。小さい子をいじめちゃ。あんたの相手はこの私よ。そうそう、陰鉄様はあんたに情けをかけてくれた。命乞いの機会をあげるって。英霊の契約を破棄し、もう二度と丹木木に関わらないって言えばいいだけなの。簡単でしょ。帰ってあの赤毛に伝えろ。それを聞くのは来世まで待てってな。ねえ老玉、あの服霊力が込められてるんだって。あんたの主は太っ腹なのね。陽慶華様にはな、この服と落月剣がある。課金しなきゃ手に入らない装備だ。怖いものなんて何もないさ。調子に乗るんじゃないわよ。服一枚で身を守れるとでも？ありえないでしょ。服に覆われてないとこもある。顔でしょ、首に手、足首も。私は妖刀の化身なの。だからどんなところだって切ることができる。痛い？僕は死んでるから手をバッサリ切られるはずがない。それなのになんでさっきは痛みを感じたんだ？痛いのは当然よ。ほら、さっさと言いなさい。英霊の契約を破棄するって。ちょっと何なの？なんで閉じ込めるのよ。あなたは無断であの罪深き英霊を逃がした。そこで反省していてください。どういうこと？ご心配なく、数日したら出してあげます。数日ですって。ちょっと待って、何を企んでるの？これは丹木家の問題ですから。丹木木をどうするっていうの？ねえ、ちょっとここから出してよ。余計か。あとはお願いよ。ここでヘマしたら絶対承知しないから。あんたには彼が霊力を込めた服がある。早く言えば英霊の契約を破棄するって。おやおや、これはまた絶対絶命だな。そんなにひどい怪我をしてるんだ。ちゃんと休まないと。お前は教えてくれた。敵には決して気を許すなと。敵だって？おいおい、そんな言い方はさすがに傷つくな。なぜそこまでしてあいつを守ろうとする？どうせ一方的な契約なんだろう。うるさい。何？あいつを傷つけることは絶対に許さない。英霊君、口先だけね。そんなボロボロの服じゃ霊力なんてもうかけらも残ってないでしょ。おとなしく命乞いしなさい。老玉、手を離せ。陰鉄様、どうしてここに？陰鉄様、お前たちは休め。私が代わろう。なぜお前に距離の制限がかけられたかわかるか？丹木木はお前を感知できない。だから犬のように首輪をつけた。英霊と陽明師は魂と霊気を共有する。
まさに一連卓上、どちらが欠けても生きていくことはできない。ところが丹木期の契約は一方的なものだった。あの男が死ねばお前も終わり。だがお前がどうなろうとあの男には関係ないんだ。分かったろ？丹木期はお前を信じてない。お前を英霊だと思ったこともない。じゃああんたは陽明師と英霊が一連卓上って言うなら、前の陽明師はとっくに死んだって言うのに、なんであんたはまだ生きてる？信頼されてないのはあんただ。お前ごときが口を出す人間はみんな嘘つきだ。私のことを裏切った。それなのに約束を守れというのか。本気でぶつかるんじゃないぞ。自分を守れ。逃げるんだ。だけど僕が逃げたらあんたは一人で立ち向かうのか？僕は守られて逃げて負けて、ずっとその繰り返しだ。ちっとも進歩してない。これから私がお前の家族になる。何か僕にできることはないのか？答えたいんだ、あんたに。丹木期。丹木期！風向きが変わった。石腕の霊術師陽明。あの頃その名を聞くと震え上がるほどの恐怖を覚えた。だから丹木期は奴を選んだ。調子に乗るな。はい。おいおねえ、さっき手をバッサリやられた時の借りは返したよ。あの男は妖魔と敵対はしなかったが、最強の魔物を従えた。人間の寿命が長ければ我らは今もあの男に怯え続けていたかもしれない。陽経過はおそらく陽姉の子孫だ。もういい、お前の勝ちだ。陽明師はくれてやる。陰鉄様。陰鉄様まで身を引くなんて、陽経過とは。どうした？かかってこないのか？差しで勝負か？お前じゃ相手にならん。受け取れ。我ら陽子一族の霊薬だ。あいつに飲ませてやれ。丹木家ではクーデターが起こってる。もしあいつに何かあったらお前をただでは置かないぞ。おい待てよ。どうやらあいつの言葉は嘘じゃなかったみたいだ。霊薬が効いてきた。大丈夫か？すまない、僕のせいで。声を出すな。いいから来い。キスは大丈夫か？もう怒ってない？ねえ待ってよ。落月剣を。急げ、車の中で着替えろ。ああ。彼らが動き始めました。あらそう。私たちも始めましょう。丹木期、本当に怒ってないのか？僕はあんたを剣で刺した。それに悪いのは私だ。お前を守れなかった。それよりなんだよあの服。防御するんじゃなかったのか？全然役に立たなかったぞ。守るのは使徒律たち根子からだ。防御できるのは人たちだけ？
お前には分からなかったか。ああ、わからない。それよりこんな夜中にどこへ行くんだ？師匠のところだ。師匠？この世で一番落月剣に詳しい。師匠、お客様がお越しです。キーか？なぜそれを？お前も一緒に来い。この件のことで聞きたいんだろうけど、今はそんなことしてる場合じゃないだろ。キヨ、お前が訪ねてくるのは久しぶりだね。目が不自由なのか？師匠、今日はお願いがあってきました。お願い？掟は覚えてるか？師匠の教えは常に肝に銘じています。10日交換ですね。その通り、お前の大事なものを一つ渡す。もしくは師匠に勝つ。どうなってんだよ。なんで急に戦い始めた？傷ついてるようだな。この私には勝てまい。出直してきなさい。私にそんな時間はありません。それでは10日交換しかない。お前の大切なものを差し出すんだ。師匠、そう言われても私にはお渡しできるものがありません。そんなに食い下がるとはお前らしくないじゃないか。私には戦うべき理由がある。タンモク危ない！命知らずだな。避けようともしない。私が傷つけたりできないとでも？師匠は手加減などしないでしょう。しかしとにかく今は私の勝ちです。キヨ、大丈夫か？どうしてこんなひどい傷に苦しんでる？あんなに激しく戦えば傷も開きますよ。誰がこんなことをしたんだ？私が仇を討ってやろう。師匠のせいだと思いますけど。急ぎなさい。早く薬を持ってくるのです。はい。言ってみろ。命を懸けてまで私に頼みたいこととは何だ？あの剣です。落月剣のことか。短木家に伝わる宝剣で悪霊を退治し、この世の秩序を守るもの。それが霊力がこの剣で封じられた時はどうすれば？その傷は落月剣によるものだったのか。落月剣に封じられた。ではあの者の魂を消さなくてはならない。他に方法はありませんか？もうお前の質問には答えたぞ。私に勝てば追加の質問を許そう。師匠、それはぼったくりだ。お前の大事なものと交換でもいいんだぞ。何もないんです。私が所有しているものは全て短木家のもの。あるじゃないか。外にいるあの霊はお前の大事なものでは？彼はまだ何も知らないんだろう。はい。話をしてくる。師匠、師匠。いいか、木の世話は任せたぞ。はい。師匠、待ってください。心配するな。出過ぎた真似はしないよ。この剣は君のだね。僕のことがわかるの？もちろん。君は木の英霊だ。私に勝てば彼の勝利としよう。
何するの？気をつけろよ。行くぞ。はあ？おい、待ってくれ。私の弟子を傷つけた罰だ。新仕様やあの赤毛ならともかく、あんたまで説教するのかよ。クソ。丹木木は気にしてないのに、あんたたちみんなうるさすぎるって。いい加減にしてくれよな。大事な弟子の敵を撃つんだろ。来い。丹木木にだけは借りを作りたくない。あ、まだ起きてはいけません。ダメじゃないか、寝てなさい。師匠。早く横になれ。ここで死なれたら丹木家に説明がつかない。丹木さんは師匠のことを心配して。確かにあいつは大した英霊だ。おそらく自分の力の大きさにまだ気づいてない。おい丹木木、聞きたいことはどんどん質問しろ。あんたのために何回でも勝ってやるよ。おいこの古だぬき、蹴りがつくまでとことん相手になってやるぞ。おいおい、そこまでしなくてもいいだろう。陽慶か、その格好は。かっこいい。あの赤毛と戦った時からだ。師匠、あいつが勝ったんです。二つ目の答えを教えてください。いいだろう。剣を鞘に戻せば封印はおのずと解ける。ですが師匠、落月剣の鞘は。僕の記憶では確か。教えられるのはここまでだ。この先はお前たちの運次第だな。剣を鞘に戻せば封印はおのずと解ける。それって。陽慶か、私はもう霊力がない。落月剣で刺されたことで霊力が封じられた。なんでそんなことに？あの本に答えが書いてある。昔ある匠が天命により落月剣を作った。剣は邪神や妖魔まで切れる上、四方の悪霊も鎮めることが可能だ。陽明師への戒めにもなる。陽明師への戒め？陽明師はただの人間だが強い霊力の持ち主だ。邪悪な心が芽生えたらこの世はどうなる？陽明師が魔に落ち横島な道を歩み始めたら、この剣を使って霊力を封じる。昔切られたことがあるが霊力は弱まっただけで失いはしなかった。お前だけがあの剣の力を引き出せる。僕が？どうして？落月剣を作ったのは陽明、あざ名は四世。初代陽明師の落月に仕えていた。四世だって。落月。四世、これが私の根性で最後の雪になるだろう。落月様、何を言うんですか？人生は酒のごとしだ。誰にも強要することはできない。お前の真心さえあればそれで十分だ。落月が魔に落ち民を虐殺するのを防ぐため、陽明は自分の腕で剣を作り、その後一生剣を手放さなかった。彼の死後、剣は丹木家に譲られた。おそらくお前は陽明の子孫だ。確かにうちの先祖は立派な除霊師だったって。デタラメだと思ってたのに、あんたは知ってて僕を英霊にしたのか？いや、何も知らなかった。まだあの時は。剣を鞘に戻せば封印はおのずと解ける。
そうか、分かったぞ。鞘を見つければ封印は解けるんだ。よし、その傷が治ったら鞘を見つけに行くぞ。無駄だ。落月剣には最初から鞘なんてない。師匠。なんだ。確か落月剣に鞘はありませんよね。その通り。ではなぜあんなことを。あれしか方法はない。見つけられるかどうかは運次第だがね。私は見つからないよう祈ってる。そうすれば丹木木は運命から逃れて自分を取り戻せる。きっとあんたもそう望んでるんだろう。何か当てはあるのか？僕の家には行っただろ。両親の墓も僕が作った。墓には何もない。きっとお前の近くにある。知らないだけで。それって。行くぞ。行くってどこに？家に帰る。困ります。使徒様、お待ちください。当主に会わせてもらうわ。体調が優れないので面会はご遠慮。騒がしいわね。何事？それが金貨に使徒様が。当主が怪我をしたと聞いたから夜遅くにもかかわらずお見舞いに来たのに、これは何？誰も出てこないなんて。これが丹木家の客の迎え方なの？申し訳ありません。ですがご当主様は。ご当主は大怪我を負ったので安静が必要なんです。どうかお引き取りください。怪我を負わせたのはあの英霊らしいわね。前に言ったでしょ。あの英霊は疫病神よ。当主の怪我は自業自得だわ。丹木家のことはご心配には及びません。この中にいるのは当主に退治を頼まれた悪霊どもよ。霊力があまりにも強くて一時的に封じるので精一杯だった。当主に合わせて。当主は絶対安静なんです。言ってるでしょ。ずいぶんな態度ね。丹木家に頼まれたからこいつらを封印したのよ。任務が終わって報告に来たのに。ご当主の事情は分かってるけど、封じてるお札の効力は夜明けまでよ。このまま朝が来て悪霊どもが出てきたら今主の手には負えないわ。あら、どうしたの？怖い顔して。そういえばちょっと噂で聞いたんだけど。噂って？陽明氏は落月剣で刺されて霊力を失ったとか。そんなの嘘よ。証拠でもあるの？ジユン、おばあ様。今の話は本当？タモク。大丈夫だ。手に入れることができれば霊力は戻る。あんたなんで霊力にこだわるんだ？そんなに大事か？教えたろ。悪霊はより強い霊力を求めている。だから常に弱った時を狙ってくるんだ。それなら陽明師をやめればいい。お前が羨ましいよ。物事を単純に考えられて。妖怪か。この世で悪霊より恐ろしいもの、それは人間だ。危ない、誰かいる。ジユン、一体どういうことなの？木は事故にあったんでしょ？落月剣で刺されたというのは？すみません。おばあ様の具合が心配だったので私。いいから本当のことを話して。当主が陽経過に落月剣で刺されたのは事実。でも霊力を失ったかは定かではありません。他人の噂に惑わされないでください。噂かどうかは陽明師が出てくれば明らかになります。霊力を失ったとしたら陽明師はもちろん当主の座も危ういんじゃないんですか？ジメ、木を呼んできて。はい。奥様、大変です。ご当主がいつの間にかいなくなりました。なんですって？屋敷の中をくまなく探したのですが見当たらなくて、少し前に裏門でお姿を見かけた者がいると。裏門ですって？なぜそんなところに？
失踪ってどういうこと？ダメよ、諦めちゃう。早くここから出て丹木さんに何があったか伝えなきゃ。あら大変。悪霊の力が強くなってる。いつまで抑えてられるか。おばあ様、一つお願いがあるのですが、当主の代わりに陽明士の仕事をやらせてください。悪霊の浄化を。そうは言うけど、あなた。私は毎日修行しています。霊力は当主に及びませんが、浄化の方法はしっかり覚えています。絶対にこの悪霊を浄化してみせます。早く木を探してきなさい。どこにいるか見当がつきません。探すのよ。家にいなければ外も。夜が明けるまでに連れ戻しなさい。まだお体が回復していなかったら。倒れてても意識があればそれでいい。早く連れ戻して。日の出まではあと1時間ほど。陽明士が戻ってこなかったら災いが訪れる。その時は丹木家に説明を求めるわ。丹木家の皆さんには1時間もあれば十分ですよね。なんで真夜中に道の真ん中にいるんだ。脅かしやがって。あ、シトリツ大丈夫か？やあ、ご当主、お元気ですか？おいお前、まだ懲りてないのか？嫌がらせかよ。ずっとお待ちしていました。早くあんたに会いたくてね。日の出まではあと1時間ほど。陽明士が戻ってこなかったら災いが訪れる。その時は丹木家に説明を求めるわ。タモキ、おいタモキ。気分爽快。復讐ほど気持ちいいものはない。今夜こそ息の根を止めてやる。悪役のセリフはみんな一緒だな。いい加減にしろ。この落月剣でいたぶってやる。負け犬の遠吠えか？怖くもなんともない。これは驚いた。腕を上げたってことか。前とは違うさ。いつまでもバカじゃない。嘘だよ。しまった、騙された。狙いは丹木か。あばよ、陽明士。丹木決め、あの負け犬どもどこへ逃げやがった。もう少しの辛抱だ。家はすぐそこだぞ。丹木騎。まさかあんたまで尻尾を巻いて逃げるとはな。英霊に霊力を封じられるとは夢にも思わなかったろう。今週は英霊の天敵、行くな。じゃあこれからどうするんだ。この霊符を使って戦うしかない。ぴったりな言葉があったよな。飼い犬に手を噛まれる、恩をあだで返す。二人ともそこまで死に急ぐとはな。冥界に送ってやる。どこに行った丹木騎。
この俺に歯向かうのか。倒せないのか。封じ込めは一時的だ。霊力がなければ相手にならない。丹木家、封印を解く方法は剣を鞘に収めることだけか。他には。知らなくていい。僕が消えればいいんだろう。だったら消してくれ。あんたは力を取り戻してもう逃げるな。あんたは誰もが崇める陽明士だ。コケにされちゃいけない。黙れ。お前のせいと思ったことはない。大体あんたが僕を責めようとしないから。なおさら丹木家。イライラする。お嬢様キャラなんてもうやってらんない。窓から出られないなら正面から突破してやる。丹木さんのためよ、一か八か。まさかあの時から。なんで黙ってたんだよ。こんな我慢して。陽慶か、よく聞け。あいつが来たら私に構わず先に行け。もう喋るなって。助けを呼ぶ。血を止めないと。勝手に出てきたんだ。この状態を人には見せられない。私が霊力にこだわるのは持って生まれた力であり、これを使う以外生きる道はないからだ。力を失えば私の存在意義もなくなる。わかるだろう。丹木の気持ちがわかる気がする。強大な力があるから強い自分でいられる。でもその力を失えば迷い、恐れ、不安にもなる。彼は神じゃない。普通の人間だ。みんなと同じ人間なんだ。前に言ってたよな。あんたが死ねば僕も消えるって。僕はもう二度と逃げない。あれは嘘だ。その紐はアンダー私の神、私の命の源だ。私が死んでもそれを身につけてれば消えることはない。行くんだ。私はもうお前を守れない。行くってどこへ。60メートルの距離の制限があるんだぞ。今からお前は自由の身だ。よう、こんなとこでイチャついてたのか。レーフごときで俺を足止めできると思ったのか。甘いぞ。今度は僕があんたを守る。行け。丹木家。丹木家。行け。これは命令だ。約束を忘れるな。ラクエス様、なぜこんな。何事にも終わりがある。おそらくこれが私の結末だ。ラクエス様、ラクエス様。なんて様だ。約束を忘れたのか。陰鉄、なんでここに。それはこっちのセリフだ。陽明士を守るんだろ。なぜこんなところへ飛ばされた。丹木家は僕を守るために。そうだ、あんたなら救えるはずだ。急がないと。あいつが死んじまう。どうした。あいつが心配なんだろ。バカ野郎。行けるならとっくに行ってる。私は丹木家の裏山から出られない。
じゃあ僕が行く。走っていくつもりか？着く頃には死んでるぞ。じゃあどうしろってんだよ。剣をよく見ろ。落月剣。何を感じる？僕を幻覚で操り殺させようとした。そう何度も騙されないぞ。もう操られない。違う。よく聞け。全ての剣には匠の思いがこもってる。落月剣も同じだ。使いこなしたいなら拒んでないでその思いを理解しろ。落月様、落月様。じゃあこれはヨーネイの思い。行け。私とは違い広い世界へな。お前は自由だ。落月様、自由などとっくに手放しました。あなたとの約束は必ず果たします。これがあなたの結末なら私は落月が魔に落ち民を虐殺するのを防ぐためヨーネイは自分の腕で剣を作りその後一生剣を手放さなかった。どこへ行こうとも私がいたい場所は一つだけ。落月様の傍ら。誰だ？絶対に離れない。私を怒らせたらこうよ。一体何の音？おそらく倉庫から。見てきておくれ。はい。何なのこれ。霊の力が強すぎてもう抑えてられないわ。おばあ様、私にやらせてください。ダメよ。見てわからない？緊急事態じゃないの。あなたの企みは全部お見通しよ。自由に浄化をさせて木は職場放棄したというんでしょ。事実その通りでしょ。陽明士が使命を忘れその職務を怠った場合は昔からどんな処分が下されるか。最悪の場合陽明士の地位を追われても仕方ない。地位を追われる？なぜ戻った？距離の制限ならもう。ド M なんだよ。行くぞ。立ち筋が速い。まるで体の一部のようだ。お前には興味なかったがそこまで消されたいって言うならよそ見してんじゃね同じ手に乗ると思ったか。これぞ使徒家の家宝記名札だ。霊はこのお札の力から逃れられない。さあお前はどうする？強行突破でもしてみるか？これは弱みのない霊魂などは存在しない。記名札は心の一番弱いところから入り絶望に引きずり込むんだ。お前を俺の操り人形にしてやる。余計か。いいから逃げろ。この野郎死にかけてるくせに邪魔するんじゃねえ。いい気になるな。借りは全部返してもらうぞ。利子もつけてな。
おい弾幕を離せ。こいつを救おうってのか。お前が命ある限り一生かけてでも俺は絶対諦めない。こいつを殺すことをな。なんでそこまで憎むんだ。こいつは俺の大事な人を二人も殺したんだよ。丹木木が今までどんなことをしてきたのか忘れたの？頑固な無法者で無理やり英霊と契約し剣を賜った。その上霊力を失って消息不明になり世界を危険にさらした。傲慢だし仁義のかけらもないのよ。陽明師の地位を追われても当然ね。黙って。陽明師を非難できる立場じゃないでしょ。そうそう、丹木木は外から連れてこられた隠し子。陽明師にしちゃいけなかったのよ。そんなの誰だって知ってることじゃない。あの神竜家のクズ女のせいで町中大騒ぎになって。やめなさい。あの女の話はしないでちょうだい。興奮なさるとお体の方が。おばあ様、ここは私に任せてください。その女をすぐここから追い出すのよ。へえ、帰らないと言ったら私をどうにかできるの？やめて。もう容赦しないわよ。婚約者の留守は私がしっかり守らなくちゃ。そんな嘘だろ。丹木木は人を殺さない。お前ってやつは本当に何も知らないんだな。こいつはこの世に出てきちゃいけなかったんだ。犠牲者はとんでもない数になるんだぜ。こいつはな、人殺しなんだよ。陽慶か、気をつけろ。よーし、いただきだ。あの紐は私の髪を編んだもので、私の命の源だ。私が死んでもそれを身につけてれば消えることはない。返せ。おいおい、そんな体で強がるなよ。さっさとその手を離せ。この紐が切れちまったら英霊は一体どうなるんだろうな。楽しみだよ。タモキ。ずいぶん忠実な英霊だな。お前の生年月日を決して吐かなかったよ。だが呪いをかける方法は一つじゃない。いいから行くんだ、陽慶か。見てるんじゃない。見るなと言ってるだろう。すぐにでも死んでしまいたいだろう。そう簡単に死なせてたまるか。死ぬよりもっと辛い思いをさせてやる。またあなた？丹木さんのことさっきなんて言った？うっかりしてたわ。この小娘も霊媒師、しかも年幼体質、術が使える。隠し子ですって。じゃああんたたちは何？生活してる場所、浴びる日差し、吸う空気、すべてあの人が命を懸けて守ってる。しとけはずっと丹木家の庇護を受けてきた。そのおかげで今まで生きてこれたんでしょ。それでも丹木木は陽明師失格だわ。陽明師失格？あんたたち何も気づいてなかったの？彼は誰も見ていないところであらゆる手を尽くしていたのよ。言うだけなら簡単ね。何か証拠でもあるっていうの？この悪霊は封印されてるけど、夜が明けるまでに戻ってこなかったら丹木木は陽明師失格ってこと。絶対に戻ってくる。だってあの人には最高の英霊がついてるもの。ひって姿を晒したもんだな。ざまみやがれ。
なんだお前、まだいたのかよ。こいつが死ぬのを見物しようってのか。あんたに勝てない僕でもこれくらいのことはできる。約束してくれ。この紐を絶対に切らないこと。約束するよ。嘘ついたら針千本飲ます。妖怪か、やめろ。単目機、これでもう貸し借りはなしだ。霊力を取り戻してずっと陽明酒を続けてくれ。妖怪か。尻尾が騒いでる。まずい、悪霊が外に出てくるぞ。どうして？時間はまだあるはずなのに。おばあ様を守って、私が浄化してみせる。見て、おばあ様、これなら陽明酒になれるかな。陽明酒になっても苦労するだけ。ジウンが普通の子で普通の人生を歩むだけで、私は十分幸せなのよ。ジウン、バカな子ね。我が力はお前らのような虫けらどもに狙えるものではない。失せろ。なんで力？一体何者だ？こいつ妖怪か？いや、魔物。一体何者だ？愚か者、私を知らずともよい。妖怪か。約束を忘れたのか。お前の名前は何だ？自分が誰か忘れるな。残念だったな。なんとか踏ん張っていたようだが、これでもう終わりだ。この賭けはお前の負けだな。かわいそうに。若いのに交通事故に遭うなんて。トラックの運転手はどこ行った？早く救急車呼べ。誰か警察に通報したか？こんなのひどすぎるわ。なんと名門の陽家がこんな風に途絶えるとは。この若者も運が悪い。あなたは偶然だな。出てきて初めて会うのが同じ陽明師とは。おやおや待てよ、除霊師ちゃんも運が悪そうだ。何？魂の考えが読めるのか。その力は地獄から帰ってきた者の証。私と同じで魔に落ちる運命を背負っているな。私が誰かわかるか？わかる。これから何をするかはわかってる。私は陽家の一族に代々封印されていた。封印が解けた今、7日後、こいつの魂が分散すれば私を止める者は誰もいなくなる。除霊師ちゃん、お前でさえ無力だ。7日経っても彼が存在したら。私も陽明師だった。お前の寿命はわかる。いつまでこいつを守れる？1年。この命を懸けて彼を浮遊霊にも悪霊にもさせない。絶対に私とかけるか。いいだろう、見せてもらうよ。我が子孫がどうやって天命に逆らうかをな。この賭けはお前の負けだよ。
陽経過の魂は散った。もう戻ってこない。化け物め来るな。お前みたいな雑魚が根子とは。小悪党のくせによくものさばってくれたな。ふう、貴様の命私が奪わないとでも。すまないな、がっかりさせて。私はまだ負けていない。剣だけで私を鎮める気か。姿勢でもないのに。分かってる。お前にはもう霊力もないんだぞ。分かってるさ。ならば何があるというのだ。この命だ。ジウンさん、なかなかの腕前ね。どうも。やるべきことをやったまで。君子豊かにしておごらず、これこそ養命士のあるべき姿でしょ。大奥様、一体どう思います？大奥様、養命士の座を開けることは許されません。ジウンさんは悪霊たちを浄化し、力を証明しました。丹木家のことを考えるのなら、ここは対局を見るべきでしょう。ジウンさんを養命士にしてはいかがですか？何を言い出すの？大奥様はジウンさんが力不足だとお考えなのかしら。養命士の身体は勝手に決められない。全ては丹木さんが帰ってからよ。随分と大勢で探したのに見つからないのよ。陽経過と約束したわ。丹木さんと一緒に帰るはず。あの英霊だって今は行方知れずじゃない。そんな無責任なことばかり言ってないで、何か証拠でも見せたらどうなの？私が丹木家にいるのは神家の出身で年陽体質だからよ。このまま夜が明けても丹木木が戻ってこなかったら約束してあげる。私がいる限り神家は養命士に関わらない。そして私はこの丹木家に残り、次の養命士に身を捧げる。そこまで信じる価値があの英霊にあるの？あれ、ここはどこだ？父さん、母さん、いや、二人はもう。両親だけではなくお前も死んでる。僕も？急げ、二人とも行ってしまうぞ。なんだ、進めないぞ。何を迷っている。この世にはもう未練などないはずだろう。いや、僕にはまだ。陽経過、陽経過。誰だ？陽経過。そうだ、まだ言っちゃダメだ。陽経過。丹木落月か。愚か者め、私の行為を無にするとはな。そこをどいてくれ。お前がこうなることを選んだのだ。あいつが呼んでる。それがどうした？養命士と英霊は所詮飼い主と犬じゃないか。おい、何度も言わせるな。あいつが呼んでるんだ。経過。
地獄に送ってやる。こいつに触るな。そいつはもういい。次はお前の番だ。お前の心を蝕み魂を飲み込んでやる。とことん苦しむがいい。経過。僕がちょっとログアウトしただけでこんなことになるとはね。孔子の術を破ったのか。楊慶華様と呼べクソガキ。丹木木をいたぶるのは楽しかったか。誰が守ってると思ってるんだ。死んでもお前らを一緒にさせるもんか。僕はずっとあんたを見てきた。あんたは純粋な人間だ。この世に全てを捧げているのに誰からも報われることはない。踏みにじられるあんたを見るのはもうごめんだ。そうか、やっと分かった。これから先あんたが切れないやつは僕が切る。あんたの代わりに僕が成敗してやる。あんたがこの世を守るというならこの僕があんたを守る。それこそ僕がこの世にいる全ての意味だ。あなたの決意は大層ご立派だけど、残念ながら決まりは決まり。大奥様、もう夜が明けましたわ。おばあ様。ジウンさん、そろそろ養命士になられては。対局をよく見て当主の座に。私丹木ジウンは職務を果たすことを皆様に誓います。ではジウン様、こちらへ。僕楊慶華は養命士の英霊だ。この僕が認める養命士は丹木木ただ一人だけ。意を唱える者はこの楊慶華様を倒してみろ。丹木木め。ここはいい。お前はせよ。平気なのか。私に構うな。急げ。天下一の術。あの変額が鞘だっていうのか。ああ、両親のたった一つの形見なんだろう。でもどこに置いたっけ。私の部屋にあるはず。参ったな、どこにも見当たらないぞ。まさか使用人がゴミだと思って捨てちゃったとか。キーヤ、一体どこに行っていたの。傷も治ってないのに心配してたのよ。虫けらに絡まれて手が離せなかった。使徒家の総元締め、これはどういうこと。なんだい律、目をかけてやったのに足止め一つできないとは。悪霊がまた動き始めた。嘘でしょ、さっき浄化したのに。この程度の悪霊はご当主様なら指一本で何とでもできるんでしょ。私では力不足でした。やはりキー兄さんにお任せします。丹木さん。そんな。ご当主様、どうしたの。まさかおじけづいてるとか。丹木さんは大怪我してるの。やるべきことをしてちょうだい。浄化することは彼の責務でしょ。それができなきゃ養命士ではいられない。よ、経
剣を鞘に戻せば封印はおのずと解ける。こうか？こう？それともこう？ああ、畜生なんだよ。この額にどうやって剣を入れろってんだもう。あ、これは。落月剣が共鳴してる。しまった。悪霊がついに一体化した。なんて強い霊力なの。厄介だわ。当主は何を待っているの？もういいわ、無理しなくても。知ってるのよ。あなたにはもう霊力がない。このままでは死んでしまう。こうしましょう。あなたが陽明士の座を譲れば私たちが代わりに。誰？いつから陽明士が誰かの指示を受けるようにあんたに言われるがままに動けっていうのか。まるで丹木家のご当主を雇ったような口ぶりだけど、あんたなんかに家元の給料が払えるわけないだろ。陽気か。陽明士はこの世と冥界の狭間に立ち、人々の願いを受けている。その力は人々の幸福のためにあるんだ。権力争いの道具なんかじゃない。師匠、どうかしましたか？どうやら鞘が元の位置に戻ったようだ。しかし残念なことに誰一人として輪廻からは抜けられない。よし。どうなってる？これほどの霊力を見るのは何年ぶりかしら。さすがに僕も終わりかと思った。申し訳ありません。ご無礼を働いたことどうかお許しください。おい、さっきのはなんだ？あんなに怒ることないだろ。いや、耳が痛くて力が抑えられなかった。耳が痛い？霊力を制御する神器だ。力を制御できないとき抑えてくれる。あんたって人はどこまで恐ろしいんだよ。どうかお許しを。釈明させてください。今度のことは全て誤解なんです。ご当主にはかないません。その後、おばあ様は使徒家に厳罰を与えた。どんな罰かって？それは僕にもわからない。だってその時僕は。一緒に部屋に来い。おい、大丈夫か？医者に見てもらった方が。必要ない。ジメさんが手当てしてくれる。彼は医者じゃないだろ。僕の言うことを聞いてちゃんとした病院で見てもらえって。命に関わってたらあんたの残りの幸せは。何するんだ？動くな。少しの間だ。あんた何するんだよ。あれ、力が湧いてきたぞ。すまない。お前を傷つけた。だがお前も私を刺した。これでチャラだな。チャラだって？なんだ、寝たのか？これじゃ逆金縛り状態じゃないか。信じよう。余計か。私のフィアンセに何してんのよ。なんだよ、変な想像すんな。話を聞いてくれ。言われすんだ。大股あんたなんかじいちゃん。お
まだあのことを。もはや諦めては。今回はただ私たちが油断しただけ。あの英霊は確かに間抜けだけど、葉姉の子孫なのよ。もう失敗は許されない。葉慶か、あなたの力がどれほどか見せてもらおうじゃない。へへん、僕には必殺技がある。でもそれを見た者は全員死んじゃったね。よいしょ。いけ。うりゃ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 。八宝菜29皿10連だ。やった39連勝だ。何よその技の名前、ダサすぎるでしょ。はあ、自分の手を使ってゲームをするって最高。丹木さんにもらった能力でそれ？丹木さん、お出かけ姿もすごく素敵。私も行くわ。一人にしてくれ。僕は葉慶か。小さい頃両親が死に、家は没落。車も家も仕事もなく、命までもなくした。あのイケメンは丹木木。僕は彼の英霊になった。もともとあいつは人とは群れないけど、この数日は僕まで避けてる。謎なことも多いけど、まだまだ先は長いし、なるようになるさ。案ずるより産むがやすしだ。ああ、いい天気だな。最近ある男に出会った。行動はいつも予測不能でトラブルメーカーだが、時に頼もしい。知ってるか？あいつは私を守ると言った。そう言ってくれるのはお前しかいないと思っていた。私を守るだと。過去を知られるのが怖い。だがいつかあいつは全てを知る。その時は決して私を許さないだろう。姿勢よ、私たちが約束を交わした時、今日のこの状況を想像できたか？姿勢。これは運命なのか、それとも因縁？ただ一人、1000年の時を超え、私は今すべてに終止符を打つことができるのか。僕は葉慶か。小さい頃両親が死に家は没落。パソコンの修理を請け負って細々となんとか生活を送ってきた。近所の人につけられた愛称はパソコン王。きっと神様はそんな暮らしを気の毒に思い、僕をトラックに引かせ新しい役割を与えたんだ。この国は未来の大実業家を一人失ったね。よう慶か、生前飢えてたのか？死ぬ前の3日間何も食べてなかった。腹が減って当然だ。汚いぞ。品よくしろ。彼は丹木木。陰と陽の均衡を保つ陽明師で、僕はその英霊だ。古文ってとこだね。品よくしろだと？黙って食事するなら丸太を相手に一人で食べてるのと同じじゃないか。おならもゲップもしないだけマシと。次から家族たちを呼ぶ。ねえ慶か、木と仲良くしている？一緒に寝ることに慣れた？掛け布団を蹴飛ばしたりしていない？寒ければもっと掛け布団を運ばせるわ。勘弁してくれ。丹木木は固い男だけど、彼にできないことは何もない。頭もいいし家事もこなせる。妖怪退治もできてゲームのヒーローみたいだ。完璧すぎて気が見たくなる。あんたの英霊になって長いけど何も教わったことない。訓練とかしなくていいのか？私は飲み込みが早い。教えるのは苦手だ。なんて嫌味なやつなんだ。とにかく僕は強くなりたい。師匠に勝っただろう。十分だ。ダメだ。せめてあの赤毛に勝ちたい。ほう、いいんですか。わかった。
今日から陰鉄に弟子入りしろ。なんだって。おい、何の冗談だよ。こいつは陰鉄陽子だ。丹木家の裏山の主で強いことは強いがつかみどころがない。なあ丹木家、本気で言ってるのか？陰鉄はかつて英霊だったし、お前はこいつに勝ちたいんだろ。だから適任だ。もし断ると言ったら？私に負けたお前に断る権利はない。私は戻る。二人でうまくやれ。丹木家。こいつに教えたくない。キーちゃん、本当に置いてくの？陰鉄様はともかく他の妖怪に狙われる。なんで自分で教えないの？実力も知識もあるし、一番適任でしょ？時間がないんだ。時間がない？赤毛の野郎、何が基礎練だ。こんな練習させやがって。霊体に筋トレなんて必要ないだろう。絶対嫌がらせだ。止まれ。立ち上がれ。もう逃げられないぞ。やめろ。僕の縄張りで勝手な真似をするな。またお前か。そいつは妖怪だ。妖怪同士のことに首を突っ込むな。女の子をいじめるな。どうやったら女に見えるんだ。とにかくここでは僕がルールだ。陽明師と陰鉄様がいなけりゃボコボコにしてやるところだ。戻るぞ。はいはい、いつでもどうぞ。気をつけて帰れよ。君はここの妖怪じゃないよね。陽明師の敷地だし帰った方がいい。助けてくれてありがとう。お兄さんは？教えてあげよう。僕は陽明師の英霊さ。今の陽明師様は歴代最強って聞いたよ。本当に陽明師様の英霊？おい、バカにしてるのか？そこでよーく見てろよ、僕の実力を。かっこよく決まったな。英霊さんすごい。今日から古文になるよ。何でも言うことを聞く。へへ、僕の凄さが分かっただろ。うん、すごい。そうだ、英霊さん、陽明師様と親しいなら僕にも会わせてくれない？丹木木に？陽明師様に頼みがあるの。でもダメなら別にいいんだ。陽明師様は怖い人かもしれないし。大丈夫、気さくな人だし僕に任せておいて。よかった。やっぱり英霊さんは頼りになるね。断る。なんでだよ、あんた話の分かる人だろ。初めて言われたぞ。キーちゃまの意見ちょっとでいいからさ。キーちゃまって本当はフレンドリーじゃん。フレンドリーだと？妖怪などと私が親しくするわけがない。丹木木、あの子に期待させちゃったんだよ。ちゃちゃーっと言って会うだけでいいんだ。頼むよ。丹木木はいつもこんな調子で誰のことも相手にしない。話しやすい人だと思ってたけど僕だけなのか？英霊さん、陽明師様と会える？今日は天気がいいな。とっても気持ちいい。
散歩に出かけよう。僕についてきて。見て、僕のお守り。これを陽明師様に送ったら？ああ、綺麗だね。君の本体だろ。君自身を送るのと同じことだぞ。確かに。じゃあいつになれば会える？実は最近忙しくてやっぱり会ってくれないんだね。違うよ、会ってくれる。でも本当に忙しいんだ。なんであいつに会いたいの？故郷が襲われたんだ。長老たちと一緒に逃げたんだけど、ここまで来られたのは僕だけでさ。陽明師様は魂の願いを聞いてくれるんだよね。だから助けてほしいんだ。子供なのに苦労してるんだな。この山の環境はどうやら僕に合わない。このままじゃきっと僕も。大丈夫、あいつを説得して絶対に会わせてあげる。ありがとう、英霊さん。数日おとなしく待ってて、騒ぎを起こすなよ。丹木木、あの子に会うんだ。うるさい、忙しい。お札の方が精霊より大事なのか？故郷が襲われ、あんたの助けが必要なんだ。まさか友達になったのか？ケイカ、妖怪を信じるな。惑わされるぞ。キー様、リン様が庭でお待ちです。ああ。丹木木、もう一度聞く。行くのか行かないのか。その子は妖怪だ。何度も同じことを言わせるな。師匠。ああ、キ、座れ。これをどこで知った？霊魂を縛れる伝説の魂縛宿命人。あることに必要なのです。キ、これが禁忌の術と知ってのことか？はい。ですがとても重要なのです。彼の存在に関わります。何が願いを聞くだ、偽善者め。ランラランララン、陽明師様、ランラランララン。ようこそ。まだこの山にいたのか？おとなしく帰ればよかったのに。痛い目に遭いたいのか？陰鉄様に差し出そう。ああ。あれ、石ころは。おーい、石ころ。石ころ。変だぞ、どこ行った？私の言葉がわからないのか？山から失せ、陽明師に近づくな。一歩でもこの山に入れば命はないぞ。絶対陽明師様に会うんだ。みんなが僕を待ってる。インテ様、あのエレがまた来ました。やめろ、その子は僕の仲間だ。よう、私の弟子じゃないか。訓練もしないで仲間とつるんで師匠に逆らおうってのか？エレさん、その子を傷つけたら僕が。なんだそう虚勢を張るな。お前の主に代わり雑念を払ってやってる。私に感謝するべきだろう。その子を離せ。まあいいだろう。可愛い弟子からの頼みだ。聞き入れてやるとしよう。何する気だ？話してやるよ。やめろー！石ころ！お前、これで満足か？赤毛め、ふざけるな！あいつのために師匠を殺す気か？上等だ。懲らしめてやる。様たちが
戦ってる。逃げるぞ。お前の自業自得だ。強くなれたと思ったが、まだこれほど差があったか。弟子の分際で師匠に勝てるわけがない。私の英霊によくも手を挙げたな。丹木木、なんてことしてくれるんだ。言ったろ、私の英霊を傷つける。耳にタコができるほど聞いたぞ。懲りないやつめ。せっかくだ、見せてもらおう最強霊力者の実力を。丹木木、すごい。丸腰で対等に戦ってる。そうだ、石ころ。石ころ、しっかりしろ。英霊さん、石ころ、助けてくれてありがとう。今すぐ丹木に合わせてやる。あの光は陽明師様だよね。うん、君に会いに来たんだ。もうすぐあいつに会えるぞ。やっぱり優しい人なんだね。あいつが救ってくれる。僕はもうすぐ死ぬんだ。石から生まれた妖怪は故郷を離れると死ぬんだ。僕たちは陽明師様の力で人の姿になれる。毎年祭祀の時期、司祭様が放つ光が遠くから降り注ぐから、その光を浴び洗礼を受ける。もしかすると故郷はもうなくなって仲間も死んでるかもしれない。でも思い切ってここへ来たのは、この世を去る前に司祭様にお礼を言いたかったんだ。故郷は人間に壊された。だけど司祭様も人間だ。この世には司祭様のような人もいるなら安心して死ねる。だけど会えないのは残念だな。会えるよ、そこにいる。すぐに会えるよ。丹木木、やっと会わせることができた。石ころ、石ころ。例の友達か。あんたに力をもらったからお礼を言うため遠くからわざわざ来たってのに、なんで会ってやらないのさ。ケイか。話したくない。丹木木、奴を守った結果がこれだ。余計なお世話だ。この山ごと潰すぞ。陰鉄様、なぜキーちゃんとやり合うの？叶わないのに。ちょっとした暇つぶしってとこだ。さすがあんたの息子だな、銀。私も銀様が恋しい。ケイか。これはあの子だ。
身につけていればいつの日かまた人の姿になれるかもしれない。本当に？その子に邪心がないとは言い切れないから会わなかった。そんな経験を何度もしてきた。石ころを見てたらあること姿が重なったんだ。当時通学路に工事現場があって、いつも男の子が一人で砂遊びをしてた。お前って変だよな。あいつんちはおかしいぞ。やめろ、いじめるな。この子は僕が守る。でもお互いに名前を知る前に僕たちは別れてしまった。だから少しでも石ころの力になってあげたかったんだ。それはいつのことだ？小学生の頃だから10年以上前かな。母さん、友達ができたよ。本当によかったわね。その子も霊が見えるって。どうした？いや、わかるか？パクトコネクトが。パクトコネクト。命令と陽明師の魂とパワーの共有だ。丹木。おい、またキスする気か？パクトなんちゃらをするなら他の方法にしてくれよ。ああ、だが魂の共有は簡単ではない。驚くなよ。ここは私の魂の海だ。丹木。人間の霊は人生で最も輝いていた時の姿になって現れる。僕の知らない丹木木だ。下は何？見るな。お前は見なくていい。私と近いよ、ケイカ。聞きたいことがたくさんあったけど口に出せなかった。知りすぎたら僕たちの関係が変わってしまう気がしたから。警備は厳重で裏山には陽子がいる。どう侵入すればいい？新入りのエレを利用しよう。あいつは弱い。バカ言うな。奴が来て誰一人手出しできなくなったんだぞ。だから家元に直接手を下せばいい。だがどうやって引き離す？英霊と引き離せば倒す方法はいくらでもある。あれを利用してやるのだ。キはいじめなどしてません。お宅の子がちょっかいを出したのでは？失礼ね。その目で見たっての？危ない。異常なほどの拒絶反応だ。お母さん、輸血で拒絶反応を起こすことをなぜ言わなかったんです？輸血量が少ないから良かったものの、何かあっては責任取れませんよ。私も今初めて知りました。なんてひ弱な子なの？わざと倒れて治療費をせびるつもりなのかしら。気をつけて、絶対払っちゃダメよ。セン、気を連れて引っ越しましょう。はい。あの子だ。身につけていればいつの日かまた人の姿になれるかもしれない。いつになればまた会えるんだろう。よー、ケイカ？パートナーになってくれる約束でしょ？隣の丹木木に聞かれたらイメージ台無しだぞ。構わない。どうせ好きになってくれないもの。足の指を描いてるこのおばさんは丹木木のフィアンセだ。妻として認められたくてずっと猫をかぶってる。
でも僕に妻の座を奪われたと思い諦めたみたいだ。また瞬殺されたまだ一回も勝てたことがないの。協力するのしないの。お札あなたが書いたの？あの赤毛からの宿題なんだ。くそ、死んでも宿題する羽目になるとは。なんて下手くそなの。まさに幽霊が書いた文字って感じね。うるさいな。いい？お札っていうのはね、こう書くのよ。おお、君はお札を書くのが得意なんだね。じゃ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 ーん。なんで英語なんだ？これの意味は？ほんとバカね。 G-A-Y ゲイって読むの。あなたは神っていう意味なのよ。昔はヨーロッパでも文字を右から左に書いたの。だから紀元前15世紀頃から GAY はあなたは神っていう意味を表してる。つまり神のご加護のある言葉なの。今はお化けも国際化してるから。丹木家には必要なお札なのよ。西洋のお化けから丹木さんを守らないとね。丹木木は GAY。 確かにあいつは神のような存在だ。だったらたくさん書くよ。これを屋敷中に貼れば西洋のお化けは近づけないからな。いい考えね。あなたは丹木さん思いだわ。バカは例になっても騙されるのね。丹木さんがどうお仕置きするか楽しみだわ。ようケイカ、何を書いてる？見て、あんたのために書いた。どうだ、あんたは西洋のお化けには不慣れだからご神謡にたっくさん書いてやったよ。あんたは国内では養命士で外国ではゲイだ。ふざけるな。二人とも来い。丹木さん待って。行為を無限にしやがって。神になりたくないのか。何様だよ。一緒にショッピングしてくれるの？うん。やったー。これすごく素敵。こっちのも素敵だわ。このバッグもいいわね。意外だよ。あんたもウィンドウショッピングするんだな。おそらく今日が最初で最後だ。彼女の誕生日を一緒に祝えるのは。こっちも素敵だわ。どうしよう、全部欲しい。誕生日なんだから奮発して全部買えば。ようケイカ、例題だからって覗かないでよ。出てって。なんで誕生日だって知ってるの？丹木木が言ってた。誕生日を覚えててくれたの？ありがとうございました。お会計はまだ。お客様がお買いになるものはすべて丹木様がお支払いに。くそ、金持ちはああやって女を虜にするのか。これ似合う？まあまあだ。これは？あの二人モデルみたい。リナ美女だわ。写真撮っちゃおう。3人で歩いてるのにみんなには僕の姿が見えないんだ。そこ行きましょうよ。ねえ、いいでしょ？ああ楽しみ。早く早く。
これが実戦だったら死んでるぞ。クソギツネ、不意打ちは卑怯だぞ。それに僕はとっくに死んでる。私の授業を抜け出すとはな。次は魂を散らすぞ。お前の猫パンチなんか痛くないもんね。痛くない？そうさ、痛くも痒くもない。へへ、もう一回殴ってみろ。まさかパクトコネクト？あ、そういうことか。丹木木の魂とパワーを共有したんだ。僕を怒らせるなよ。今の僕は天下無敵だ。ようケイカ、よく聞くんだ。私の弟子として私以外に負けることは許さない。勝てない戦いは避けられなければ逃げろ。絡まれても無視しろ。とにかく自分の身を守れ。ずるいだろ。弱気な教えね。どんな教えだよ。勝てない戦いは逃げろだなんてさ。もう帰る。本気なのか？あいつが虐げられないようにな。あれは本物のパクトコネクトじゃない。一体何なんだ？いくら体の回復が早くても命は粗末にするな。受けたダメージは元に戻らないんだ。いつの日か耐えられなくなるぞ。お前があいつに手を挙げなければ私に影響はない。私をからかってるのか？あいつ自身が強くなれば今後は何の心配もなくなる。今の話はあいつには言うな。それでもあんたは私のものだ。ケイカ、強くなれ。うちの子はいじめなどしてません。何が妖怪ですか。うちの子は違います。英霊さん、英霊さん。石ころ。何をしてる？石ころの声が聞こえたんだ。姿だって見えた。その石から霊気は感じられない。それに人の姿になるには数十年はかかる。本当に見たんだ。嘘じゃない。いつも首から下げて毎日可愛がってるから僕には感じるんだな。いい加減にしろ。あんたって人はいつもこうだ。どんなガリ勉君だって休みは必要よ。家に引きこもってるか学校に勉強しに行くかばっかりで大自然の美しい景色も楽しまないなんてどうかしてるわよあんた。だから石ころを感じられないの。このままだと枯れ木になるわよ。出ていけ。授業中だぞ。せっかくお札を貼ってやったのにお礼を言わないどころか怒るなんてひどすぎる。すみません、大丈夫ですか？あなたうちの学部の子？私は実習生としてこの学校に来ているの。僕が見えるのか？あれ、ペンダントがさっきはあったのに。ペンダント？緑色の四角い石で大事なものなんだ。あれかしら。石の精霊？変だよね。いいえ、おとぎ話によく出てくるでしょ。世間は広いし何が起きても不思議はない。でもその精霊とどんな関係なの？大したことじゃ、ただ昔の知り合いに似てるんだ。でももうずっと会ってない。あの実習生が気に入ったのか？まさかつけてたのか？
死んだのにナンパとはな。あんたといたらろくな女の子に出会わない。全員気性が激しい。お姉に凶暴女。やっと僕が見えてまともな女性に出会えた。楽しんで何が悪い。どうせ霊と人間じゃ結ばれないんだ。お前に聞きたいことがある。これはお前の仕業だな。え？丹目決め、優しくするほどつけ上がりやがって。授業だったの。待った。あら、元気がないわね。平気だよ。ボスに乱暴されてるけど、僕は M だし我慢できる。もうこの先生の授業は取らないわ。単位のために出席してるだけよ。なんなのあの先生。今時の学生はひどいな。先生をバカにしてる。いいのよ。私の授業が下手なだけなんだから。誰がそんなこと言ったんだ。僕は好きだ。そうよう経過。授業が始まるぞ。来い。僕は簡単に追い出されないよ。あんたの誘いなんてどうでもいいしね。いつからこの学校で実習をしている？半年くらい前かしら。初めて見た。それは丹目くんの出席率が良くないからよ。話は家で。望むところだ。いやー参った。いいやつだけど変わってるんだ。私は教師に向いてないのかも。そんなことない。向いてると思うよ。学ぶ喜びを教えることが私の夢だった。故郷を離れ必死に勉強して教育大学に入ったの。この実習が終われば教師の資格がもらえる。みんなは都会に残りたがるけど私は違う。故郷に戻るわ。教師が不足してるからね。だから一人前の先生になって子供たちを教えたいの。でも失敗ばかりよ。違う。みんなが分かってないだけだ。信仰を深めればみんなだってちゃんと分かってくれるよ。私とは話したくないと思う。さっきの丹目くんみたいにね。じゃあの難関から攻めよう。これは何だ？あの先生の手作りだ。他人が作ったものは食べない。あの子はね、人柄が良くて努力家だし切り盛り上手なのよ。彼女が来たら私の顔を立てて話してみてくれない？きっとお友達になれるからいいこと。お前は仲人か。見て、来たぞ。待ってたよ。来い。しばらくどこかに隠れていろ。真実をお前に見せてやる。真実？ごめんなさい、遅れちゃった。飲み物を買いに。気をつけてね。ようくん遅いわね。私が生徒と仲良くなれるようあなたを誘ってくれたの。初めて作ってみたから味に自信はないんだけど、丹目くん食べてみない？ああ。どうかしら。おいしい？丹目くん！丹目くん！丹目くん！そんなに霊力が強いんだもの。私にも分けてちょうだい。薬で倒せるとでも陽明士になって10年になる。もっと卑怯な妖怪を数多く見てきた。妖怪と見抜きながらなぜこれを食べた？あいつに教えてやるためだ。
陽君。あいつは言葉だけでは信じない。しばらくどこかに隠れていろ。真実をお前に見せてやる。嘘じゃないわ。やりたいことがあるの。故郷の子供たちを救いたい。お願い、信じて。君を信じてた。でも間違ってたよ。タンモクキ、立てるか？大丈夫だ。何をする？待て。動けば唇を奪うぞ。教員を目指していた教育実習生が事故で死亡。気の毒だな。夢まであと一歩だったのに。もし僕でも無念だよ。お前が手を下すとはな。彼女はあんたをはめたんだ。あんな弱い霊はどうせすぐ消える。私の力を奪おうとお前を利用した彼女を逆に罠にはめるなんて、私は悪いやつだな。普通の人間が金や権力を欲しがるように、悪霊は私の力を狙う。結界の外は危険だ。今思うと昔出会った赤いワンピースの女の子も同じなんだな。タンモクキ、あんたに近づくのは企みを持つ霊だけか？何の下心も持たない霊は全くいないのか？いるさ、ここにな。いや僕だけじゃない。石ころもそうだ。本当に人の姿になってたんだ。見てて。ケイカ、死んだ者が生き返ることは絶対にない。心で渇望してるものが見えてるだけで全て想像に過ぎないんだ。丹木祈祷陽経過を数日尾行しましたが、離れるどころか絆を深めています。心配するな、この神竜石人の毒虫に。失敗はない。本当に僕の想像なのか？英霊さん、石ころ。陽明師様は嘘ついてる。僕はここにいるでしょ。陽経過、何をしてるんだ？二度とうちの子に近づかせないでください。おばさん、あの子はみんなと違って霊が見えるんだ。助けてやってよ。霊が見える？そんなわけないでしょ。あの化け物まだ入院してるらしいぞ。母さんがあのうちはみんな変だって。おばさんも変な人よね。どうしたんだい？すみません。この家の人留守なの？お隣なら1ヶ月くらい前にどこかへ引っ越したよ。さよならも言えなかった。人は人生で出会いと別れを繰り返す。振り返ってみてもそこにはもう誰もいないんだ。丹木祈祷陽経過を数日尾行しましたが、離れるどころか絆を深めています。心配するな、この神竜石人の毒虫に。失敗はない。本当に僕の想像なのか？英霊さん、石ころ。陽明師様は嘘ついてる。僕はここにいるでしょ。陽経過、何をしてるんだ？本当にあの子を探してくれるのか？もちろんだよ。あの子を守りたい。もう一人にしないって約束したんだ。僕が目を背けたせいで傷つけてしまった。もう一度チャンスが欲しい。僕がチャンスをあげるよ。陽経過、
何をしている？丹木木今石ころと話してたんだ。見えるだろ、ここにいる。どうしたんだ？石ころ、ほら会いたがってた陽明師だよ。こいつの仕業か？やめろ。何するんだ。行くな。あの石は取りつかれてる。石ころなんていない。お前が見ているのは幻だ。僕が一番英霊さんのこと分かってる。ほらそこにいるじゃないか。妖怪か。目を覚ませ。石ころ、目がうつろだ。催眠の術にかかってるのか。これほど強い暗示にかけるには宝具が必要なはずだ。まさか毒虫か。一体誰が、いつの間に。この毒虫はその者が心の中に抱いている強い願望を見せているだけだ。これほど手の込んだ術になぜ私は気づかなかったんだ。すまない、ケイカ。丹木木、何する気だ。お前を呪縛から解くためその石を切る。切るって、これは石ころの本体だぞ。まだ聞きたいことが。英霊さん、僕はあの子の居場所を知ってるよ。本当？どこにいるの？あの子はよし。石ころ、石ころ、それにもう少しで居場所が分かったのに、なんでこんなことを。なんでだよ。なんで切ったりしたんだ。なんで僕の邪魔をするんだ。僕はどうしたんだ。いつからだ。心の暴走を抑えられない。ただ一人を守りたいだけなのに、なぜうまくいかないんだ。準備完了だ。今度丹木木が外出するとき、あの英霊は同行しないはず。後のことはお前たちに任せた。おい、どこにいる？お前の目の前だ。目の前？いないぞ。斜め前、右45度だ。おいたいた。ずいぶん厳重装備だな。合いびきじゃあるまいし。私の髪の色は目立つからだ。ああ、行くぞ。さっさと行ってさっさと終わらせる。ああその前にツーショット撮ろうぜ。アイスランドに出張？うん、昨日高速鉄道で行ったわ。1週間も会えないなんて私枯れちゃいそう。じゃあ一緒に行けばよかっただろ。断られたの？連れがいるって言うからてっきりあなただと思ってた。じゃあ誰が一緒に？何も聞いてないぞ。ちぇ、あなた英霊でしょ。毎日彼にべったりだし何でも知ってるんじゃないの？何も聞いてない。きっとわざと言わなかったんだ。一体誰と言ったんだろう。噂をすれば影ね。フィアンセを返して欲しけりゃ身代金を払え。ふざけるな！王陽の野郎殴ってやりたい。王陽って誰？風水師よ。今回丹木さんに同行してるって。王陽家の占いで健康な人生を。シミそばかすしは電話一本で駆けつけ心温まる治療をしてあげる。イケメンだけどおつむが残念ね。もうこの年なんだから限界があるわよ。奇跡を信じるんだ。諦めるな。年には抗えないのよ。静かにしろ。騒ぐなと言ったはずだぞ。せっかくの旅行なんだしもっとリラックスしろよ。うい。ふざけるな。いい加減にしないと。今回の任務地はここだ。トンネル工事などで地脈が断たれ大規模な地滑りが頻発している。現地政府の手にも負えない。地脈を修復し風水の流れを変えるぞ。あ、わかった。
な、そういえば英霊と契約したんだろ。なぜ連れてこない？あいつはこういう仕事には興味がない。今頃ゲームに没頭してる。ゲームだと？オタクと英霊の契約をしたのか？あのバカ、今日は荒れてるな。主に見捨てられてご機嫌斜めんだろ。やけに張り切ってるな。昨日も夜中まで練習してたし、ご主人様が不在で欲求不満か？なんてざまだ。独り身になった気分はどうだ？陰鉄、わからないんだ。僕とあいつはどうなってるのか。あんたが言ってた生死を共にする感覚を感じたことがない。僕と丹木木は心が通じ合ってないのかも。僕は本当にあいつの英霊なのか、時々疑ってしまう。今の話はあいつには言うな。何が不安か知らないが、英霊は主の意志に絶対に背くことはできない。一旦契約を結ぶと、それが魂に刻まれ、何人たりとも引き離すことはできなくなる。今日の授業はここまでだ。復習しておけよ。陰鉄様、さっきのは理想論ですよね。英霊と陽明師の絆は何よりも固い。ただ心が揺らげば脆くなる。なんでそんなに着込むんだ？冷え性か？あの日か？バカめ。寒い寒い。なんでこんなに寒いんだ。早く行くぞ。さっさと終わらせたい。おい待ってくれ。ギュッと抱きしめて温めてくれよ。ターゲットが任務エリアに侵入。明朝、任務を実行します。くれぐれも一般人を巻き込むな。本当にいいんですか？心配するな。陽明師は簡単に死なない。ちょっと傷つけて流血させれば丹木家の者はすぐに動く。そして必ず尻尾を出すさ。入って。あ、ジメ、木は無事に着いた？はい。ですがホテルとは別の場所に。なんですって？ GPS によると山にいるようです。山？まさか応用家の人間と二人きりで？そうなります。それは変ね。地面兄さん、依頼書を見せてちょうだい。人里から離れた表現で断層が多いわ。それに狼の群れも出没するみたいね。まずい。もし何かあったら。こんなところで悪党に狙われでもしたら。なぜ手配したホテルに泊まらないの？水道管が破裂し部屋が水浸しになったらしくて、それで。ジメ、すぐ木に電話してそこから離れさせるのよ。なぜ電源を切る？電話が鳴らなきゃぐっすり眠れるからな。返せ。おい勘弁してくれ。ただでさえホテルに泊まれなくって。こんなボロ宿に泊まるだけでも最悪なのに、明日は朝5時から儀式。俺を寝かせない気なのか？儀式の場所は近い。近いったって起きるのは朝の4時だろ。もう寝る。丹木、お前の布団を温めといてやろうか？断る。汚い。あの英霊、こんな朝早くから練習に来た。霊は眠らないからな。頑張ってるようだな。練習相手に強い妖怪を連れてきてやる。必要ない。おや、今日はトゲトゲしいな。あんたとの指定ごっこもここまでだ。寒い寒い。一晩でこんなに雪が積もるのか。なんで朝の5時に儀式をやるんだよ。寒いし足場も悪すぎる。9時の列車で帰るから7時にはここを出る。あ？2時間で終わらせるのか？だから早く風の目を見つけろ。まったく、そんなに英霊が心配なら連れてくればよかっただろ。なんだと？
あ、いやいや、なんでもない。風の目はあそこだ。本当だな。あ？風水や吉凶占いで応用家の右に出る者はいない。すごいな。さすが陽明師だ。終わった。もう終わり？なあ、丹木、どうやったんだ？山の気脈の流れが変わった。問題ないなら帰るぞ。道理でお偉いさんたちにも引く手あまたなわけだ。なあ、俺とコンビを組もう。お前がツッコミで俺がボケの夫婦漫才なら天下を取れるぜ。あ、どうした？お？どういうことだ？なんだあの白い狼の群れは。慌てるな。私の後ろにいろ。狼が。おうよ。勝手に師弟関係を解消できると思うな。僕に指図するな。あいつが僕を必要としてないなら訓練する意味ない。バカ野郎！経過。このナイフは丹木木の父親からもらったものだ。当時の私は今のお前と同じで何も知らなかった。銀が残した唯一のものだ。丹木木もお前に何か渡しただろう。この紐を絶対に切らないこと。妖怪か、やめろ。今のお前には何が残ってる？サレーリングを外さないこと。それはかつて私がはめていたものだが、銀がその手で外したんだ。このリングは？サレーリングは丹木家に代々伝わる宝具で、この世に一対しかない。粗末に扱うなら私がいただく。どれだけ私がそれを欲しいと思っているか。体がどうなってるんだ？これは陽明師の召喚の術だ。キーちゃんに何か。私たちはここから出られない。召喚できたのなら少なくともまだ生きてる。誰かに様子を見に行かせます。ダメだ。本当に危険な状況なら秘密にしておいた方がいい。妖怪は信用できないからな。あの英霊が私の教えを忘れなければいいんだが。クラクラする。ここはどこだ？経過。丹木！何があったんだ？ものすごい血の量だぞ。この瞬間、誤解やわだかまりは全て消え去った。プライドや立場なんてどうだっていい。今心にあるのはただ一つ、丹木木を守ること。僕が守らなければこいつを失ってしまう。狼どもめ。経過。すまない。呼ぶつもりはなかった。だが気づいたんだ。お前がいないと私はダメだと。丹木、一緒に帰ろう。てかどうやって帰るんだよ。私の携帯が崖の上にある。それを使い地面さんに電話しろ。
いやっと姿を現したな。狼なんか使わずに正々堂々と戦え。まとめて相手になってやる。めっちゃ出てきた。警官、気をつけろ。全員霊能者だ。分かってる。全員まとめて始末してやる。なんなんだ。悪霊か。これほどの数とは。サポートする。ダムキそうだ、それでいい。陽明師は人間を傷つけることはできず、あの英霊は実戦の経験が少ない。戦いに不慣れな英霊を悪霊で牽制し、霊力で人間に手出しできない陽明師を抑える。お前たち汚すぎるぞ。こんなんじゃ僕は封じ込められないぞ。僕にデバフなんか通じないんだからな。警官、危ない、後ろだ。なんて卑怯なんだ。警官。だけどな、痛くも痒くもない。タモク、何してくれてるんだ。うっせよこれ。くそ、離せ。邪魔するやつを切り捨てるのみ。くそ、見たか僕の本気を。警官、何を考えている。自分で自分を刺すなんて。僕は実体がないから剣もすり抜けるかなって思ったんだ。これは落月剣だぞ。どうせキス1回で治るんだろう。無理なら2回でもいいぞ。せっかくの見せ場だったんだ。褒めてくれよ。お前というやつは魂が散るのとはわけが違うんだぞ。何してるんだ。これはあんたが毎日書いてた変な字だろう。こういう時に使うものだったんだな。警官、集中しろ。気持ちを強く持つんだ。タモクキ、僕たち以前どこかで。警官、何も起こらない。重要な部分が消えてしまっている。一体何が足りないんだ。まずい、血を失いすぎた。守ってやる。守ってやるからな。必ず守る。今度は僕があんたを守る。魂にまで私を守ろうとする気持ちが。私は陽明師だ。全ての霊能力者の頂点に君臨する。落ち着くんだ。淡木木、お前に何ができる。
ここどこだ？僕は一体。あ、単木機。目覚めたのね。紳士よ、ここはどこ？単木機は？ここはホテルの一室よ。私もジメイさんと今朝到着したばかりなの。あなたと丹木さんを連れ戻すためにね。丹木さんは無事よ。隣の部屋に。なあ、僕たちを襲った奴らは？あの場にはあなたたちと王陽しかいなかったわ。昨日の夜、丹木さんと連絡が取れないし、変だと思ってすぐに探しに来たの。一歩遅かったけどね。なぜ僕にも声を？その時僕は召喚されてたんだ。彼はあなたに霊力を送ってた。陽明師が英霊のためにそこまでするなんて前代未聞よ。来てくれ、シオ。途中でやめるわけにはいかないんだ。手伝ってくれ、頼む。初めて彼に名前を呼ばれ、初めて彼の手に触れた。手に触れただけで興奮するなんて、キスしたら魂が抜けるかもな。それよりあいつの世話は？ジメイさんが拒否したの。どうして？理由も教えてくれず、問答無用で追い出されたのよ。無事だそうです。ご安心を。そう、よかったわ。陽明師に手を出すとはどこの不届き者かしら。その件は現在調査中です。少しお休みください。タモキ。大丈夫か？どこか痛むところは？記憶は欠けていないか？霊力はどうだ？タモキ、僕なら大丈夫だ。悪かった。拗ねたりして。私が悪いんだ。お前の気持ちも考えず強引に召喚してしまった。嫌だったろ？ちょっと驚いた。でもあんたの状況に比べたらあんなの大したことない。ケイカ、今私に心霊テレパシーを送ってくれたな。なんだって？うっかり心の声を送っちゃったのか。恥ずかしすぎる。石ころの本体を切ったから許してもらえないかと思ってた。タモキ、大丈夫か？おうよ、こっち来なさい。私のタモキさんが休んでるの。帽子はなしよ。タモキさんのお世話係をもっと連れてきていいわね。女神様の言う通りにするよ。彼が王よ。ああ、紳士王の幼なじみだ。なるほどね。あんなに仲がいいってことはそれだけの関係じゃないかも。彼女をものにしたくて私に近づいたんだ。じゃあ恋のライバル？いや違う。私たちは相性が悪く、あいつと関わるとろくなことが起こらない。駐車違反で罰金を取られたり、荒野で道に迷ったりとな。じゃあ関わるな。僕がいるだろ。少し休む。当主様、準備が整いました。帰国は今夜にしますか？ああ。もう帰国して大丈夫なのか？少し眠れば問題ない。よう、ケイカ、あなたも来なさい。わかったよ。いつも寝るときに音楽を聴いてるけど、どんだけ好きなんだよ。なあ、タムキ。もう寝ちゃったのか？
って誰なんだ？次は私が陽明師に会いに行こですがそれでは正体が。う。そんなのはとうにバレてる。丹木家の者は皆切れ者だ。すでに調べはついているはず。だが構うことはない。準備は整っているんだ。あと一押しするだけでいい。証券、明日はお前の命日だ。必ずこの手で連れ戻してやる。さっきとは打って変わって帰った途端シャンとしたぞ。当然よ。彼はこの家の当主だもの。堂々としていなくちゃいけない。それに常に狙われているから、少しでも弱さを見せればつけ込まれるわ。だから約束してちょうだい。今後は何があっても彼から離れないと。紳士よ。出かけてくる。お前は来るな。ダメだ。あんたには悪い虫がつきやすいんだ。一人でなんて行かせられるか。好きにしろ。お墓参りだったのか。せっかくだ。自分の墓にお参りしろ。なんでだよ。自分の墓参りなんて変だろ。なんだ、この墓が不満なのか。正直言って今でも死んだって実感がない。金持ちなんだからもっと豪華な墓にしてくれよ。お前は身寄りがないから役所が埋葬したんだ。私は口出しできない。それに今は豪邸に住んでるだろ。そうだけどよくわからないんだ。お墓の中の遺骨とここにいる僕、どっちが本物の妖警官なのか。両方ともだ。肉体は心と魂を宿す器。魂は消滅せず肉体と時間を凌駕する。よりどころのない執念は悪霊となってしまうが、お前をそうはさせない。今の僕があるのは心の拠り所があるからなのか。帰る場所があるってことか。これから私がお前の家族になる。あの時の言葉はそういう意味だったのか。墓に酒を供えるか。やめとくよ。自分に酒を捧げるなんて縁起が悪そうだ。あんたは誰のお墓参りに来たんだ？ある友人だ。この人？これをくれた人だ。彼の願いを叶えてやりたいんだ。叶えてやれば心置きなく会いに行ける。会えると思ってるのか？お前はあいつに会う資格はない。誰だ？警戒するな。私も証券の墓参りに来た。証券を知ってるのか？知っているとも。お前よりもずっとな。お前よりも長く一緒に暮らしていた。何者なんだ？そんなことはどうでもいい。重要なのは証券が今どこにいるかだ。証券は死にここに埋葬されてる。本当か？あいつの魂を見たのか？一体何の話を？お前に会いたくないから自ら消えたとでも？実は死んでいないと思ったことはないのか？ありえない。この目で見たんだ。私の前で命を落とした。葬儀にも参列した。おお、そうか。うわっ、空っぽだ。そんなことあるわけ？
運転中その英霊に刺され死にかけたことがあったろう。まさかあのお嬢さんの念用の儀だけで瀕死の状態から回復できたと思っているのか。頭を使ってよく考えてみろ。お前は賢いんだろ。からくりを見抜けないわけがないよな。それ以上言うとお前を切るぞ。こいつは恐ろしい。おいタンモッキー、どこ行くんだ。今度現れたら容赦しないからな。キー様、いけません。ジーン様は会議中です。終わるまでお待ちください。お願いします。ジーン様からのご指示なのです。お待ちください。いけません、キー様。当主様、会議中です。証券はどこだ。当主様、証券をどこに隠している。今日の会議はここまで。キー兄さん、どういうつもり？今日は重要な会議だったのよ。教えろ。証券はどこにいる。死人のために騒ぎ立てるの？証券はどこだ。神竜証券はもう死んだ。墓の中は空だった。証券をどこに隠した。何を言ってるの？ジュン、忘れたか。私は気が短い。こんな檀木木は久しぶりに見た。分かったわ、ついてきて。約束して何を見ても取り乱さないと。でなければ扉は開けられない。頭部を撃ってる。手を尽くしたけど命を取り留めるのが精一杯だった。なぜだ。なぜこんなことを。彼の血は唯一あなたと適合するからよ。こうしてなければあなたはとっくに死んでいた。私を生かすことがお前たちにとってそんなに大事なのか。そうだよな。私が生きていることは檀木家にとって重要だ。タモキ。葬儀にも参列したんだ。タモキ。体に触るから中に入ろう。檀木。こんな檀木木は初めて見た。神竜証券とは一体何者なんだ。最も忠実な友であり最も冷酷な裏切り者。タモキ。タモキ。なんですって？昏睡
睡状態？はい。医者によると体に異常はなく過度な疲れが原因のようです。あさっては妻子なのにまったく。あいつの体より妻子の方が大事なのか。おう経過。交代する時が来たのかも。こうなった以上止めたりしないわよ、ジウン。ただ自分で決めた以上覚悟しておくのよ。なんでおばあさんまで冷たくなったんだ。あんたはこの家にとって一番重要な人だと思ってた。それなのに養命士って何なんだ。使い捨ての道具なのか。そうよ、それが養命士の宿命なの。じゃあなぜあんたは養命士になりたいんだ。地面にさ、やはりただの昏睡状態ではない。無魔に疲れています。無魔？最も辛い記憶は時として強大な負のパワーとなり、人を悪夢に陥れ辛い過去を思い起こさせる。永遠に目覚めないこともあるわ。気線がこんなに、しかも全部真っ黒だ。普通の人間ならこの気線を切るだけで助かる。これはあの時と同じだ。待って、彼は大勢の願いを背負う養命士よ。気線の数も普通の人の何千倍もある。あなたに全て切れるの？じゃあどうすればいい？彼の手には赤い印がある。夜道を封印してあるの。その中に入れば彼の魂の記憶がわかる。封印を解けるのは唯一彼の英霊だけよ。夜道へ入り彼を悪夢から救い出せるのはあなただけ。あとは自分でどうにかして。養命士になりたいんだろ。なぜ助けるんだ。私を見くびらないで。檀木木の魂の海へもう一度行くしかない。檀木木の魂の海がこんなに荒れてしまってる。見るな。お前は見なくていい。すまない檀木木。あんたの苦しみの理由を知りたいんだ。あんたを失いたくない。だから何がどうなっても構わない。檀木木を守るためにな。あんたのことを放っておけない。司祭様。司祭？あれは檀木木なのか。初めて見る姿だ。名前は？私の名は神龍証券です。ずっとついてくるつもりか。若様を守ることが任務ですから。でも別に何も起きてはいない。では私のことはお気になさらず。神龍証券？神龍家の末裔で医学に精通し毒の効かない体を持つ、いろんな格闘技をマスターしたやり手のボディーガードなんですってね。それほどでも。ただ若様を守るには十分です。彼のボディーガードなんてやめて私を守ってちょうだいよ。ジウン。気安く呼ばないで。お嬢様でしょ。お嬢様。まったくよそ者のくせに調子に乗ってんじゃないわよ。なんで私じゃなくてあなたにボディーガードが？あなた私の髪飾りを盗んだでしょ。分かってるのよ。私が？いやね、とぼけないで。あんな安物、うちの使用人は一人として目もくれないわ。あなた以外に誰が盗むっていうの？私じゃない。
まあいいわ。数十万程度のものに手を出すとは。母親にろくに物も買ってもらえなかったのね。たく養命士のくせに。そんなに欲しいならあんな髪飾りくらいあなたにくれてやるわよ。私は盗んでいない。母のことを悪く言うな。この私が罪を着せるとでも？本当に違うんだ。私に逆らう気？認めないとまた。若様がみんなに受け入れられていないと聞いてはいましたが、この手を離しなさい。まさかこれほどひどいとは思いませんでした。なんですって。よくも叩いたわね。若様を守るのが私の役目。お許しください。ボディーガードの分際で何をしたか分かってるの？はい、失礼いたしました。手を挙げたことは謝ります。ですがお嬢様もきちんと若様に謝罪をしてください。冗談じゃない。私は本気です。謝罪してください。もういい。女の子をいじめるな。女性だからと特別扱いするのですか？私が手を挙げたのは彼女が過ちを犯したから。私も自分の非は謝りました。過ちに性別は関係ありません。違いますか、若様？探し物ですか？ジウンが苛立ってるのはきっとなくしたのが大事な髪飾りだからだ。よくここで読書してるし、落としたならこの辺りかもと思って。濡れ衣を着せられたのに手助けするんですか？やっぱりあった。ほら、思った通りだ。失礼します。キー様にお願いがございます。ジウンに渡しておいてくれないか？はい。髪飾りを捨てるとは。あいつ怪しいぞ。他人が作ったものは食べてはいけないのになぜ口にしたんです？東園の親戚でどうしても養命師様に会いたいと。天候に恵まれているのは養命師様のおかげです。大奥様にお許しをいただきお礼をお持ちしました。ありがとう。少しなら大丈夫だと思ったんだ。遠くからわざわざ来てくれたし、がっかりさせたくなくて。今後はおやめください。平気だよ。いつものことだからね。少し休めば治る。いつものこと？特殊な人間で変色だと思われたくないんだ。何を言っているんです？体質なのですから。変色などではありません。他の人と比べる必要などありません。卑屈に思うことではないのです。でもそんなことを考えて祭壇に立っていたのですか？誰かの幸せのために自分を犠牲にする価値があるというのですか？犠牲だなんて思ったことはない。みんなの幸せを感じられたら嬉しい。祈りを捧げるとき、私の心も満たされるんだ。みんなの願いを聞き応えることに私は満足している。だから私は楽しいんだ。そうですか。どうしたんだ？なぜそんな質問を？いえ、別に意味はありません。これからは私が若様の食事と生活を管理します。今日のようなことが二度と起こらないように。初めてだ。誰かに気遣ってもらえたのは。若様をお守りするのが役目ですから。
兄さんの言った通りだったよ。彼は生まれながらの養命士だ。何でもできてすごいな。若様の記憶力に比べたら大したことはありません。私の抜けた髪をどうして燃やすんだ？養命士の体は神も同然。体から離れたものは焼却するべきなのです。誰かに悪用されないためにも。若様を守ることが私の役目です。証券、なんだか君は似ているんだ。私の母に。お母様に似てる？最初は証券のことをよく知らなかったし、迷惑かけたくないから護衛なんて余計なことだと思ってた。でも今は丹木家に感謝してるんだ。証券がそばにいてくれてよかった。密書を燃やすとは神竜証券。丹木木に近づいた目的は何なんだ？若様、当主になりたいですか？え？望むなら若様はその座につけます。私の出る幕はないよ。当主代理がいるし、ジウンだっているだろ。若様にはやりたいことはないのですか？当主になれば自由を手に入れられ、普通の人と同じように暮らして学校にも行ける。外の世界を見たいと思わないのですか？この山から出られるなら確かにやりたいことはある。でも別にいいんだ。未来の当主はジウンだろうし、私は争いはしたくないんだ。倉庫の管理の問題だろう。うちの店のせいにするな。薬剤はまとめて仕入れてるし、丹木の本家も同じものを使ってるの。どう考えてもそっちの問題よ。俺たちが薬をすり替えたとでも店の薬を飲んだ人が亡くなったって。本当か？やめなさい。当主代理に調べてもらうわ。それはダメです。薬剤店の責任者は当主代理の叔父です。公正な調査はできません。そういうあんたも大奥様の姪だろう。この家で働く人たちはみんなコネで入ってるものね。若様、何かお気づきなのでは？何か分かったのかい？それは、その薬を飲んだ人たちはみんな悪霊に取りつかれたみたいでした。この屋敷には悪霊がいるということですか？人間の仕業って可能性も。キー様は養命士ですが、まだ子供です。悪霊の仕業だの人間の仕業だの支離滅裂だ。おだまり。何か根拠があるのかい？帳簿と倉庫の記録を調べればわかるかも。ねえ、聞いた？キー様が大手柄を立てたらしいわ。倉庫の管理人が薬剤を高値で横流ししてたなんて誰も気づかなかったわよね。そうよね。大奥様の指示で今も調査を続けてるらしいわ。不正を働いてた人たちは自業自得ね。初手柄おめでとうございます。
どうです？この霊視は 800g あるはずだがわずかに足りない。すり替えられているのかも。ほら、なぜすり替えなんて真似を。もし元の霊視に何か問題があるのかも。若様、あなたは霊視をすり替えた犯人を知っています。ドアを開けてください。調査を行います。ご協力お願いします。大声を出しよって騒動し、何事だ。薬剤横流しの件で大奥様の指示により若様が調査を。夜分にすみません。当主代理に限ってないとは思いますが、念のため調べさせてください。昨べ遅くまで使徒家の者と除霊の件について話してたから疲れてる。帰ってくれ。部屋から霊力の波動が感じられます。まさか薬剤についてた人を呪い殺す悪霊では。バカなことを言うな。私はもう寝るぞ。大事な当主代理の身に何かあっては困ります。失礼します。無礼だぞ。出て行け。これは何だ。触るな。これは霊視積水。起死回生の効果があるという霊薬で何をするつもりですか。数年前当主代理のご子息は重い病を患うも奇跡的に治ったと聞いています。もしや息子の命を救うためにこの霊薬を使っただけだ。そうですか。当主しか触れてはならぬものだぞ。あなたも触れてましたよね、当主代理。ボディーガードの分際で調子に乗るな。証券。私は平気です。当主しか触れてはいけないんですよね。衰弱しきってる。長い間監禁され話もできないのか。当主代理、これはどういうことです。何のことだ。薬を飲んだ人たちと同じ正気を感じる。まさしくその子が悪霊だ。やっと捉えることができたんだ。おじさん、若様はまだ14歳だが彼の前ではどんな魂も嘘をつくことはできない。黄泉の鏡だ。左手で時を遡り右手で再現する。お前に積水という名を授けよう。私は医術に通じているのに我が子すら救ってやることができないのか。師匠、大丈夫です。僕が救ってあげます。精霊の恩返しとは美談ではあるが。父さん、その子の肉体を薬として売れば多くの命が救われる。人間の欲望はとどまることを知らない。毎日少しずつ切るだけだ。命までは奪わないよ。月日が流れ、あなたは漢方医として名を馳せ、薬を求め遠方からも人が訪れるようになった。薬がある精霊の命を削って作られているとも知らず、霊視は1000年をかけ人の形となり、1万年をかけ魂魄を得る。命を消耗し続けた霊視の精霊は正気を生み人間に有害な霊に。だからあなたは新しい霊視とすり替えたが、時すでに遅し、もう手遅れだった。
もう大丈夫。私はその子の師匠で育ての親でもある。その恩に報いるべきだろう。あなたのご子息を救ったじゃありませんか。当主代理、欲を出しすぎです。この件は大奥様に報告します。その子を連れて行くな。お前は当主ではないだろう。勝手な真似をするな。丹木家の養命士です。私が望みさえすれば当主になれるのです。ですからあなたは所詮代理止まりだ。当主がなんだ。考えが甘いぞ。この屋敷の者は皆そいつを口にした。全員そいつの肉を食べているのだ。お前も例外ではないのだぞ。この屋敷でそいつを口にしていないのは私だけだ。責められる筋合いはない。何も間違ってない。そもそもそいつは薬なのだ。薬を口にして何が悪い。人は生きるためにどれだけの命を奪っているか。偉そうに語りおって大概にしろ。私は10日交換は心得ている。神羅万象は天地の断りに従い循環している。私の力は天地から授かったものでいずれ天地に帰る。人間が得たものも決して例外ではない。元の場所に戻っていくのだ。とはいえそれが悪事を働く理由にはなり得ない。今その子を連れて行ったら後悔するぞ。近い将来必ず後悔するからな。本当に連れて行っていいのでしょうか。丹木家の者に追われたらどこに隠れても。私がそんなことはさせませんから。なんだい？礼装の印です。それを持って会いに来てくださればこの子は必ず恩をお返しするでしょう。証券の言っていたことがようやく分かったよ。若様、何がです？私が心に抱いている理想を叶えるためには権力が必要だ。だから私は丹木家の当主になる、そう決めた。若様の願いを叶えるためこの証券命を懸けて支えます。今のが丹木機能過去なのか。どの記憶にも神竜証券って人がいた。でも彼は何かがおかしい。悪夢が増えたぞ。どうなってる？力が出ない。丹木機、あんたの悪夢が僕を拒んでいるようだ。でもこんなとこでくたばれない。前に進むぞ。お前は誰なんだ？おい、卑怯だぞ。挨拶くらいしろよ。彼を悪夢から救い出して。お前を倒せば丹木機は目覚めるってことか。丹木機を返してやれ。これもあいつの記憶なのか。それでは誓いを。どのような人生を歩まれますか？己と天地に恥じぬ人生です。今日から丹木機が
丹木家第13代家元となります。その職務を全うしてください。あ、ご当主様。ご当主様。おばさま。当主への就任おめでとう。当主の責任は重大よ。いい？みんなの信頼を裏切るようなことは絶対にしないでちょうだいね。今後は笑顔を控えてください。私は嫌われたくないんだ。若様は当主になったのです。人が良すぎるとまた舐められてしまいます。それは証券の前でもか。何です？私の髪だよ。証券にあげる。いつもそばにいてくれるお礼だ。私の一存であげられるものはこれくらいしかなくて悪いんだけど、もらってくれるか？もちろんです。当主にはそれなりの威厳が必要です。でも丹木家の外では思う存分笑ってください。証券、一緒に帰ろう。乗って。当主様、乗り方を覚えたばかりなんですから。気をつけてくださいね。うまく年齢をごまかしたね。二人一緒のクラスになれた。そのくらいちょろいもんですよ。当主様、学校に通えて嬉しいですか？嬉しいよ。危ない。ごめんごめん。嬉しくてつい。当主様、何かやりたいことは？何でも遠慮なく言ってください。私ができることならね。証券、私を甘やかすな。当主様は私に甘えてるんですか？悪くないです。ある人を見つけたいんだ。誰なんですか？数年前に会った人だよ。今どんな姿かわからないから探すのは難しいかも。難しくても何とかします。だけど証券は忙しいだろ。他でもない当主様の頼みですから。証券は最高だな。当主様、前を見て。こんなことするの初めてなんだ。痛かったら言ってくれ。優しくするから。当主様、消毒するだけなのに変な言い方やめてください。でも証券は私をかばって怪我したんだ。当主様がご無事ならいいのです。万一怪我をしても私の血があります。でも証券の血を使ったら痛い思いをさせる。安心してください。私がいる限りそんな日が来ることはありません。それよりも教えてください。当主様自身が本当にやりたいことは何ですか？趣味とか興味のあることは？人助けをすることかな。それ以外には？歌うことが好きだ。曲も書いてみたい。そしてみんなに歌ってほしい。証券にもね。はい、やりましょう。本格的に。
皆さんありがとうございます。皆さんにお知らせです。僕たちは来週の学園祭に出演します。そこで丹木くんが新曲を発表します。皆さんぜひ来てください。なんてことをしてくれたの。丹木家の当主が公然と顔を晒して歌って踊るなんて何を考えてるの。丹木家の面目は丸つぶれよ。学校へ行かせたのは悪い遊びを覚えさせるためではないわ。証券ボディーガードでしょ。なぜ止めなかったの。彼は悪くない。私が歌いたいと言ったから。黙りなさい。妻子だって似たようなものじゃないか。どうしてよそではダメなんだ。当主にもしていいことと悪いことがあるの。職務は果たしています。まさか当主は趣味すら持ってはいけないんですか。証券、私と一緒に来なさい。証券、ご心配なく。あなたの仕事は養命士を守ることなのよ。出過ぎた振る舞いだとは思わない？当主様の安全も大事ですが、心身の健康も重要ですから、職務の範囲内かと。ふざけないで。養命士の気は天と地とつながっているのです。妻子のためにも健康でないと。あなたの解雇通知よ。今度また出過ぎた真似をしたら、その解雇通知を持って神龍家に戻りなさい。今日って雨が降る予報だったか。ご安心ください。私は神龍家の息子。大奥様も多めに見てくれますよ。開演は3時です。遅刻厳禁ですよ。そろそろ時間だな。キーヤ。おばあ様、ご用ですか。あなたの考えていることは全てお見通しよ。ここに来た時からずっと見守っているもの。当主になったからには間違いを犯してはならない。どれだけの目が見張っているか。ですがおばあ様、歌うことが好きなだけなのにそんな自由もないのですか。本当の自由なんてないの。地位や権力があれば背負う責任も重くなる。あなたに与えられてる自由には制限があるのよ。わかる？丹木家と神龍家は代々親交があり、証券は神龍家の期待を背負いここに来たの。それは証券の解雇通知よ。渡すかどうかは当主の行動次第ね。それから就任の儀で何を誓ったか覚えている？己と天地に恥じぬ人生です。わかりました。今日は私のラストステージにお越しくださりありがとうございます。この曲は私自身のために書きました。私は歌うことが大好きです。
最高のステージでした。ありがとうございました。これがプレイヤーに入っている曲。あんたは夢を泣く泣く手放したのか。当主様。証券すまなかった。休養ができて知らせる余裕がなかったんだ。怒らないでくれ。代わりに私が歌いました。聞きませんか？どうです？まあまあだ。それだけですか？はあ、頑張って練習したんですよ。もっと褒めてくださいよ。ありがとう。すまなかった。私のせいで。証券がいてくれたらそれでいい。丹木木は16歳にして過去に例を見ないほどの大手柄を上げ、霊能力者の頂点に立った。彼が新たに決めた規則の効果も著しく、若いながらもこの時代の最も優れた当主と言えよう。大げさだよ。いいえ、そう書いてあります。今日はお祝いですし、大勢の方が集まってます。陽明師の誕生日パーティーは交流の場でもあるしね。誕生日おめでとうございます。おお、綺麗だな。当主様の髪を編み込んでいます。え、私があげたものか？これは当主様の命の源です。英霊が必要になった時はこれを渡し契約してください。英霊は必要ない。私には証券がいる。丹木め、覚悟しておけよ。意識を取り戻したら殴ってやるんだからな。当主様、そんなこと言ってたら結婚もできませんよ。構わないよ。嫁師には結婚の自由もないしね。冗談ですってば。ところで探し人のことですが、家がわかりそうです。本当？でもここ数日は来客が多いから外出できないかも。でしたら手紙を書いてはどうですか？私が届けます。あ、じゃあ来客に挨拶をしてくる。当主様。当主様、書けましたか？職場が分かりました。確認しに行ってきます。これを渡してくれ。はい。少し遠い場所なので帰りは遅くなるかと。うん。気をつけて。はい。ご当主様。どうだった？会えた？ご当主様、お茶を。ありがとう。そこに置いて。連日の来客でお疲れだろうからと大奥様がこのお茶を飲んで英気を養うようにと。おばあ様にお礼を伝えて。どうしたんだ？もしもし、証券、どうだった？よかった。なぜか眠いんだ。証券、早く戻ってきてくれ。当主様？当主様、どうしました？ご当主様は外出されてませんよ。大奥様はお客様とお寺へ。蘭様たちはお部屋です。
当主様、主の姿が見えないからって、なぜここに来るの？ふざけないで。当主の身に何かあったら、あなたの責任よ。当主様を見かけなかったか？当主様は、どこに行ったか教えてくれ！当主様、どこです？どこにいらっしゃるんですか？何やってんだよ。奴らはあの山の上だ。丹木木はそこのオンボロの祭壇に縛り付けられてるんだよ。ああ、もうじれったいな。あの山はかつての祭壇がある。証券が来ました。やって止めろ。こいつを救えると思うなよ。当主様茶に毒を持った。永遠に目覚めることはない。毒だと？この方は当主だぞ。そいつのせいで私は落ちぶれたのだ。許せるわけがない。自業自得だろ。真実を暴いただけで間違ったことはしていない。はっ、お前も善人面してるだけだろうが。毒を消せるのは私だけだ。私を殺せるか。調べはついてるぞ。お前の正体は陽明師の。あれほど冷静に人を撃てるなんて。なぜ丹木木の悪夢がこれほど深く絶望に満ちているのか分かったような気がする。あんたのことは口にしないが、その存在が丹木木の人生に影響を与えてる。食事に始まり、いつも聴いている音楽、僕にくれた紐、丹木木そのものにあんたの影がつきまとってる。なんで丹木木はあんたの話をしないんだ。一体あんたはあいつに何をしたんだ。神竜証券。神竜証券。なんてことをしたの？主を守りました。来なさい。よく見なさい。これが主を守った結果よ。大奥様、父をこんな姿にしたあの者に厳罰を与えてください。当主様の命を狙った罰だ。自業自得だろ。濡れ衣だ。我らは妻子を頼んだだけだ。茶に毒を盛り拉致することが。でたらめ言うな。当主様が毒に侵されてるように見えますか？当主様、失礼なことをしてませんよね。気を失ってたからあの時の出来事は。ほらやっぱりあの者が父に怪我を負わせたのです。私たちは丹木家のために祈っていたのに。当主様、大奥様、公正なご判断を。お前も始末すべきだったな。丹木家はじき神竜家に乗っ取られるわね。前当主の妻の私でさえ顔色を伺わないといけないもの。いつの間に神竜家は我が使徒家を抜いてナンバー2になったの？おっしゃる通りです。なんて生意気なボディーガードなんでしょう。おばあ様、証券が何をしたにしろ全ては私のためなのです。ほう。ではこれは何？証券が送った密書よ。証券の部屋で見つけたの。陽明師の体は神も同然。体から離れたものは焼却するべきなんです。誰かに悪用されないためにも。陽明師の髪を隠し持つとは当主様を呪うつもりか？お前たちと一緒にするな。神竜証券、信用してたから銃の所持と屋敷への出入りを許したのよ。どうやら私には人を見る目がなかったようね。それは。黙っていなさい。キア、そもそも何が問題だったかわかる？あなたが権限を与えすぎたから
彼は丹木家のルールを無視し身勝手な振る舞いを。だから今回の件にはあなたにも責任があるわ。キア、誰かに頼りすぎるとこういう結果になるのよ。おい、証券に何する気だ。当主様、彼は密書を送っただけでなく当主様を裏切ろうとしたのですよ。ありえない。密書の暗号が解ければ全て明らかになります。神竜家の者は何と言ってるんです？処分は任せると裏切り行為に失望してましたよ。裏切りか。何かの間違いだ。証券が裏切るわけがない。当主の私が保証する。当主様、事実です。丹木家に来た目的は当主様を監視すること。それは誰の指示だ？これ以上は言えない。神竜証券、どんな気持ちで丹木家にいたんだ？丹木家をただ守りたい一心だ。解けそう。解読できた箇所の内容は丹木家や陽明師に関することです。情報漏洩で間違いないでしょう。手紙にナンバリングがされており、年間数十通送られてるかと。数十通？当主になったのに証券を守れない。すみません、ずっと騙し続けて。何か事情があるんだろう。丹木家の誰かが脅してるのか。誰にも脅されてません。本当です。私の任務はあなたを守ることでした。その任務を全うできて誇りに思っています。証券。当主様、タコ揚げの話を覚えていますか？タコ揚げの話。確か人との関係はタコと同じで、糸を強く握ると高く飛べず、緩めすぎると落ちてしまう。空高く飛ぶタコを強く引くと糸が切れて二度と戻ってこない。こんな時に何を言ってるんだよ。当主様、この世のものには終わりがあるのです。でも一つだけ永遠に続くものが命の思想、魂です。魂とは時の果てに存在し、終わりでもあり始まりでもある。いつか当主様もそんな魂に出会うかもしれません。そこは異次元の世界で現在と未来が同時に進行します。この宇宙の全ては時空の流れの通過点に過ぎないのです。証券、何のことだ。当主様、手を出してください。誕生日ですね。本当の誕生日を。ちゃんとしたプレゼントを用意できませんでしたが。ずっと知ってたんだな。丹木家は複雑です。いいですか？人の言葉は信じないように。でも霊魂は違います。やはり英霊を迎えてください。私はもう一緒にいられません。英霊なんかいらない。証券どこにも行かないで。どこにも行けませんよ。誓います。神竜証券は永遠におそばにいます。証券嫌だ。証券を失いたくない。当主様、何を。一緒にここを離れよう。大変です。神竜証券が当主様と逃げました。何ですって？当主様、どこへ行くんです？どこでもいい。ここから離れよう。
あなたは陽明士、妻子は大丈夫だ。地面さんもジュンもいる。何があろうと証券を逃がすんだ。当主様。神竜証券逃がさないわよ。当主様、それはなりません。ご覧なさい。彼が何年もあなたと丹木家の秘密を漏らしてた動かぬ証拠よ。ずっと外部から指示を受けてた。あなたも彼に操られていたってわけよ。考えてごらんなさい。当主になってから彼が関わっていないことがある？私の誕生日を知ってる。その気になればいつでも私を殺せただろう。証券。証券。なんでだ。なんでこんなことするんだ。銃を下ろして証券。はい、わかりました。神竜証券、当主に何かしたら生きてここを出られないわよ。証券。やめろ、やめるんだ。当主様、覚えていますか？人を簡単に信用してはいけないと。黄泉の鏡を持っていても人の心は見抜けません。証券、撃たないで。おい、やめろ、撃つんじゃない。さようなら。証券。証券、しっかり。証券。少し休ませてください。当主様。証券。証券。起きるんだ。死ぬな。死んじゃダメだ。許さないぞ。私に触るな。離してくれ。証券。この触手は丹木木の苦しみを伝えてくると同時に僕の力を吸い取ってる。僕まで飲み込む気か。分かったぞ。あんたがずっと丹木木に取り付いてたのか。あいつは今でも自分があんたを殺したと自分を責めてる。あいつは何年もの間
悔やみ苦しみ続けてきたんだ。なんで解放してやらないんだ。封印を解けるのは唯一英霊だけよ。夜道へ入り彼を悪夢から救い出せるのはあなただけ。まずい、このままじゃ僕も飲み込まれる。どうすればこいつを倒せるんだ。当主様、人との関係はタコと同じです。空高く飛ぶタコを強く引くと糸はぷつりと切れて二度と戻ってこない。あれは檀木木なのか。あ、檀木木。ずっと待っていたのに現れなかった。今になって分かったんだ。彼の魂が会いに来ない理由が。彼は死んだのに檀木家はその体を利用してた。だから会いに来るはずはないし、許すはずもない。あんたのせいじゃないよ。ケイカ言ってたよな。残された人の方が死んだ人より辛いと。その通りだ。あんな別れ方は嫌だ。せめて理由を話してほしい。毎日待ち続けた。でもどんなに待っても彼は現れなかった。あんたには僕がいる。ずっと離れない。僕は待ってるよ、未来で。そう、目覚めたの。経過はどうしてる？キー兄さんの看病。無事でよかった。今回はあの子の大手柄だわ。では明日の採取は？予定通り行うわよ。先日当主様が襲われた件ですが、神竜家が黒幕なのかも。神竜証券を移動させては。有能な英霊に任せておきましょう。私たちはもう迂闊には動けないしね。遅かれ早かれこんな日が来ると思ってたわ。紳士よ、昔から檀木木のことを知ってるんだよね。ええ、そうよ。以前の檀木さんはとても明るかったわ。あの頃の彼が一番輝いてた。私は証券が嫌いよ。彼のせいで檀木さんは変わってしまったから。檀木さんを深く傷つけたのは彼の死ではなく、彼が無責任に全てを終わらせたことよ。まだ子供だった彼がどれだけ自分を追い詰めて今の姿になったと思う。証券のお葬式の時、檀木さんは涙を流さなかったそうよ。そして彼の死から7日後に彼の墓前で髪を切った。命を奪わなかった証券に感謝しろ。お前らの誰か一人でも死ねば黄泉の鏡で真相が明らかになったのだからな。せいぜい頑張って長生きしろ。
私より先に死ねばすぐに真相を暴いてやる。自分を守ってくれる人は二度と現れないと思ったのかも。あれから彼は変わっていったわ。彼らは証券を消せば前のように丹木さんを操れると思ったようだけど、思惑は外れた。滑稽よね。史上最強の養命士を操ろうだなんて。丹木さんをあれほど穏やかにできるのは神竜証券しかいないのかも。丹木さんを完璧な世界で包み込んでた。でもその世界が壊れたら誰も丹木さんを導くことはできない。証券は自分が死ぬことで今の丹木さんを作り上げたのね。でも数年経って丹木さんはなぜあなたを英霊に。僕を？あなた昔から丹木さんと面識が？ないけど。あなたが死んでしまうずっと前に私たちの知らない丹木さんと。それは向こうへ。また雨か。明日の祭祀が順調にいくといいが。宗主様、準備が整いました。よろしい。すぐに連れ戻してやる。証券。招待状はすべて先週発送を終えており、首都家以外は各家代表が祭祀に参加します。料理は？問題ありません。祭祀終了後すぐに宴を始められます。そう、いいこと。今回の祭祀は重要よ。絶対に失敗は許されないとおばあ様も言ってた。はい。時間ね。陽明氏の様子はどうだ？沐浴と着替えを済ませました。ただ。何なの？どうやらお体の具合が良くないようです。ご当主様、お顔を少し上げてください。ご当主様、祭祀が始まります。お願いです。どうかメイクを。ねえ、一体どうしたのかしら。わからない。朝からこの調子なのよ。丹木木は昨日の夜一睡もしていない。黙って横になってるだけで僕が何を言っても何の反応もしなかった。ただ一言だけ。彼はまだ生きてる。まだ証券を思ってるのか。私が下がって。あなたもよ。でも私に任せて。神竜証券は生きてたのよ。どうして沈んだ顔？祭祀の日だっていうのになんてざまなの？こんな無責任な養命士前代未聞よ。汚らわしいったらないわ。汚らわしい。だったら汚らわしくないお前が行け。いい加減にして。それができるならとっくにやってるわよ。かつて祭祀では人間を生贄にしてたけど、今は陽明師が自分の霊気を神に捧げ天地の霊気を浄化する。祭祀は一度始まると途中で止めることはできない。丹木に何かあったら。大丈夫よ。
彼は心得てるわ。今回の祭祀は重要だもの。本当に大丈夫か？当たり前だろ。天下一の風水師俺王陽陽と一夜を共にした男だ。ヘマするわけがないおうよよ、なぜここにいるの？王陽家の代表として見に来たんだ。神竜家から誰が来るか知ってる？今までと同じようにイクさんじゃないかしら。それが違うのよ。今回神竜家から来たのは大丈夫か？大丈夫です。ちぇ、かっこつけやがって。神竜家の当主が自ら来たの？あいつは神竜家の当主なのか？戦し。キーちゃんの霊力はやっぱり最高だわ。一度浴びたらしばらく修練は必要ない。インテツ様、何か？霊力の波動が変だ。お前らしくないぞ、単木木。おや、なんだか今日は陽明師の様子がいつもと違いますね。何をおっしゃいます。これもあなたにいろいろとお世話になったからよ。なんだかあいつ変じゃないか？祭祀では山の神が霊力を吸い取る。これまではうまく制御できていたわ。でも今日は。大奥様、助けがいるのでは？いいえ、単木家の陽明師がこれくらいの祭祀をこなせないはずないわ。タモキ、大丈夫か？自分を過信してたようだ。この祭祀はやり遂げねばならない。だがみんなに今の状況を知られるわけには。経過、頼みがある。30分後に休憩がある。その時私の体を奪え。体を奪う？私に憑依し体を制御するんだ。そんなこと僕にできるのか？お前は私の英霊だ。お前の他に誰ができる？よかった、いつもの単木木だ。単木木！今行けば祭祀が中断する。私はフィアンセだし、念用の体質を持つ私にしか救えない。あいつは祭祀の経験が豊富だ。きっと持ちこたえる。大奥様、やはり助けを送りましょう。私はご当主を尊敬しています。彼は自分が単木木という一人の人間である前に万民のための陽明師だと心得ている。だからこそ彼は立派な陽明師なのです。違いますか？今血を吐いたよな。どうしたのかしら。タモクさん！もう
大丈夫か？経過、なぜここに？それより教えろ、体を奪う方法を。この状況ではお前に制御は無理だ。早く降りろ。おい、言わないなら強引に霊気を送り込むぞ。経過、何すんだ？動くな。これはあんたの1000倍特許じゃない。足をしっかり、君には俺がいる。ものだ、誰にも渡さない。これは吸い取られていくのを感じる。僕と丹木木の霊力だ。これほど荘厳な力だったのか。そして目の前に広がるのは全く新しい世界。それはこの星の上で次々と湧き上がる命の力だ。採取の成功を祝して乾杯。まったく、あなたのせいで丹木さんがあいつに奪われちゃったじゃない。酒を飲むバー、人も霊も一緒だろう。涙の向こうには花子と花子のツーショット。はい、特に問題ありません。おばあ様は部屋でお休みに。見てくるわ。今日はいいものを見させてもらった。英霊ってああやって憑依するんだな。おばあさんと長老はここに来てないね。謝りに行った方がいいんじゃ。謝る？何をだ？怒り心頭みたいだったからさ。大勢が見てる前で祭壇に登り、あんな破廉恥なことをするなど話にならん。丹木家の面目は丸つぶれだ。けどあのままあいつを見殺しにできないだろう。陽明師が祭壇で死ねるなら名誉なことだ。この人たち正気なのか。祭祀は成功した。何が不満なんだ？決まり事は守らなければならない。その英霊は掟を破った。罰を与える。前に言ったはずだ。私以外はこいつに制裁を加えるな。それを破るのか？何？なんて口の利き方だ。我々は年長者だぞ。大奥様、これは。木は同種なのよ。何も言うことはない。覚えておけ。またこいつに因縁をつけたらこの丹木木が容赦しない。何？丹木家を裏切る気か？かつてのように私を操れると思うな。お前らは私を必要としてるが、私はお前たちなど必要としていない。今の私は強い。お前を証券の二の舞にはしない。絶対にな。今日は本当に助かった。当主様、お元気ですか？証券の墓前では神竜家の当主と知らず失礼を。いいえ、私の方こそつい感情的になった。お気に障るようなことを口走っていたならお詫びいたします。彼は恩人です。私も彼のことは残念に思っています。ほう、それだけですか、ご当主。
ララ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 ラ。ご活躍を祝して乾杯を。気持ちだけいただきます。私は酒を飲まない。おお、忘れてました。体質のことは弟から聞いてます。用心に越したことはありません。証券はいつも配慮してくれました。もう一度証券に会いたくないですか？それはどういう意味です？丹木家の者があいつにしたことは全て知ってます。またあいつを見捨てるのですか？他にも客人が。失礼します。弟はあなたに尽くしてた。なのに名前を聞いただけで逃げるのか？本当は何か考えがあるのでは？おい、言葉に気をつけろ。こいつは人間ができてるから何も言わないけど。やめろ。神竜家の当主だって言うからずっと我慢してたけど、これ以上つまらないことを言えば僕が容赦しないからな。陛下、やめるんだ。用があるので失礼します。丹木。宗主様、彼は証券のところへ。必ず行く。尾行させろ。証券の居場所が分かったらすぐに連れて帰る。はい。丹木家、どこへ行くんだ？丹木家の過ちを正してくる。僕も行く。来るな。お前には関係ない。なんだ、またお前か。この前会った時は八つ咲きにしてやろうと思ったけど、今日はお前のことをみじん切りにしてやりたい。でも今はその顔を整形してやろうか。私たちは2回以上会ってる。いつのことだ？だが君にその記憶はないはずだ。お前はもう一度力を貸してくれ。あの陣を壊すのだ。証券、許してくれ。もう逃げない。過去の全てを終わらせよう。何するんだ？証券の体はこの世にあってはいけないんだ。私の手で終わらせる。本気か？でも顔に書いてある。こんなことすれば必ず後悔するって。あんたは十分頑張った。一人で抱え込むな。半分僕に分けてよ。僕はそのためにいるんだ。少しの間、私の顔を見るな。分かった。大丈夫か？大丈夫だ。僕に考えがある。考え？あんたの黄泉の鏡を使ってみたら？もしかして事件の真相は違うのかもしれない。ほら、霊視積水の時のように。私の記憶を見たのか？それは昨日あんたを沼から救った時、ついでに。全てを？子供の頃の記憶も見たのか？あんたは子供の頃と随分変わったよな。最初に見た時は女の子かと思ったよ。髪は長いし魅力的で変なスイッチが入りそうだった。これからは僕が守ってあげる。そうか、見たのか。ずっとお前に黙ってて怒ってないか？怒ってなんかない。話さないのは考えがあってのことだろ。だけど
ずっとあんたについていって強くなれたら、あんたは僕に何でも話してくれるようになる。黄泉の鏡は証券の体を介して開く。二人で同時に触るぞ。3で行くぞ。1、2、3。どうしたんだ。この嫌な予感は。魂縛の陣が破られた。この時を待ちわびたぞ証券。兄さんと一緒に家に帰ろう。黄泉の鏡は証券の体を介して開く。二人で同時に触るぞ。どうした？何か変だぞ。妙な波動を感じる。これって魂縛の陣が破られた。証券、兄さんと一緒に家に帰ろう。なぜまたここに。ねえ、名前は？私は神竜証券です。証券。私は神竜証券。薬草に精通した由緒ある神竜家に生まれた。兄は私が幼い頃から厳しかったが、それは神竜一族のためだと思っていた。だが兄には将来私が重要な使命を果たすためだと言われた。そして知ったんだ。私はある人を守るために存在しているのだと。父は神竜家の当主で、私は一族で一番末だったからみんなが可愛がってくれた。両親がこの世を去ると兄が当主となった。私はずっと待っていた。兄が言っていた重要な使命が下されるのを。ついにその時がやってきた。成人する前にこの日が来るなんてね。最初はお兄さんの予定が年の近いものと丹木家から要望があったの。兄さんは大人だし子供には好かれないよ。そうね。それに当主だもの。留守にはできない。僕に任せて任務をやり遂げて戻ってくる。今回の任務は簡単に戻っては来られない。あなたが仕える主は丹木家から出られない。片時も離れてはダメよ。時々電話をちょうだい。盗聴されるから電話はするなと兄さんには言われてるよ。雑談なら大丈夫よ。分かった。戻る頃には兄さんと結婚してる？変なこと言わないで。証券、家の鍵だ。持って行きなさい。ここでお前の帰りを待っている。でもこの光景を目にするのはこれが最後となった。私は二度とここへは戻ってこられなかったからだ。丹木家は1000年以上の歴史を持つ名家で、代々陽明士を輩出している。そして現在の陽明士はこの世で最も強い霊力を持ち、全ての祭祀を完璧にこなしてきたという。
そして私の任務は彼を守ることだった。その伝説の養命士は私が想像していたよりもずっと清らかで穏やかで少しの汚れもなく、まるで精霊のようだった。ねえ、名前は？神竜証券です。あなたの護衛です。この時から彼は私の人生において最も重要な人となった。よくも私のものを盗んでくれたわね。私じゃない。彼は本家筋ではないから不当な扱いを受けることが多かった。とぼけないで、早く返して。私は盗んでなんかいない。何よ、この手を離しなさい。若様を守るためです。お許しください。探し物ですか？ジュンが苛立ってるのはきっとなくしたのが大事な髪飾りだからだ。よくここで読書してるし、落としたならこの辺りかもと思って。濡れ衣を着せられたのに手助けするんですか？あ、やっぱりあった。証券、ほら。失礼します。キー様にお願いがございます。ジュンに渡しておいてくれないか？はい。若様は純粋すぎる。彼女に渡したら自分が盗んだと認めるようなものだ。渡すなら他の方法を考えなければ。おや、どこの美人が寂しく泣いているかと思ったらお嬢様だったのですね。髪飾りがまだ見つからないのですか？ほっといて。私なら見つけてあげられます。教えてください。彼の護衛のあなたに関係ないでしょ。残念ですね。神竜家は宝探しが得意なのですよ。でもお気に召さないなら失礼します。待って、見つけられなかったら許さないからね。お任せを。ねえ、まだなの？待たせすぎよ。しばしお待ちを。どこが宝探しが得意なのよ。あ、これですか？これよ、よかった。本当に私の護衛にならない？すみません。私が守るのは養命士です。じゃあ私が養命士になったら？え？養命士になれば私のそばにいてくれるの？おそらく何気ない一言が大きな災いを招こうとはこの時は知る由もなかった。他人が作ったものは食べてはいけないのになぜ口にしたんです？少しなら大丈夫だと思ったんだ。遠くからわざわざ来てくれたし、がっかりさせたくなくて。若様、彼の体は弱々しく触れるだけで壊れてしまいそうだった。こんなか弱い体でどうやってあれほどの重責を背負ってきたのだ。そんなことを考えて祭壇に立ってたのですか？誰かの幸せのために自分を犠牲にする価値があるというのですか？違うよ。犠牲だなんて思ったことはない。みんなの幸せを感じられたら嬉しい。祈りを捧げるとき私も満たされる。みんなの願いを聞き応えることに私は満足している。その時分かった。監視も指導も彼には何の意味もないと。彼の思考は私たちの想像をはるかに超えている。神がなぜ彼に似つかわしくない力を与えたのか分かった気がした。神は彼を信頼し、彼も神から信頼されるに値する。翌日神竜家に最初の密書を送った。ただ一言、彼は生まれながらの養命士だと。彼の体はまだ成長の途中にあったが、すでに消耗し始め、
妻子の後に飲んでいた薬も毎日飲むようになっていた。妻子が終わると霊魂の願いや思いはすべて彼に重くのしかかる。それらを拒否することもできるのだが、彼は決して拒まなかった。若様、何をされてるのですか？妻子で聞いた願いを書き留めてる。これまでもずっとこんなことを？叶えられることは叶えて、叶えられなかったことは書き留めておいて、いつか、必ず、すべての人を幸せにするなど、神でも無理なことだ。正家。若様、聞いてください。私が住んでいた山では、毎年春になると、魚たちが産卵のために川を遡上してきます。熊が冬眠から覚める時期と重なるため、熊たちは、魚が跳ね上がると狙いを定め、そして、パクッと食べてしまいます。ごちそうですからね。若様、いいですか？魚は上流まで行きたくて、熊はお腹を満たしたいと思ってる。魚の願いを叶えれば、熊は餓死し、逆なら魚は全滅してしまう。すべてを叶える必要はありません。じゃあ、私はどうすればいいんだ？伝えるのです。彼らの声に耳を傾け、慰め、浄化する。それが、陽明師の務めなのです。正家、ありがとう。丹木家に来た2年目に最初の指示を受けた。丹木木を当主にすること。だが、彼は当主には向いていない。しかし任務を果たさねば、私がここへ来た意味は何もなくなってしまう。権力を均衡させるため、各勢力のバランスを保つのだ。神竜家の地位を確保するためにも。倉庫の管理の問題だろう。うちの店のせいにするな。薬剤はまとめて仕入れてるし、本家も同じものを使ってる。どう考えてもそっちの問題よ。まさか俺たちが薬をすり替えたとでも言うのか？店の薬を飲んだ人が亡くなったって。本当か？若様が聡明であることをみんなに知らしめれば、任務を完了できる。若様、何かお気づきなのでは？ほう、何か分かったのかい？それは、この件は当主代理が関係しているはず。ここで彼を失脚させれば将来のためにもなり、一挙両得だ。ドアを開けてください。調査を行います。大声を出しよって想像し、何事だ？積水の剣を選んだのは、積水と若様の運命が似ているからだ。身を捧げて人を助け、周りから多くを求められるのに、自分が愛する者の理解は得られない。やめろ！当主しか触れてはならぬものだぞ。あなたも触れてましたよね、当主代理。ボディーガードの分際で調子に乗るな。出ていけ！正家！若様の私への優しさを利用した。機会を見つけて強引に背中を押さなければ、彼は一歩を踏み出せないからだ。私は陽明師です。望みさえすれば城主になれるのです。その通りだ。彼はいずれ万民に敬い慕われるようになる。正家の言う通り、私には権力が必要だ。私が心に抱いている理想を叶えるためにな。だから私は丹木家の当主になる。若様の願いを叶えるため、この正剣、命を懸けて支えます。正家、これで喜んでくれる？
証券の望む人になれた。この時何かに打たれたかのような衝撃が私の心に走った。私は忘れていた。彼が陽明師であること、魂の願いを叶える陽明師なのだ。私が必死になって実現させたのは彼の願いではなく私の願いだったんだ。ずっと彼を守ってると思っていたけど、本当は私が守られていた。彼は見抜いていたんだ。私の瞳の奥にある願いを。この世で私だけは彼に何も求めていない人間だと思っていた。だが私も決して例外ではなかった。突然怖くなった。彼があの舞台に上がると私は遠くから見ているしかない。手を伸ばしても触れることすらできない。当主様、人との関係はタコと同じです。強く握ると高く飛べず、緩めすぎると落ちてしまう。そして空高く飛ぶタコを強く引くと、糸はプツリと切れて二度と戻ってこない。ああ、タコ揚げにはコツがいる。兄さんはいろんなことを教えてくれたけど、誰かを慈しむことだけは教えてくれなかったね。収容所があった場所だ。証券が取り壊しをさせたと手紙に書いてあった。宗主様。宗主様、証券様を見つけました。兄さんすまない。兄さんの命令に背いて彼を学校へ連れて行き、同じ年頃の友人を作りバンドを組んだ。これが彼の望みなのか私の望みなのかはもうわからない。でもそんなことはどうだっていい。彼が私のそばで普通の人と同じように笑ってくれればそれでいい。何を考えているの。今度また出過ぎた真似をしたら、この解雇通知を持って新竜家に戻りなさい。あの日は当主様がステージに立つ予定だった。なぜまだ来ない。彼を見に来たのに。雨だって降ってるのに、いつまで待たせる気。もう帰ろう。つまんねえな、せっかく聞きに来たのに。当主様は時間に正確だ。この時間に来ていないということはもう結局誰一人として彼の歌声を聞くことはなかった。でも歌を残しておくことはできる。証券、私の話を聞くだけでいい。答える必要はない。2ヶ月前、3876人が集団焼身自殺し、教祖は大規模布教の罪でその場で抹殺。1ヶ月前には一人の過激主義者が不術師21人を焼き殺した。霊能力者の人を惑わす力は声により拡散されるからだ。単木器のような究極の霊能力者は簡単に人の理性を失わせてしまう。知らなかったのか。忘れるな。声を発するイベントには単木器を決して参加させるな。言い訳は必要ない。でもお前に忠告しておく。観察しろ。陽明師に個人的な感情を抱いてはならない。同じ過ちは二度と犯すな。観察師ってなんだ。私も初めて聞いた。ここか。はい、単木器が入っていきました。戦師。やっと見つけたぞ、証券。大変です。宴の会場にいる者たちに気づかれそうです。何とかして時間を稼いで。
いや、見せてやろうではないか。大物たちが集まっているんだ。いい機会だ。権勢を誇る丹木家が裏ではどれほど汚いことをしているのかをな。観察士は陽明氏に個人的な感情を抱いてはならない。同じ過ちは二度と犯すな。忘れたことはない。私は丹木家のボディーガードであると同時に極秘の任務を負っていること。家を出た日の兄の言葉は今でも耳に残っている。全力で丹木家を守るのだ。何かあった時彼を救えるのはお前の血だけだ。だが忘れるな。お前の本当の身分は観察士だ。丹木家を常に監視し、不穏な動きや神を欺く行為があれば即刻殺すのだ。神竜家は薬草に精通する名家として丹木家に従属しているように見えるが、その実一族には密かに陽明氏の監視が委ねられており、昔から観察士という身分を隠して陽明氏に仕えている。歴代の陽明氏を補佐し導いてきたのだ。陽明氏の力は強大で誰からも敬われている。彼らが人の道から外れ祭祀を乱すことがあってはならない。これまでに観察士の制裁を受けた陽明氏は数多く存在する。陽明氏の命は短い。だから突然命を落としても怪しまれる可能性は低い。彼らが最も輝いている時に命を奪い汚点を残さないようにしてやるのが神竜家の役目なのだ。丹木家が現在の揺るぎない地位を得られたのは観察士による暗殺のおかげだ。私たちが人知れず彼らの罪や過ちを闇に葬り、丹木家には栄光を、世間には希望を残した。それが彼の本当の身分だったのか。丹木家観察士、私の監視が任務ならなぜあんなことをしたんだ。どうしてだ。丹木家ケイカ、どうした。わからない。急に気分が。誕生日おめでとうございます。彼の重圧を増やしたくなかった。おお、綺麗だな。幼い頃に両親を亡くした彼は親族に優しくしてもらえなかった。当主様の髪を編み込んでいます。え、私があげたものか。これはそのお礼です。当主様、できることならずっとあなたのそばにいたい。でも永遠という言葉ほど儚いものはないのです。永遠？はい。お嬢様は永遠とは何だと思います？待ってて。永遠とは琥珀のようなものよ。時間を封じ込めることね。契約のようなものよ。時間を封じ込める契約のようなもの。あ、例えば結婚とか
ちぎりを交わした男女は永遠に一緒になるでしょ。私は興味ないけど、もしあなたにその気があるなら。私は自分のことで頭がいっぱいで、恋心を抱く少女の気持ちには気づかなかった。おそらくこの時から引き返せなくなっていたのかもしれない。養命士の寿命はたかが十数年。その日が来たらもう彼とは会えない。だから彼に関わる一切のものを残したいと思った。僕の考えが正しければ、彼が望む永遠とはきっと。当主様、書けましたか？職場が分かりました。行ってきます。これを渡してくれ。はい、帰りは遅くなるかと。少し遠いので気をつけて。食事は一緒に食べよう。はい、行ってきます。養命士に個人的な感情を抱いてはならない。でも私は当主様を任務の対象だとは割り切れなくなっていた。兄さん。あいつは神竜石人。ケイカ、どうしたんだ？ケイカ！使いっ走りになり下がったのか？楊ケイカというものは大事な人のようで、他の者には託せないと。収容所はお前が撤去を？当主様が人道に背くと。証券、正直に答えろ。心にあるのは天下のことか、それとも単目機か？彼の命は短い。自由に生きてほしくて。顔を上げて私を見ろ。愚か者め！養命士の命は十数年。生きている間は祭祀を行い、時が来たら黙って死ぬだけだ。他のことに気を取られて、職務がおろそかになり、毎日祭祀に影響したらどうする？生きたいと願い、祭祀をためらいでもしたら、どうなると思っている？兄さんは当主様を分かってない！当主様は、兄さんが思ってるような人じゃない。お前たち。養命士の一挙一動はこの世の存亡に関わる。お前は観察士で部外者だ。個人的な感情を持つな。彼が親友だとて世界の平和に比べたら取るに足らないものだ。確かにその通りだけど、僕には無理です。それをよく見ろ。お前は神竜家の恥だ。全うできぬのなら命を絶て。楊慶華さんにご用ですか？配達のご依頼？あ、いえ、渡したいものが。僕に？請求書じゃないだろうな。当主様に連絡を入れておこう。もしもし、当主様。はい。はい。友達、9月10日に会いたい。なんでその日なんだ？当主様！当主様！ケイカ、この頃のお前と再会してたら、お前だと気づいていたはずだ。
当主様と交わした約束を。でも証券の血を使ったら痛い思いをさせる。ご安心を。私がいる限りそんな日は来ません。私は守ることができなかった。おい、奴を止めろ。こいつを救えると思うなよ。どうした？確かに私は善人ではないが毒を消せるのは私だけだ。私を殺せるのか？こいつは取るに足らないが当主様にとっては脅威だ。それに私の秘密を知っている。生かしてはおけなかった。当主様、お守りすると約束したのに、その約束を果たせませんでした。私は毒の効かない体で神竜家の訓練を受けている。さらにその血は解毒剤にもなる。当主代理に正体を知られたからには他の人が知るのも時間の問題だった。兄さんのところに解雇通知が届いたならこの家にはもう長くはいられない。正体が暴かれるのを心待ちにしていた。そうすれば当主様の前で楽になれると思ったからだ。あの日最後の密書を送った。丹木木とこの世を守ることは相反することではない。兄さんにもそれが分かってほしかった。彼は穏やかで優しく死を恐れない。この少年の命は花のように儚くも美しい。だから送りたかった、永遠を。神竜証券、なんてことをしたの？主を守りました。大奥様、父をこんな姿にしたあの者に厳罰を与えてください。妻子のことは蘭様や一族全員が知っています。その時分かったんだ。全てが罠だと。父が丹木木を殺してしまったらどうしますか？別にいいわ。構わない。もし神竜証券に見つかったら？好都合だわ。彼を丹木家から追い出せる。そして気づいた。私は当主様の足手まといになっていたんだ。神竜家の者は何と言ってるんです？処分は任せると裏切り行為に失望してましたよ。確かに私は裏切り者だ。神竜家を裏切り当主様をも裏切った。何か事情があるんだろ？丹木家の誰かが脅してるのか？脅されてません。私の意志です。すみません。私は卑怯な人間です。成長したあなたにはもはや私は必要ない。なのにあなたを独占しようとしている。あなたを守ると言いながらすがりついていたのは一緒にここを離れよう。私だったのだ。当主様、どこへ？どこでもいい。ここから離れよう。あなたは陽明師、妻子は大丈夫だ。ジメイさんもジウンもいる。私は証券を逃がすんだ。夜が明けたらあのお兄さんのところへ行こう。きっと助けてくれる。当主様とどこまでも走って行きたかった。証券、行きたいところはある？当主様、あなたは陽明師なのですよ。
どこにいようと彼らは必ず見つけ出す。証券。私は待ちなさい。神竜証券、逃がさないわよ。もう逃げられないわよ。トシ様、それはなりません。ご覧なさい。彼が何年もあなたと丹木家の秘密を漏らしてた。動かぬ証拠がここにあるわ。行くぞ。証券、陽明氏が逃げたって本当？ずっと外部から指示を受けてた。あなたも彼に操られていたってわけよ。考えてごらんなさい。あなたが当主になってからの彼の行動を。関人さんは激怒してて、あなたたちを殺しに向かおうとしてる。あなたに残された道は一つよ。私の誕生日を知ってる。その気になればいつでも私を殺せただろう。陽明氏を今すぐ殺しなさい。ねえ、名前は？誰かに気遣ってもらえたのは初めてだ。証券がそばにいてくれてよかった。証券証券、何かの間違いだ。証券が裏切るわけがない。私が保証する。丹木木を殺せばお手柄よ。神竜家の者たちもあなたを受け入れるわ。はい、わかりました。そんなはずは。証券、兄さんは私を分かっていなかった。彼はこの世で唯一私が命を懸けて守りたい人なんだ。当主様、覚えていますか？人を信用してはいけないと。黄泉の鏡を持っていても人の心は見抜けません。やめろ！さようなら。これで私は自由になれる。彼だけのものとなり永遠を送ってやれる。そう思っていた。神竜証券は丹木木を裏切ってなかったのか。なんて悲しい真実なんだ。私が逃げようとせず人を傷つけようとしなかったら証券は知らずに済んだんだな。違うよ。これは彼がきっと心に決めてたことなんだ。時間を封じ込める契約のようなもの。魂のちぎり。彼はあんたの英霊になりたかったんだ。だが彼の魂は会いに来なかった。この陣のせいなのか。魂魄の陣。覚えておけ。この術を学べば全霊能力者を敵に回すことになる。かつてこの術は生きた屍を作ってきたのだ。使えば必ず自分の体に跳ね返る。いいな。生きた屍。肉体を腐敗させないために証券の魂を死体に閉じ込めていたのか。誰だ？弟をここに隠してたのか。やっと見つけたぞ。神竜石人。ケイカ、ケイカ、ケイカ。
いつも陽明師のそばにいるなら少し離れてもらおう。私の区別となれ。なんでだよ、なんで切ったりしたんじゃ。僕はずっと操られてたのか。ケイカ、どうしたんだ。ケイカ、お前の体に毒虫を埋めた私のある言葉でボー。ケイカ、ケイカ、ケイカ。行くぞ。待て。宗師様。どういうことだ。私の霊力が効かない。変ね、近くに誰もいない。おばあ様、おばあ様、入りますよ。誰もいないわ。おいおいよ。暗黙家の者はそっちの状況はもう限界だ。使えないわね。天下一なんでしょ。どうにかしなさい。君がチューしてくれたらね。バカ。檀木家に何があったの。神竜石人は、証券は。ケイカ、あの石を切れば毒虫から解放できると思っていた。だが甘かったようだ。檀木。ケイカ、お前に言っておかなければならないことが。急いでちょうだい。魂縛の陣が破られた今、魂は長く持たない。はいはい。好き勝手に走り回るとは。この山を神竜家の庭と勘違いしてないか。私の許可なくここから出られると思うなよ。やはり来たな。何？戦し証券と戻れ。宗師様は考えがある。行くぞ。はい、捕らえろ。待て。お前たちは私の大事な駒。私のために働いてもらうぞ。集団催眠の術。手配した車は到着しています。山を降りればすぐに神竜家に向かいます。そう。この山を降りる？帰って結構よ。でも証券は置いていって。そうでないと痛い目に遭うわよ。これを渡した時約束した。任務を終えて戻ってくると。だが戻ってきたのはこの鍵だけだった。見ろ、お前は約束を果たせず、あの者がのうのうと生きている。だから私がお前の無念を晴らしてやる。
神竜石人。さすがご当主様。もう犬を連れて追いつくとは。よくも振り回してくれたな。叩き切ってやる。処分を受けろ。証券の兄だ。減刑できるかもしれない。ほう、私のために嘆願を。今だったらまだ取り返しがつく。ご当主様に私を連れ戻す力があるかな。あれはタモキ。タモキに何をしたんだ。寛月鏡だ。神竜家の先祖が作った漢実館と同じく陽明師に対する宝具だ。寛月鏡はお前の霊力を吸い取り、漢実館はお前の力を抑える。私に従った方が賢明だ。あの時もそれを。おい赤毛、何をする気だ。これはまさか。役者は揃ったな。今夜の舞台開演といこうか。丹木家に盾つくつもりはありません。証券を連れて帰りたいのです。お願いします。どうか見逃してください。あなたたちの企みはおばあ様が見抜いてる。ここで引くならあなたたちを見逃してあげてもいいわ。でもなんてずうずうしいの。発端はあなたたちよ。証券は情報を漏洩し丹木家に背いた。丹木家が処罰して当然。何を言おうと無駄のようね。そうよ。証券を置いていきなさい。さもないとあなたたちも帰れない。これはようやく気づいたか。懐かしいだろう。そう、これはあの夜の再現だ。当主様、悔しいか。心が痛むだろう。あの時に戻れたらまたあいつを見殺しにできるかな。あの光景を再現しても何の意味もない。経過は証券じゃない。おお、そうか。経過。丹木家のお嬢様がお札を使うとは。あなたを殺さないようにするためよ。どいて。お嬢様、証券のことが好きなのでは。だったら行かせて。証券は私たちにしか救えない。彼を救うあの時彼が命を絶ったのはあなたからの電話のせいでしょ。あれには訳があるんです。信じて。そんなこと信じないわよ。証券、証券。どうしよう。魂が散り始めた。どいて。あなたのせいよ。あなたがいなければ助かってた。どいて。このゴミを呼んでまだ証券を傷つけるつもり。どきなさい。これは。証券、証券。お嬢様、ここはどこです？ここは
私の魂の海よ。経過。お前の英霊も所詮他の雑魚と同レベル。私の催眠術には抗えない。神竜石寺、何がしたいんだ。お前にチャンスをやろう。何年もの間悪夢を見てきただろう。そして何度もこう思ったはずだ。あの時自分が死ねばよかった。そうすれば証券は死なずに済んだ。なぜ自分が生きている。証券は私を殺すべきだった。自分が死ぬべきだったと。もし証券が生きていたら。当主様、当主様。自分が生きているのは間違いだとお前自身も分かってるだろう。だからお前のために舞台を整え、役者を揃えた。夢を叶えてやるためにな。さあ言うのだ。私を殺すんだ証券とな。証券。ずいぶん時間が経ち、いろんなことがあったんですね。当主様はお変わりないですか？キー兄さんは元気よ。安心して。ただ魂縛の陣が破られた。あなたの魂が散ってしまう。それを止める方法は一つしかない。これを覚えてる？探してくれた髪飾りよ。まだ4名詞じゃないからサレーリングはあげられない。でもこれを使って一時的に私の英霊になれる。そうすれば魂は散らない。すぐに4名詞になってみせる。そうすれば永遠に一緒にいられるわ。お嬢様はなぜ幼い頃のお姿に？人の霊魂は人生で最も輝いていた時の姿になります。この頃は証券がいたから。お嬢様が持っていてください。お嬢様の宝物ですよね。どうして魂が散っても私の英霊になりたくないの？言ったわよね。私が陽明師になればずっと一緒にいられるって。陽明師になるために私がどれだけ努力してきたか知ってる？どれだけ白い目で見られてきたか。私がしてきたことは全てあなたのためなのよ。すみません。私は私欲のために当主様の英霊になりたいと思い、規則を破り過ちを犯した。私がこれ以上存在し続けることも過ちです。だけど証券、私の時間は止まったのです。でもお嬢様には未来がある。いい人が見つかるはずです。私のことは思い出にしてください。証券、いや！最後に一つお願いがあります。当主様と兄への伝言です。お願いします。当主様、私が思う永遠は私の独りよがりでした。丹木家が当主様にしてきたことと何ら変わりありません。
当主様のそばにいる運命の人はまだ未熟かもしれませんが、当主様を裏切ったり一人にはしません。当主様と共に未来へ行けます。ありえない。なぜ？どうやって催眠の術を破った？あんたの術はすごいけど僕には効かない。あいつらがあんたに操られたのは心のどっかで陽明師の力を欲してるからだ。あんたは奴らのその欲望を呼び覚ました。お前も霊だ。奴らと同じだろ。あんたには分からないよ。僕は丹木木に何も望んではいない。だったら一つ教えてやろう。お前が攻撃を受けたり落月剣で腹を刺しても何も感じないのはどうしてだと思う？パクトコネクトはダメージの共有だ。彼はお前と完全なるパクトコネクトを結ばなかった。全てのダメージを彼一人で受けている。これで分かったか？彼を傷つけているのはお前なのだ。話はそれだけか？僕からも教えてやろう。ケイカ、覚えておけ。私はお前を面倒だとも誰かと比べようとも思ったことはない。お前を信頼し契約を結んだ。英霊としてだけでなくお前が必要なんだ。だけど何があろうと自分を責めるな。全て二人で立ち向かっていこう。分かった。僕と丹木木はとっくに一心同体だ。引き裂こうとしても無駄だ。面白い。かかれ。僕が怪我すればダメージを受けるのは丹木木だ。敵は数が多い上にあの赤毛までいる。赤毛と戦ったら丹木木を守りきれない。くそ。霊力を封じられた陽明師と未熟な英霊、寒月鏡と陰鉄が手中にある限りお前たちが私に勝つことは不可能だ。何が起こった？この霊力は神竜の宗主、何かお忘れでは？丹木家の人間は丹木木一人じゃないのよ。幾をどうした？安心して無事よ。ただ証券の魂が散ってショックを受けている。魂が？証券から伝言よ。死んだ人間を生き返らせようとしないでほしい。全て自分が決めたことで他の人は関係ない。目の前の人を大事にするようにと。証券。証券、お前は最後まで甘いのだな。悪霊か？行け！神竜石人、証券を願ってる。あんた自身の人生を生きてほしいと。陽慶か、何を言っても無駄よ。主を守りなさい。
お嬢様と呼んで。やっぱり叶わないか。タモキ、言ったはずだ。私の英霊を傷つけるな。寒月鏡はお前の霊力を吸い取る。無理に使えば反動を受けるのだ。だったら壊してやる。バカめ、身の程を知れ。ケイカ、集団催眠の術のお札を探せ。なんだって？これほど強力な催眠術を維持するにはお札が必要だ。それを探し出し破壊するんだ。でもどこにある？術を使っている者の体に呪文が刻まれているはずだ。もしかしてあの模様か？おい赤毛、目を覚ませ。丹木碑のことが大切なんだろ。丹木碑を奪うんじゃないのか。大丈夫か？ここは任せて。あなたは石人を。悪いな。自分で手を下さないのは弱いからなんだな。なぜこれほど必死になる？奴はお前を何とも思っていない。挑発しても無駄だぞ。たとえそうだとしても僕は自分の意志であいつを守ってるんだ。文句あるか？そういえば思い出したぞ。おい丹木木、パクトコネクトを結ぶぞ。本物のな。ダメだ。何を意味するか分かって。うるさい。黙って言うことを聞け。バカか。今月鏡が。二人の力が寒月鏡の限界を超えるだなんて。本当のパクトコネクトとは互いの運命を共にする契り。体に受けるダメージは分散し、パワーは二人の持つ力の何倍にもなる。これは定めなのかもしれない。1000年もの時が経った今、全ての因果が一点に集結した。彼が局面打開の鍵かも。師匠、根爆の術の本ですよね。Q、これから丹木家に行くぞ。あ。神竜石人、お前に勝ち目はない。
宗師様。戦師。すみません。証券の魂を守れなくて。遺体は神竜家に運んでいます。でもそれでいい。陽明師を殺す。すべて罠なんです。やめてください。この山の至るところにお札が貼られていて、私たちは監視されています。なんだと。そろそろ時間ね。みんなが来るわ。みんな？誰だ？いつの間に。神竜石人、あなたの悪行は全部知ってる。潔く観念しなさい。大奥様、今日は有能な霊能力者が集まっています。ご自分の首を絞めるおつもりなのですか？状況を分かっていないのはあなたたちよ。そうですね。丹木家の裏の顔は大奥様ほどは知りませんが、他の方々よりは把握してるかと。この機会にお伝えしましょう。彼丹木家は根爆の術を使い神竜証券を2年もの間拘束していました。根爆の術、禁忌の術よ。あれは禁忌の術なのですよ。陽明師が禁忌を犯すとは大きな罪です。そして彼は私の弟を拘束し血液を採取していました。これも人道に背く大罪。弟を丹木家に送り出した時、数年後には無事に戻ると信じていました。だが丹木家は汚い手で弟を陥れ、弟は帰らぬ人となったのです。陽明師は天下万民の幸せを願う者なのに、彼の行いはその職務を全うしていると言えますか？私の弟の命を奪ったのです。あなたの陽明師への行いは万民の幸せのためだと？これまで神竜家は丹木家と共に世界を救う方法を考えてきた。でもあなたは私利私欲のためにしか動けない。分かってるの。あなたが裏でしてきた数々の悪事を。今陽明師を殺すのは先人の教えに背くわ。神竜家のご先祖たちに顔向けができるの。大奥様、どうか落ち着いてください。これは監察士の任務のうちです。神竜石人、その言葉を口にするとはどうなるか分かってるわね。お聞きください。我が神竜家に与えられている任務は監察士です。陽明師が道を踏み外した場合、我々が処刑できるのです。大罪を犯した丹木家はまさに処刑の対象です。監察士は諸刃の剣、公正であるうちは問題はないけど、その職権を乱用し、婿の陽明師の命を奪うこともできる。これまで何人もの陽明師が冤罪で殺された。おばあ様。私の主人も子供も。その証拠は？何の証拠もないのに、監察士を侮辱するのは問題です。あなたはもう監察士ではない。何？戦師、宗主にあれを見せてあげたら？どうした？宗主様、ジウン様からこのような手紙を。お渡しするのは心苦しいですが。そこに書いてある通り、神竜家を監察士の職から解くわ。それは丹木家に送られてきたもの。そちらにも正式な書類が届くはずです。諦めましょう、宗主様。わからん。彼らがこんなことをするはずがない。神竜石人、おかしいと思わなかった？計画がすべて順調にいくなんて。あなたの陰謀などとっくに分かっていたわ。出過ぎた真似をしなければ、こんな事態にはならなかったのに。あなたは、最後の一線を踏み越えてしまった。証拠はあるか、ですって？当然あるわ。何代も前から罪の証拠を集め続け、それらを一つも余すことなく全部、彼らに渡してたのよ。今日までずっと。そして今夜、彼らはあなたたちの悪行をその目でしっかり見たの。見逃してもらえると思う？
我ら新竜家は数百年の歴史を誇るのだぞ。こんな紙切れがなんだ。観察士の職を解こうが新竜家の威厳は変わらない。そうなの。新竜家の今日の行いはみんなで拝ませてもらったぜ。陽明士にも手を下せるとは俺たちのことは眼中にないわけだ。来い。応陽家を代表し新竜一族を追放することを提案します。追放？新家を代表し提案に賛成します。数百年の映画もどうやらここまでのようね。神竜石人、これも全て自分たちが招いた結果よ。ふざけるな、お前たち。丹木家に騙されるな。新竜家は職務を全うし、丹木家と共に世界に貢献してきた私利私欲のために動いたことなどない。言いがかりも甚だしいぞ。神竜石人、職務を全うしていれば解任などありえない。使徒家の次は我が新竜家か。大奥様、よくもはめてくれたな。覚悟しろ。このままで済むと思うな。いつか後悔するぞ。この陽明士は害でしかない丹木家。たとえこの命を落とそうともここでお前を消してやる。宗師様あの顔は丹木家に似ている。宗師様、お願いです。やめてください。丹木家、お前を絶対に許さない。違うだろう。あんたが許せないのはあんた自身だ。証券、私はお前を道具として使っていた。お前は私にとって最も大切な存在だと気づいた時には、証券、私は間違っていた。お前が戻ってくるのなら全てを投げ打つ。もう帰れ。証券の遺体は埋葬しろ。見逃すのか。知りたいことは全て分かった。それに彼らの処罰は私の役目ではない。証券、お前の気持ちは分かった。安心してくれ。私は成長した。もういじめられることもない。それに探していた人も見つかった。聞いた？新竜家の人たちが一晩で姿を消したって。嘘でしょ。新竜家には何百人もいるのよ。本当だってば。どこへ行ったかは誰も知らないの。不気味よね。きっとお嬢様は悲しむわ。そうよね。新竜証券を思い続けてるものだから。ねえ見て。あれはお嬢様？もう決めたことなら止めたりしないわ。でも急がなくてもいいんじゃない？これがあの人に弟子入りする最後のチャンスなのです。新竜家は潰れましたし、丹木家に毒虫を扱える者がいないと将来が不安です。丹木家のために懸命に修行します。この家を出たらいろいろと苦労するでしょう。体には気をつけるのよ。吹っ切れたのか？それはどうかしら。まだわからないわ。ただ過去に固執はできない。行こう。送るよ。戻ってくるまで死んじゃダメよ。ジンは相変わらず気ぐらいが高いな。衝突ばかりのお前たちは仲がいいのか悪いのか全くわからない。今日は本物の混爆の術の本を届けに。この間お前に偽物を渡した理由を聞かないのか？私のためですよね。そうだ。これは禁忌の術だから
使えば私のように失明するか、さらに大きな代償を払うことに。だったらなぜ渡す気になったのです？可能性にかけたいからだ。そうそう、一つ教えてくれ。お前はなぜあの英霊のためにそこまで必死になれる？霊は皆私の力を欲しがっている。でも彼だけは私が弱っている時に力を分けてくれます。師匠は私が優秀になることを望み、丹木家は立派な陽明士になることを望む。そして証券は私が人の上に立ち強くなることを望んだ。秦師陽は私からの愛を望み、世の人々は私に災難から守ってほしいと望んでいます。両親でさえ私に期待を抱いていました。ですが慶香だけは私に何も求めません。完璧な私の様子を見ても心を動かさず、弱っている私を見捨てることはしない。私が私である限り、たとえ何もできなくても何の地位になくても私を責めることはしません。彼は私という人間を大事にしてくれるのです。そんな人間は過去にも未来にも彼しかいません。当主様、どのような人生を歩まれますか？全力を尽くして職務を全うし、己と天地に恥じぬ人生です。人生は複雑です。一言では言い表せません。それが魂魄の陣？ああ、魂を縛り生きる屍を作れる。証券のような。何に使う気だ？未練のない霊は消滅する。あの紐はもうないし、サレーリングにも期限がある。お前をこの世につなぎ止める何かがないと。檀木。お前は悪霊となってしまう。檀木木。あるさ。未練ならある。檀木木。あんたが僕をつなぎ止める絆だ。あんたがいる限り、僕は消えたりしない。英霊契約の書類に書いてあっただろ。あ、そうだ。あんたにプレゼントがある。目を閉じて。だが慶香、お前には私が死んだ後でも存在し続けてほしいんだ。よし、いいぞ。目を開けて。檀木木、誕生日おめでとう。当主様、誕生日ですね。本当の誕生日は誰も知らないから、こっそりケーキの作り方を勉強したんだ。大丈夫、誰にも見られてない。ろうそくもあるぞ。ほら、檀木木、18歳の誕生日おめでとう。ありがとう。食べてみて。甘すぎる。どれだけ砂糖を入れた？あれ、あんたは甘いものが好きだろ？程度ってものがあるだろはい、陽経過が来たら修行中だから人とは会わないと言え。彼は人ではありません。霊にも妖怪にも犬にも猫にもとにかく会わないったら会わない。陰鉄様、落ち着いてください。あの時は催眠術にかけられてたし、陰鉄様は何十年も我慢してたので仕方ありません。なぜ陽経過は術にかからない？こんなことであいつに負けるとは。英霊なのに陽明士に対して何の欲もないとは。私は所詮妖怪ということか。結界に開けた通路を塞げ。その日が来るまで檀木木には会わない。こっちの結界は大丈夫です。こっちもです。よし、宗主様の命により下界への道を塞ぎ、
全ての者の外出を禁止する。誰も外へ出すな。はい、なあ、宗師様は毒虫で証券様を治すらしい。何年も前に死んでるのに治せるのか。神竜家に代々伝わる飛躍だ。宗師様だったらきっと治せる。でも実の弟に毒虫を使うとはやりすぎじゃないか。毒虫は脳神経を修復できる。証券様を治すにはそれしか方法がないんだろう。宗師様の唯一の肉親だもんな。証券おかえり。